皆さんあと5分ぐらいで始めようと思うので少々お待ちください。はい。じゃあ、時間になったので始めたいと思います。皆さん、ようこそショーケースアフリカに、本日は一日よろしくお願いします。ありがとうございます。
今回ですね、アフリカ、から各国、ナイジェリア、ケニア、エジプト、モロッコと、本当にいろんな地域からですね、今回アフリカから日本にスタートアップが来ました。本当に日本で初めてアフリカのスタートアップにフォーカスした、テックカンファレンスを開催させていただくんですけど、今日はですね、ぜひ皆さんに今アフリカで起きているイノベーションだったりとか、どれだけスタートアップが成長しているのか、どれだけデジタルスタートアップが世の中を変えているのか、そんなことをぜひ知っていただければなと思っています。僕がアフリカ活動し始めてもう5年ぐらい経つんですけど、本当にその5年間で出会った本当に尊敬できる起業家たちが来てくれましたので、ぜひ楽しんでいただければなと思っておりますし、今日は一日アフリカに初めて行ったようなそんな気持ちになっていただければなと思います。はい、というところでですね、ちょっと最初に僕らアンカーバードファンドの話をさせていただきたいなと思っております。この僕らアンカーバードファンドですね、今はアフリカスタートアップに特化したベンチャーキャピタル、主に新興市場で起業家を支援して、で事業を作って成長に貢献して、でそこに課題を解決して雇用を作って未来を作っていくというのがテーマです。アンカーバードというのもですね、いわゆる世界の中で起業家支援がまだまだ足りてない地域をですね、僕らがファーストムーバーとして開拓して、でそこで一緒に価値を作っていくっていうのが僕らの使命かなと思ってます。なので今はアフリカからスタートしてますけど、ゆくゆくは他の新興市場も含めて拡大していくようなそんなことをやっていきたいなと思ってます。はい。で、実際ですね、過去このアンカーバードファンドとしては約投資を始めて2年半ぐらい経ちました。本当にいろんな、コロナ禍でいろんな活動をしてたんですけど、メインはですね、このファンド事業というところでスタートアップ企業を支援する、アフリカのスタートアップに投資するようなファンドをやってます。主に日本の投資家の皆さんだったりとか、日本企業の皆さんから出資をいただいて、一緒に現地で事業作りをしたりとか、現地の起業家を育てていくというようなことをやってますと。でもう一つですね、おととしスカイライトコンサルティングさんと合弁会社を作りまして、投資事業だけではなくてですね、一緒に日本企業と事業を作るというような取り組みもやっております。ちょっと後で後のセッションで詳しくお話しさせていただけたらなと思ってるんですけど、今はですねケニアでスカイライトさんとあとホンダトレーディングさんと一緒に事業を立ち上げてやっているというような会社になっています。なので今後はですねまだまだスタートアップ企業の支援も日本企業との事業作りも増やしていきたいなというふうに思っております。はい、でアフリカ行かれたことある方どのぐらいいらっしゃるかちょっと分かんないんですけど、全部で54カ国実はあります。アフリカと一言といってもめちゃくちゃ広くてですね、全ての国に行くのはすごく大変です。僕も行ったことあるのが多分10カ国とか、そのぐらいかなというところで、なかなか全てをカバーするのは、大変ですと。で、そんな中、僕らが今アフリカ全体をどういうふうに市場として見ているのかという話なんですけど、主にですね東西北南それぞれの地域の一番経済的に大きなハブとなるような地域ですね、そこを中心に僕らは起業家の支援をやってます。主にエジプト、ナイジェリア、南アフリカ、あとケニアですね。でそこからその周辺国にスタートアップの事業ってどんどん広がって国をまたいで拡大していくので、トータル12カ国ぐらいを僕らはそのターゲットの市場というふうに見ています。でそれで大体大陸全体の GDP の 75%、人口だと 60% ぐらいのカバーができるような、そんな地域になっています。はい。で僕らですねアフリカの人々の生活だったり企業の経済活動を支えていく、そんなインフラを作っていこうというのが僕らの大きなテーマです。今投資先27社ほどいるんですけど、本当に人のなんていうんですかね、日々生きている中で使うお金のフィンテックの分野だったりとか、物の流通、あと物流とか、あと都市化がどんどん進んでいく中での都市交通を作るとか、あとはヘルスケアの分野で、例えば薬がちゃんと行き渡るような世界を作っていくとか、そんな起業家を支援していたりしますと。はい。で去年はですねアフリカの
中でもアクティブな世界の中からアクティブなアフリカの VC の一社としても選出いただいております。アフリカ、後でちょっと話すんですけど、アフリカスタートアップ投資はですね、年々すごく盛り上がっている中で、僕らもですね、日本から行ってますけど、全然もっともっとアメリカ、中国、ヨーロッパ、たくさんの投資家、事業会社さん来てますので、そこに負けないように頑張っていきたいなというところです。はい、で、過去この2年半の活動でですね、投資先が27社になりました。その27社のスタートアップからですね、今アフリカの雇用がですね約3300人生まれているというところです。本当にこう一つの会社が立ち上がって事業が立ち上がってそこからこう雇用が生まれていくっていうのがどれだけこうスタートアップがこう現地にとってインパクトがあるかっていうのもお分かりいただけるかなというふうに思います。でターゲットとして2030年までにですね1000社のスタートアップ企業を新興市場で支援して100万人の雇用を作ろうというのが僕らの2030年までの一つの目標になってますのでまだまだ数字足りてないですけどここに向けて頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、でここからアフリカスタートアップの投資ですね近年ちょっと最近の動向みたいな話もちょっと最初にインプットさせていただければなと思っています。僕がアフリカに行き始めたのがですね、2017年でして初めてそのアフリカのスタートアップにあったのが本当に6年前ですかねでした。でその時ですね世界からスタートアップへの投資って年間でだいたい560ミリオンなんで、700億円ぐらいですかねの規模だったんですけどようやく去年でですね6.4ビリオンとかなってきてもう本当にここ数年なんていうんですかね、本当に世界が変わるよぐらい目まぐるしいスピードでこのスタートアップのエコシステムもそうですし、そこに関わってくる人も企業の成長のスピードも格段に変わってきたなというふうに思っています。で、スタートアップの資金調達のラウンド調達額とかもですね年々上がってきてます。それこそ一昨年ぐらいからソフトバンクのビジョンファンドさんとかアフリカのスタートアップに初めて投資を始めたりとかですね本当に世界のティア1の投資家さんもこのアフリカスタートアップへの注目っていうのを始めてきています。はい、でアフリカさっき広いって話をさせていただいたんですけどいわゆるビッグ4って言われている4カ国があります。でそれがですね主にエジプト、ケニア、南アフリカ、ナイジェリアこの4カ国にスタートアップの投資っていうのが大体全体 72% ほど集まってるっていうのが現状です。なので、それ以外の国も当然あるんですけど多くはそこに投資家だったりとか起業家さんが集まって、そこから事業を周辺国含めて拡大していくとそんな構図になっております。はい、でセクターですね投資をされているセクターアフリカはすごくフィンテックが特徴的な市場かなと言います。やっぱり銀行口座を持っている人とかも限られていますし当然日々人が生きていく上でお金って価値交換で使っていくものになるのでそこに対してのイノベーションがすごく伸びていると今全体の 39% がフィンテックへの投資とで特にここ近年はですねe コマースモビリティ物流その辺への投資っていうのも同時に広がってきています。はい、はい、でアフリカのスタートアップですね主にIPO 当然スタートアップなのでIPO を目指しています。どこで上場するのかというとですね基本的にはみんなアメリカでの上場かあとイギリスでの上場っていうのを目指しています。ちょっと事例ベースになるんですけどアフリカ版アマゾンと言われているような企業が過去には IPO をアメリカでしていたりとかあとは21年はエジプトのバスの配車サービスが IPO してたりとかですねそんな事例もあります。なので基本的にこのアフリカのスタートアップ企業って、法人自体をアメリカに実は置いていてでそこから自分たちの子会社とかを各アフリカの国に作りながら事業をオペレートしているというような現状ですと。はい、で特にここ数年ですね、IPO もそうなんですけどM&A っていうのがすごく増えてきている現状です。主にですね欧米のテック企業だったりとかあと大企業がですねスタートアップに投資をしてで彼らを買収していくと
いうようなストーリーなんですけど、まあ、本当にこう自社とのシナジーがあるような企業に、早い段階から、出資をして、で自分たちが、アフリカ市場に進出するときに、その会社を買収してですね、まあ、一緒に事業をしていくというような、構図が、まあ、ここ近年見られますと。はい、はい、世界からもアフリカすごく注目されてまして、ツイッターの創業者のジャック・ドーシーさんとかですね、過去にはアフリカ未来を定義するみたいなことも言っています。本当に日本、僕もアフリカ行ってなんですかね、こう日々生きている上で本当にこう驚きというかですね、日本人としてはなんかこう発想しないとか、なんか例えば住所がないっていうのがなんかそれがこう当たり前だったりとか、まあ、当然銀行口座を持ってない人いるんですけど、なんか違うこう金融サービスみたいなのを使おうとしていたりとかですね、なんかこう日本人が日本で育ってきて、まあ、当たり前だと思っていたことが実は当たり前ではなくて、でもそこがすごく大きなペインなんですけど、その分こうイノベーションが、起こる、場所なのかなとも思っています。なので、日本人としてもですね、アフリカから日々学ばせていただけることっていうのがすごく、多くてですね、そんな驚きを、初めてアフリカに行った時に感じてですね、この、スタートアップを支援しようと思ったのがそんなきっかけだったので、ぜひ今日は皆さんにも楽しんでいただければなと思ってます。はい、で最後にですね、ちょっと今日同時通訳入ってます。席に、機械置いてあると思うんですけど、今日、アフリカのスタートアップの方が、登壇する英語のセッションが、ありまして、それ耳に入れていただいて電源をしてもらうと通訳で日本語で聞けるような風になっているので、ぜひ使っていただければなと思います。で1個一番大事なこととしてですね、その機械をですね皆さん持ち帰ったりとかしないでいただきたいなと。最後席に置いて、帰っていただけたら嬉しいです。僕が弁償することになるので、はい、なので、はい、今日はちょっと一日長丁場ですけど本当に、一日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。All right, ladies and gentlemen, in 10 minutes, we will have to start the event. Thank you for your coming. And yeah, we will wait for 10 minutes and then we'll start with session 2 with FinTech. Thank you so much.
Good morning, everybody. Hi, everyone. Welcome to the Showcase Africa 2023 event by Uncovered Fund. My name is Papama. I'm part of the Uncovered Fund team for investments, and we welcome you today to our event. So our first panel discussion for today will be around fintech. So it's going to be a very, very interesting discussion because fintech is consistently one of the most funded sectors in the African tech ecosystem. So it's going to be very interesting to hear what our panelists have to say for today. So our panelists will be 4 of our portfolio companies: PiggyVest, Lipolator, Money, and Zone. It'll be moderated by our very own Sunny. So with that said, I'll welcome Sunny to take it from here. Thank you, Papama. Welcome, everyone. Thank you so much for your coming again. So now we are on FinTech session today. Please allow me to briefly introduce myself. My name is Sunny Dewi, and I am the legal and finance lead at Uncovered Fund. In this role, I work with the Uncovered Fund team, conducting market research, legal and financial due diligence to evaluate new and follow-on investment opportunities. I started my career at HSBC and later spent significant years of my career working in Luxembourg in fintech research and regulation, financial law, inclusive finance, banking law, corporate governance of financial institutions, and consumer protection in digital financial services. I earned my master's degree in public economics, law, and politics from Germany, and my PhD in law from University of Luxembourg. So, Africa's fintech industry is growing rapidly. Amidst political and economic challenges and global pandemic, fintech on the continent is thriving. According to McKinsey analysis, it is estimated that Africa's financial services market could grow at about 10% per annum, reaching about $230 billion in revenues by 2025. Fintech is also the most exited sector in Africa by deal count between 2020 and 2022. The purpose of this session is to discuss with fintech players in Africa and get a closer look at the constellation of the emerging African fintech market. The Uncovered Fund Showcase Africa 2023 aims to highlight the opportunities for Japanese investors to best participate in African fintech market and grow together with this ecosystem. So without further ado, let me welcome, first of all, Eric Muli, the CEO of Lipolator. Please give a big applause. And then please have a seat here. And then Tim Sauter, the CFO of Zone. Please give him a warm welcome. And also Nico Liembra, the CFO of PiggyVest, who are joining us today in Tokyo, as well as our guest speakers, Odunayo Eveniyi, co-founder and COO at PiggyVest, joining online via Zoom, and also Femi Iromini, co-founder and CEO of Money, and Obi Emetaron, co-founder and CEO of Zone. So, I would like you, first of all, from Eric, to introduce yourself briefly about your company and your background. And then we'll be followed by Tim. Good morning, everyone. My name is Eric Muli. I'm from Nairobi, Kenya, born and raised. I'm the co-founder of a buy now, pay later platform called Lipolator. I'm the co-founder and the CEO. My background is in finance and economics. Studied that for a couple of years before getting into fintech.
but fundamentally, I'm actually just a techie by profession. So thank you so much. Good morning, everyone. My name is Tim. I'm the group CFO for a company called Zone. My co-founder, Obi, will probably give you a little bit more background on the company. So let me give you 5 minutes on me. South African by background. I now live in the UK and spend a number of weeks every month somewhere on the road catching up with investors and clients. My background is very much in the finance investment space. Grew up in banking, moved into private equity, and decided to make the pivot into entrepreneurialism. Had a failed venture of my own through which, lots of learnings that came from that, and got connected through shared networks with the founders of Zone, who had successfully navigated that entrepreneurial journey before. So saw an opportunity for me to bring my skills and join them. And so as the group CFO, my main energy is focused on the strategic, commercial, and investor relations part of the business. And I have a strong support team that look after the operational finance function. But yeah, Obi will pick up just now as to give you a bit of background on Zone. Yeah, thank you, Tim. And yeah, Obi could continue the introduction. Please, Obi. I think I could not hear you. You're muted. Okay. Now. Yes, thank you very much. It's a pleasure to be part of this session. So I'm Obi, CEO, co-founder of Zone. A little bit about myself, first of all, I started a banking as a service platform on the cloud, and that grew to about 500 banks as clients in about 7 countries in Africa, processing about $2 billion in transactions annually. Raised a total of about 15 million for that business, and then we carved out our new focus, which is Zone. Now, infrastructure for payment on blockchain. It's Africa's first layer 1 blockchain protocol for processing fiat and regulated digital currencies. Basically, what Zone does is that we remove the need for intermediaries in processing fiat payments, both for local in-country payments and for cross-border payments across different countries. Yeah. Last year, we got licensed as the first blockchain platform to be licensed by a central bank for payments in the whole of Africa. We signed on 90% of the commercial banks in Nigeria, 5 of whom are in the top 20 in Africa. And in just about 6 months, we grew 15x since we rolled out in October to about $15 million in transactions monthly. Okay, Obi, for the sake of timing, it's a very interesting introduction. Thank you so much, very elaborated. May I first of all introduce Nicole, and then we'll get back to Obi. Okay. Nicole and Odunayo, followed by Odunayo. Okay. Good morning, everyone. I'm going to have Odun talk a little bit more about PiggyVest, so I'll just introduce myself. My name is Nicole Yembra. I serve as the Chief Financial Officer for PiggyVest. My journey, I've been back in Nigeria for the last 7+ years, and interesting enough, the first startup that I was CFO of as a fintech was one of only 7 startups to have raised money in 2015. So it's super interesting to see our continent evolve so much since that $16.5 million raise back in 2015, 2016 to the billions that are flowing through on the continent today. So my work has been in fintech and basically building financial technology companies. We supported AppZone early, so the first company Obi mentioned was actually an investor in that company. So my background is really just building really amazing businesses and supporting PiggyVest, which is one of the largest retail fintech platforms in Nigeria with over 6 million users and sitting on over 250 million in assets under management. So Odun will go in a little bit more about the history of building PiggyVest, but it's really an honor to be here with you guys and talk about African investment in fintech.
Thank you, Nicole. And Odunayo, are you with us? Yeah, Yeah. can you hear me? Yes, I can hear you. Please introduce Right. yourself. Hi, everyone. Yeah. My name is Odunayo Winnie. I'm co-founder and CEO at PiggyVest. PiggyVest is an automated savings and micro investment platform based in Nigeria. We launched PiggyVest in 2016 to help young Nigerians, fix the problem of needing to save up. Myself and two of my co-founders have worked on this product for the past 7 years and have grown it now to a group of 3 products with over 7 million people using it. Like Nicole said, over 250 million in AUM. And we continue to expand and provide retail products to our users in Naira and in dollars. So we have a product, our flagship product called PiggyVest, which is savings, our payments product called Pocket App, which is in payments, and then our merchant payment product called Patronize, which allows merchants to receive payments and print receipts instantly. I'm looking forward to telling you more about the products as we go on. All right. Now, last but not least, we have Femi from Money who are joining us also via Zoom. Femi, would you please introduce yourself and your company? Thank you. Hello, everyone. It's nice to meet you. My name is Femi. I'm the co-founder and CEO of Money. Money pioneered the community-based financing in Nigeria, the digital channel. And with that, we launched in 2021. And we've been able to expand to other countries like Benin Republic and Guinea-Conakry. With our community-based lending model, we've been able to achieve 99% repayment consistently. With $22 million plus. Prior to starting Money, I had a short stint with Goldman Sachs, AXA Partners, and also World Bank, right? And the biggest thing for us is the fact that the businesses we're supporting using Money are growing consistently while they are being included in the financial ecosystem. It's nice to be here. Thank you. Thank you, Femi. Now, I have a question for Tim, Nicole, and Eric, who are joining us in Tokyo today, about the outlook of African fintech market as of late. Maybe we could start from Nicole. So from our perspective, fintech, will always continue to be the center, especially in our ecosystem. I can't remember who said it, but the joke that eventually all tech companies become fintechs because people have to pay for that service, right? No matter what industry you're in, even if you're in logistics, people need to pay for those logistics. If you're in healthcare, people need to pay for healthcare. So then you start getting creative. How do I offer lending for that because you can't pay now? How do I, take different currencies if you travel? Like, you have to get creative. So fintech will always be that bedrock. And what has been interesting is just seeing a lot of companies come up with innovative ways to expand that and tap into multiple sectors. So I see fintech, yes, there's what a Zone is building is more like deep tech for fintech, which is still that standalone, but everybody else is really infrastructure fintech. And I think that that's what's really exciting is that there's, over 1.3 billion people on the continent that need access to it in some way, shape, or form. And whether it's the unbanked, the underbanked, all of those people, like there's ways to bring them into that network with fintech. So it'll always sort of be there and continue to grow. Tim, yeah? Yeah, I think, you'll hear a couple of themes through today, I'm sure. The comment that's very regularly made about Africa is that it is 52 separate countries with separate issues. But one fair commonality across those countries is Africa, for the large part, is quite tech native. We skipped a lot of technologies that the Northern Hemisphere started with, whether it's fixed line telecommunications. Africans have been working on mobile phones since mobile phones became available. We skipped fixed line entirely. People did mobile banking through the large financial institutions from very, very early on. So I think there's an inherent comfort
with using technology. So African consumers, as Nicole mentioned, will need more and more services. And no matter what those services are, there's a fintech element to them. So we're seeing a lot of the non-banking institutions play in the space. We've seen it historically. The mobile money of this world has been a really big player, which just shows increasingly the desire for very specific needs to be met. And so you're getting fintech starting up and showing themselves as a very niche provider. And we just see more and more of that as you drive into some of the smaller markets across Africa. The big ones, South Africa, Kenya, Egypt, Nigeria, Ghana, have seen the early stages of that. You can already see them moving, but I think the smaller countries are going to see more and more attention as well. Interesting. Eric? Thank you once again. So we believe that with fintech in Africa, there's three main reasons that it exists. One is to create financial footprint for the billions of Africans on the continent. Another one is to enable transactions, ease of transactions between locally in countries and across border, very important fact. And the third one is to increase availability to credit, improve cash flows, increase purchasing power. We believe those are the main pillars of fintech across the continent. Now, what we've seen on with fintech, maybe as early as like the 2015s and before that, maybe perhaps, is that businesses are predominantly focused on one of those pillars. So they would pick one and try and solve for that particular problem. As time goes by, we've realized that all these problems are actually interconnected. And not only are they fintech problems, they also are problems that need to be solved across the wider trade sections and wider retail segments that do exist on the continent. So now we see a lot of businesses working more deliberately towards solving for these three things. Perhaps starting with one, maybe starting with financial access or starting with credit, and then beginning to keep going across the different fintech pillars. So that's our view on what's happening with fintech currently. Right. So it's very interesting, your statement, Tim, about Africa actually becoming digital native in terms of technology, because you skip what the Northern Hemisphere has undergone. And then also the statement of Nicole, make the fintech, your statement is the fintech. Make fintech as if it's a common needs for all the people. And also creating the financial footprint, as Eric said. And now I want to know the key factors for fintech success in Africa. And I would like to attend this question, especially for PiggyVest, because also the traction is quite impressive. So I will give this question for Odunayo. Yeah, the floor is yours. Right. So, the way that we look at fintech in Nigeria is just really simple, right? We build for what people need, right? So the reason that the traction is impressive, the reason that we've been able to accumulate those numbers, the reason that the growth continues to be steady is largely because we are extremely focused and extremely intent on making sure that we're solving a pain. There's several aspects of fintech, as one of our speakers has already told us, and there's several ways to help people solve problems. But at the base, in every of the 52 markets that make up the African continent, there are unique problems to each of the people that make up that population. There are unique behaviors, and in whatever home market that you're starting from, if you're building a B2C business specifically, as in our case, then you have to actually focus on baseline identifying what are the problems that this population faces the most. For instance, before we started PiggyVest, myself and my co-founders had worked on several consumer businesses, attacking, employment, food, logistics, outsourcing, jobs, and then we finally settled on retail finance, because at its core,
The Nigerian economy is set up to make sure that you make payments in cash, in bulk, and upfront, which means that whatever mechanism allows young people who are almost immediately at a disadvantage to begin to fix this problem is one that they will use. We started PiggyVest in 2016 when there existed, I think, maybe 22 banks in Nigeria. And somehow we were able to carve out a niche. That doesn't happen if you're not fixing a particular problem. Over the past 7 years, we've grown with super limited resources as well, amassing 7 million users on 1.1 million raised in funding. And for us, that's just testament to find the problem, fix it. And that's what we've kind of been doing across savings, across investments, across peer-to-peer payments, across merchant payments. All right. So what are the digital transformation trends to look out for in the financial services industry in Africa? I will address this question to Femi and Eric. Femi, could you go first, please? Yeah, primarily based on the trend that we've seen with the success of fintech, which is built on the fact that there's an increase in smartphone penetration, and also there's a decline in internet costs, and also expanded network coverage, right? So the biggest thing will be being able to take the retail sector of a fintech mainstream, where you're looking around things like payment, more access to credit, and being able to leverage on technologies like blockchain to be able to expand access to the insurance trend that is also coming up. And by the time you look at all of this, it makes it interesting that the wider population is able to have options when it comes to being able to access financial services. Thank you, Femi. And Eric? So, as I mentioned, we have there's different types of fintech and that exist on the continent. Now, what some of the trends that we are seeing is there's a need for a lot more visibility of these different layers and of these different channels across all the players. So, for example, fintechs are looking to have more visibility in merchant transactional data. This can help with in better credit scoring that can allow for more access to credit for the merchants. People are looking for more visibility in shopping transactions and things like that. And the way all these things connect with each other is becoming a lot more important for fintechs to achieve scale, diversify our product offering, and to be able to achieve our ultimate goals. So I guess to answer your question, some of the things that we are seeing is a lot more need for the connectivity between the different layers of financial inclusion that different players are working towards. So basically, whatever the infrastructure, be it blockchain technology or the current digital technology that is available for now, as long as we connect more people, give them more access to credit and having, let's say, sophisticated, appropriate credit scoring system, that would serve the need of Africa market. Yeah, indeed. Okay. So I would like to now go to Obi. Obi, I have a very interesting question for you, finally. So Obi, what is the use case of blockchain technology for Zone and the view on Web 3.0 for the future of fintech in Africa? Could you please elaborate on that? Thank you so much. Okay, all right, thanks. Yeah, of course, super excited. We're always really passionate about the opportunities with blockchain. So for Zone, basically, we've narrowed down the focus for blockchain to payment infrastructure. And I'll start by saying our vision for payments, we believe digital payments should be frictionless, meaning works all the time, every time. Borderless means across geographies, and compatible with every form and store of money. That means whether it's fiat, CBDC, crypto,
and no matter which platform that money is stored. Today, that's not the case, especially particularly in Africa, and then pretty much anywhere in the world, we don't have this picture. The big elephant in the room in our analysis, the reason why a lot of the gaps that exist is the reliance on intermediaries within the traditional infrastructure to enable payments flow. What that does is once you have an intermediary facilitating payments, then the entire network inherits any gaps with the intermediary. It could be reliability issues, it could be transparency issues, it could be scale and load issues, and so on. But that's not it gets worse. So it's worse because in any environment where there is no intermediary, then you don't have interoperable digital payments. And you see that in a lot of African countries. You see that for cross-border. What has evolved in some of these African countries is payments in silos. So you have, for example, some mobile money systems and so on that have evolved, but the requirement is that both sender and receiver have to have their accounts in the same institution. That's why it's pretty much siloed. So what we've done with blockchain is to allow payments become completely decentralized without an intermediary. Value can flow from one participating financial institution to the other directly on a peer-to-peer basis. Full transparency to enable reconciliation, and then a lot more scalable, by far more scalable. And then we've been able to leverage blockchain to create a whole new settlement mechanism for cross-border transactions that don't rely on any settlement authority. Mostly because when you look at cross-border, unlike in the in-country situations, you don't have any settlement authority available to facilitate cross-border transactions, and you don't have any currency that is common. So that's our application for that's our focus with the way we've deployed blockchain for Zone. We started with in-country payment processing in Nigeria. We just got our license from the central bank last year. As I said, first a blockchain payment network to be licensed in Nigeria and Africa. Our roadmap is going cross-border to build out a regional network that cuts across regions in Africa, and then layering on top of that the ability to accept regulated digital currencies on traditional payment channels. So like CBDCs, for example, and other regulated digital currencies. Going into the future, talking about Web 3.0 and the impact on payments, the way we think about it is once we're able to really support digital assets and incorporate them into the payment system, then it opens up a whole new world for fintech and financial services. It opens up the non-custodial world of financial products, right? Mm-hmm. The world of self-custody, the world of DeFi, smart contracts, where you layer on an additional layer of trust because there's no counterparty risk, and you reduce cost barriers significantly. All these things we believe contribute in a significant way to financial inclusion. So we think it's going to be some radical change and really exciting and open up lots of opportunities as we evolve on the continent. So Obi, so many countries still reluctant to accommodate central bank digital currency. And yeah, the discourse is ongoing everywhere in the world. Should it not materialized, what would be the alternative, like for Zone specifically? Is it focusing on blockchain infrastructure, but then on fiat that you are currently doing now, or what's the strategy? Yeah, so for us, we are doing fiat today. And that's how we're scaling out, focusing on processing fiat today. But for us, we think that digital currencies will become a thing. So central bank digital currencies is one option, but you also have the traditional crypto digital currencies like stable coins and the rest. What we expect to happen is that they will become formalized, institutionalized, and regulated. So you're going to have KYC, AML, proper controls, proper oversight. And for us, the way we think about
incorporating this new form of money is to support both. So to support the sort of central bank digital currencies as an option, but also allow the option for the other more typical digital currencies, the other more typical crypto, subject to being regulated, and incorporate them into the traditional payment acceptance infrastructure such that they can convert very seamlessly into and out of fiat and into and out of each other in a Okay. way that kind of like abstracts the customer. Okay, Yes. thank you, Obi. Now I have a question for Odunayo and Nicole. You can share the answers about strategies for reaching mass consumers and the success of shifting consumer behavior to digitalized finance. Did you want me to go? Yeah. Right. Okay. So I think that for us, practically speaking, what we found works in terms of kind of attracting mass consumers is one, solving the pain, like I had said earlier, and then two, letting the message get to them through trusted parties. And I'll explain. When you're a small player in a country that already has banks, you have to like get creative with how you reach your users. So one of the things that we relied on in the early days was word of mouth recommendation. And it sounds really simple, but in the practice of it, when you create a product that people want, you then naturally let them be the ambassadors for it. We think and we found that it's easier for people to convert to using the product when they hear it once, twice, 3 times from another person that they trust than when they see it on a billboard or hear it on the radio or hear it on TV. So in the first 4 or 5 years of the product, we heavily relied on creating a great customer experience, creating a great product, building out the services that people will need, taking their feedback and continuing to work it into the product as we expanded. And then after about 5 years of kind of incubating that, achieving critical mass of people, we started to then layer on above the line marketing. Practically speaking, that has had kind of like an exponential effect on the growth of the users on the product. And I think that if we took products like Cash App, Wealthfront, Digit in the US, you'd find that this is kind of the strategy that they also applied, letting people do the speaking first before then backing that up with money. Now, the concept of shifting user behavior, I think, is fairly normal, right? As time continues to pass and smartphone penetration continues to increase, and the breadth of digital services and digital financial services continues to increase, user behavior will be modified, right? What you want to kind of zero in on is modifying it to use your product. And that's a lot of building to fit habits, right? The best way to kind of modify user behavior, especially when it comes to financial services, is not by trying to reinvent the wheel. That actually never works. It is almost always improving on the incumbent, right? You see money, which is community-based, improving on an adjust system that already exists. You see us at PiggyVest improving on quite literally the concept of a physical piggy bank. All the products that work today, all the products that achieve critical mass, all the products that manage to continue to be a habit for the users are ones that look at how people currently behave and just put the digital layer on it without trying to kind of change it from ground zero. So, yeah. Yes. And so I'll add numbers to what Odun says. So this is how we usually work. Sure. So what Odun was saying, we had to get creative. She mentioned, only raised $1 million in funding. So that's a very critical fact, considering the fact we did 26 million in revenue last year, on track to do 32 million in revenue this year, sitting on 250 million in AUM. So you have to get creative when you don't have a lot of investor money. And so using that on social media, but then using these referral system, we created a system where if you referred people, you would earn money, right, for doing that. But it's not just they signed up for the platform, they have to deposit money, they have to actually engage, so they actually have to become a user, and that helped us have a customer acquisition cost of under $2 per customer.
And that piece for us, which is probably one of the lowest fintech like customer acquisition costs that you can look at. And then, you know, we have over 30% of our users are monthly active. So we gave you, again, over 6 million users, over 30% of them are active every month. But the interesting thing has been seeing, you know, in the beginning part, they try out the platform, but over time, as they like it, their cohorts increase like in retention. So a group may have had 30% the first month, but then it actually increases over time because they like it. They bring more people onto it. And so when we finally, you know, did this above the line marketing, we took a chance in 2021 to do this program called Big Brother Nigeria, which is the largest, like it's the most watched program on the African continent. I don't know if there's Big Brother here or not. I've never watched the show, despite us advertising on it. But you know, in a span of 3 months, we literally got almost 2 million users, right? Because it was reinforcement. You weren't hearing about PiggyVest for the first time. You'd heard it from someone. You'd seen it on Twitter. You've messaged Odun. Most people, Odun gets like 50 DMs a day about a question on their account, and she will answer, right? And so they've seen those touch points. And so now when you get on TV, they're like, oh my God, I know them. And in that span of a couple months, almost 2 million users across our products. Amazing. Right? Yeah. And so so that's the strategy. Social media. It's cheap and social media helps, but it's really the community piece around it, right? It's the fact that it's familiar. Right. So something, if you've heard it from a friend, if you've then seen a tweet about it, then you saw an Instagram post, and then you saw the big billboard, you're like, okay, there's got to be something there, right? And then that person is bringing you into the network, and then they're getting money for it after, but only after I'm an actual user. So that keeps my cost of my acquisition down, but it increases my lifetime value. Thanks for the insight, Nicole and Ojenayo. Now I will move to Eric Lipaleta, because you also have a successful credit scoring system, I believe. So what is the KYC strategy and specific key data to analyze Lipaleta customers? Thank you. Well, our KYC strategy has evolved over time, and it continues to evolve because as we continue to get more access to data points, more access to more and more financial transactions, as our retail base diversifies and time goes by, we continue to evolve it. So currently, one of the fundamental things that we look at is the amount of debt that our consumers actually have, right? That's a very important factor for us. How many loans are you taking? What is your ability to repay back our facility based on your ability to repay back other facilities? Very important data point that we look at. We also look to see more than just salary information and things like that. We look to see how much you're spending, how much financial transactions and financial spend you have in multiple outlets, right? So if we look at different payment gateways as one option, we look at different e-commerce platforms as another option to try and aggregate a lot of your spend on online and in store to be able to determine your ability to repay. One of the toughest challenges to solve on the continent is knowing just how much someone earns on a monthly basis, precisely because a lot of people do not have stable incomes. So we're dealing with a population that, for the most part, cannot fully say that I make X amount of dollars on this particular day of the month, which has to allow us to become a lot more innovative. And lastly, on that note, one of the key things that we strive to avoid is, and we were very careful around, is fraud, of course, right? It's a very important challenge. It's a very big challenge that we face in credit, and we continue to work and identify tools that allow us to be able to navigate our way around this. Right. Thank you, Eric. So now I move to Femi. Moni is also having a famous social trust-based strategy. I would like to
have your view on alternative credit scoring? All right. Thank you. When we started out money, the biggest challenge we faced is the fact that you accessing data to actually underwrite users or businesses is very difficult, right? Data are created in silos, they're fragmented. You cannot necessarily depend on a credit bureau to do your underwriting. Now, the worst part is when you lend, there's no sense of recourse. Like in most developed countries, there's that sense that it affects my credit score when I don't repay back, right? And that actually pushed us to be creative and now narrow down to what is the core of financial access in a place like Africa. And that is where the sense of community, the way we live in Africa is the sense of community. If you're getting married in Africa, there's a sense of community around it. And there's a thing around you when you have a community, you're accountable to each other, right? Now, that's helped us to be able to create a model such that you have people in groups, you have businesses in group, and then they underwrite each other. When they underwrite each other, it makes it easier for them to do easy selection. The other part is there's a reward system for every good behavior. If you're inviting another person to the community, every time the person pays back on time, you get rewarded. So that means the community actually regulates each other. It's an open system. And it makes us to be able to scale easily because we've grown organically, about 15 small businesses. We've not had any reason to do any advert. They invite each other into the community, right? Now, the other part is beyond the fact that they're having access to credit, we help them to create that sense of being able to save up for emergency. And over time, they build up on that. They can use it to expand their business, right? And what we've seen in terms of trend is the cultures are similar across different countries. If you move from Nigeria to Senegal to Ghana to Francophone, the sense of community leveraging on social trust is a way we normally live already. And what we are only doing is leveraging on technology to make it accessible. Think about a case of Nigeria, where you have about 50 million people that actually have access to smartphone. But if you're going to solve for the 170 million that essentially they don't have access to smartphone, they're in major markets. About 90% of them, they still leverage on cash. You have to think about what actually works for them. And with that consistently, we've been able to do what most commercial banks have not been able to do. We did over $22 million in disbursement last year. Consistently, we achieved 99% repayment. That's a 1% default. And average default rate is about 15%, right? And even apart from that, in our first year of operation, we've been able to grow our profitable and we've been able to sustain it continuously. And the next phase for us is building the bedrock of financial inclusion, which is credit, right? The next phase is, can we actually do more for those people? There's still a lot more to solve for. And when you're thinking about solving for the 1.7 billion people, the interesting part is being creative around alternative credit score, not just leveraging on data, because the biggest thing is you can do all the data you want from now till tomorrow. But the next thing is when you lend to them, how do you make sure that they repayment, right? Right. And that is what we've been able to crack with money. Thank you. Thank you, Femi. Now I want to have Tim's view on business opportunities for Japanese investors and companies in the African fintech market. So it's a big question. I would start by saying, and even just listening to everybody's contribution. I mean, Femi's discussion there about community, and Eric's point about kind of the access to data. I think what we're seeing more and more in Africa at the moment, which I think is where the opportunity exists, is that the fintech community is something that is looking after itself as well. So there's increasing number of partnerships between young and small businesses starting up. You're starting to see copycats, if you will, but positively, where the large markets who have 50 million people with access to a smartphone are creating product because you can get to scale. That doesn't exist at the same level when you drop down to a country like Zambia, where the population simply isn't that big. So where do we see the opportunity? Where would I see the opportunities? I think it's around
this decentralization of customer information. You know, in big markets it happens already, but systems like open banking, where you can actually see what's happening between a customer's different banking accounts, it's brand new in Africa. Nigeria's just signed regulation into place that allows different financial institutions to be able to get access to the data of that customer in other locations. And I think that unlocks the ability for fintechs to go in and be very targeted. Banks are great at doing everything at a very moderate level. Fintechs are brilliant at doing something quite niche at a fantastic level with a great user experience. And I think we're starting to see that. We see it in developed markets as well, where you start unplugging pockets from the major banks and major financial institutions. That's happened in Africa already, but I think that's going to accelerate with, as I like to think about it, a decentralization of customer information. It just allows you to be very targeted to what do you want to do and how do I access that customer. Thank you, Tim. That's wrap up our session today. So then we have to conclude now. Basically, fintech in Africa, what brings the success of fintech in Africa basically is listening to consumers' need, creating connectivity across different platforms, different kind of services, and then, for example, creating access to finance in general or credit. And then also listening to consumers' need. For example, in the case of money, is the sense of community that also very distinctive in money setting. But I believe in many countries of Africa, the consumers have different needs, and that's what we should listen to be successful in investing in fintech in Africa. So. Thank you so much, all the speakers, for your elaborate opinion and insights. Now, we would like to take a 15-minute break, and we will resume the session at 12:30. So please give a warm applause to our guest speaker today. This will be a pause, and we'll get back in 12:30. Nyenga enduna tusuburu anjari mbapiko ibo makisumo. Mayro mado chai mukinyi gi family na. Gijo dagi nyithinda dek kan nyithinda dek. Aero tero nyathina e school gokinyi pile pile. Nikech wanyiero watugo wajok. But aero gite kendo mor ka nyithinda gokinyi kamoro achiel chiemo kamoro. We at Honda Trading have developed and expanded our business while staying close to the issues of our customers. In recent years, the environment surrounding us is changing greatly, including the ever more complex global economy and diversifying customer needs. Honda Trading is working in various business areas for the success of our customers by grasping these changes with certainty. Honda Trading develops comprehensive solutions to respond quickly to business environment changes and customer needs. Utilizing our global network, we provide support from the preparation stage for customers' overseas expansion, from support for market research to general support for procurement and supply. Furthermore, we verify various information and propose new business models to help the business that customers' vision take shape. We not only supply production equipment, dies, and molds to various manufacturers' plants, but also make the most of our global network to coordinate everything from surveys of overseas expansion to procurement, transportation, installation work, and maintenance in order to execute the requests of customers based on our highly specialized knowledge.
The raw materials used by each manufacturer change in accordance with the trends of the times. Utilizing our thorough understanding of the market, we are able to procure and supply optimum raw materials, including light metals, steel, plastics and resin, and platinum group metals, with speed and consideration for our customers' costs. In addition, the Honda Trading Group also manufactures aluminum and processes steel so we can respond more flexibly. We procure and supply the parts used in automobiles, motorcycles, and power product engines from around the world, coordinating business quickly and precisely. As with raw materials, we use our vast global network to provide optimal services to customers in the supply of these parts too. Honda Trading also undertakes wholesale sales of Honda products. Based in Romania, we supply automobiles, motorcycles, replacement parts and accessories, and support local dealers' activities. We are involved in the creation of a recycling-oriented society through the development of recycling business models for resources, such as the lead batteries discharged from end-of-life vehicles, and by providing consulting services on the waste materials generated at automobile dealers as a Honda Group. We support the realization of our customers' business by using the global logistics know-how and expertise we have cultivated over many years in the industry to propose optimal logistics solutions for each project and respond flexibly to unexpected situations. And through creative and effective commercial activities, we will continue to innovate the future. We strive to be a company that realizes customers' business dreams beyond the trading company framework. Honda Trading. Create with us.こんにちは、エジミウソンです。スカイライトのアンバサダーを務めています。また、スカイライトと共同して2019年にブラジルのサンパウロ州でサッカークラブを立ち上げ、世界的な選手育成を行っています。エジミウソン・モラエス元サッカー選手。2002年サッカーワールドカップにてブラジル代表の一員として世界一に。FC バルセロナでもウェハチャンピオンズリーグで優勝。選手時代から今日まで故郷のブラジル・サンパウロ州タクアリチェンガを本拠地とするエジミウソン財団を通じて社会貢献を推進。2019年6月にサンパウロ州サンタナ・デ・パルナイーバ市に世界的な選手育成を目指すサッカークラブ FC スカブラジルをスカイライトコンサルティングと共同で設立し、代表としてリーダーシップを発揮しています。スカイライトではグローバルオープンイノベーションを推進しています。それには大きく2つあります。一つにはさまざまなプレイヤーと協力しながらスカイライト自らが海外に投資し、新規事業に取り組んでいることです。立ち上がった事業を生かして皆さんとコラボレーションすることを視野に入れています。もう一つは顧客企業に向けた支援サービスです。ではスカイライトの海外での新規事業を3つご紹介しましょう。ケニア、ブラジル、インドの各事業です。アンカーライトケニア。ケニアをはじめとする新興国ではバイクでのタクシーや配送サービスが行われています。そうしたバイクライダーの多くは個人事業主、いわゆるインフォーマルセクターに属する労働者であるため、これまでレンタルやローンといった金融サービスの利用は難しい状況でした。そこでアンカーライトケニアでは新しいタイプのレンタル事業を展開。ライダーにチームを作ってもらい、共同でバイクをレンタル。一定のレンタル期間が経過するとバイクは自分たちのものになる、いわゆるレントトゥーオウン型のレンタルサービスを提供しています。
FC スカブラジル。スカイライトは元サッカーブラジル代表のエジミウソン氏と共同で2019年にブラジル・サンパウロ州に育成型のサッカークラブ FC スカブラジルを発足。ブラジル全土から有望な若手選手がクラブの施設で生活し、日々トレーニングを積んでいます。クラブの理念やビジョンを定め、エジミウソンの経験とヨーロッパのコーチングスクールの考え方をもとにした育成メソッド FC スカメソッドを作成し、10代前半から一貫した育成を進めています。また一流の選手になるには心の成長も必要との考えから、元選手からのレクチャーを行い、動画解析など最新のテクノロジーも活用しています。本クラブから世界的な選手が輩出されることを目指しており、すでに数名の選手がブラジルのビッグクラブや欧州クラブへの移籍も実現しています。ミラキン。インドのジュエリー市場は製造と販売が分かれ、作られたものを店に並べて売るスタイルであったため、簡単なカスタマイズも難しい構造となっていました。ミラキンでは CAD や 3D プリンターを用いることで可能となった新しいデザインのジュエリーをカスタマイズ可能な形で製造販売しています。社会構造の変化とともに若い女性層の購買力は向上しており、ミラキンブランドのジュエリーが受け入れられ始めています。スカイライトコンサルティングでは自社事業とのコラボレーションに加え、クライアント向けのサービスを提供しています。海外の調査・ソーシング、アクセラレータープログラムの運営受託、イベントの開催受託、クライアントとパートナー企業とで構築する新規事業の企画や立ち上げなど、コンサルティングとベンチャー投資、自社の海外事業の経験を生かしたサービスです。スカイライトとともに世界で新しいビジネスをスタートさせましょう。誰かのために電気よ動詞になれ。名電車。電気を照らせ。誰かを支えるために電気を動詞になれ。名電車。 Quality connecting the next.
Ladies and gentlemen, in session 2, we will discuss the topic of retail and distribution. This panel discussion will be moderated by Papama, the investment lead of Uncovered Fund. Papama has been engaged with over 400 startups in his 5-year career in the African tech ecosystem. So he has, of course, very good expertise on this subject. So without further ado, let's welcome Papama. Thank you, Sunny. Hi, everyone. So as Sunny said, I'm Papama, part of the Uncovered Fund team, and I hope you're enjoying the panel discussion so far. So now we're on to our second panel discussion, and the theme around that will be retail in Africa. So specifically looking at how digital technology has enabled small retailers throughout different markets in Africa. And we've got 2 incredible startups who will be speaking here today. So the panel discussion will involve 2 major tech startups operating in multiple markets in Africa, tackling critical issues in the supply chain and retail, specifically for small businesses. Now, this is also referred to as B2B e-commerce. Now, B2B e-commerce has rapidly increased in recent years in Africa, where more and more small to medium retailers, as a result of technology, now have access to vast inventory, access to working capital, and also digital-based tools for invoicing, reconciliation, bookkeeping, and so forth. According to the latest report from a global and Pan-African venture capital firm called Partech, the e-commerce sector in Africa attracted more than $630 million of venture capital funding in 2022. The 2 companies that we'll be hearing from today collectively have raised over $50 million over a period of 5 years, and they are operational in over 10 countries throughout Africa and the MENA region. So without further ado, I'd like to introduce the 2 panelists for today, starting with Tesh Mbabu, the co-founder and CEO of MarketForce. And secondly, I'd like to welcome Ismail Balkayet, co-founder and CEO of Cherry. All right, so now I'll give the floor to the 2 gentlemen to present themselves and their companies. So Tesh, over to you. Hello. Hi, everyone. Very excited to be in Japan, in Tokyo, for the first time. My name is Tesh Mbabu, co-founder and CEO at MarketForce. I am a serial technology entrepreneur. So I studied computer science at the University of Nairobi. I was born and raised there. And after that, I knew I wanted to solve African problems by leveraging on technology, because I could see the wave, of smartphone penetration, of the youth population growing and all that. And I started by building a travel technology company called Cloud9. That was a marketplace linking the best African destinations to leisure seekers. We exited that business to Hotel Online, which is one of the largest travel techs on the continent, and then went on to found MarketForce in 2018. And today we've grown our operations to 5 countries in East and West Africa. So we're in Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, and Nigeria. And excited to share about that journey with you. And now we hand over to Ismail from Cherry. Yes. Hello, everyone. I'm Ismail. I am from Casablanca, Morocco. So about a year ago, when I used to meet with people all around the world and I was saying I am from Morocco, many people were asking, oh, how is the Prince of Monaco doing? And my answer was, no, it's not Monaco, it's Morocco, it's in Africa. But then the World Cup happened and our team went to the semifinals. And no, I don't need any more to say Monaco. I just say semi-final. So I am born and raised in Morocco. I left after high school to Europe and then to the US for my grad studies in Cornell University. And then I worked as a consultant for the Boston Consulting Group back in Paris.
And after 3 years, I decided to become an entrepreneur and moved back to Morocco. That was 2014. And with an idea that was very simple. Let's find out what are the companies that work in Europe and bring them to Morocco and to Francophone Africa, because everything that works in Europe after a few years work in our geographies. So I started back at that time, Uber was very famous. So I started with a Uber-like company that quickly became the leading ground transportation company in Morocco, and I could sell it to Avis rental cars. And then I started the property portal that also became very famous, and then I sold it also to Property Finder, one of the leading group. And in 2020, so 3 years ago now, I started Sherry that you can see here, which is a B2B e-commerce platform that also provides to shops all the goods they need and also some financial services. We are operating in 3 African countries, Morocco, Tunisia, and Ivory Coast. And the idea is to keep growing in Francophone Africa. It is very important for you guys to realize that Africa is a huge continent with 52 countries. But if we had to find what are the blocks, I would say that you have 3 main blocks: the Anglophone part, the Francophone part, and maybe the Lusophone part that speak Portuguese. So our ambition is to become the clear leader in the Francophone party of the continent, because in the Anglophone one, we have very hard competition coming from Tesh. So we make sure to stay where we are. Thank you. I'm very happy to be here, obviously. Fantastic. Thank you. Welcome to you both. So let's get to it. So gentlemen, as you know, and as we all know, the COVID-19 pandemic was a huge catalyst for the growth of e-commerce worldwide. But I'm very interested to know, from your perspective, being on the ground, what are the critical factors contributing to the growth of e-commerce in Africa? So maybe Tesh, you can start with you. Yeah, I think there's a couple of major drivers for e-commerce in Africa. I'd say one is rapid urbanization that's happening. So you have a lot of people moving to the urban cities, and that's leading to a lot of better literacy levels, a lot of, there's many young people in the cities. Our median population in the continent is the lowest 20 years old. So very talented pool of young people. And this was mentioned in the last panel, the digital native nature of these people. That means by default, they're thinking about using their smartphones not only to, do social chat and all that, but they're also thinking about how they use their smartphones to do business. And if you look at the demographic we serve, Chari and us is neighborhood merchants. So these are small businesses. And another thing that's now driving e-commerce as a result of this is you have very improved infrastructure. So you have the first layer of businesses through VC funding that built logistics businesses. So digitizing logistics, which is crucial for e-commerce. And then you had the next wave building fintech. A lot of money went into fintech, payments, lending, embedded finance. And that enables B2B commerce companies to be built on top of this technology rails in fintech and in logistics. So that's really driving e-commerce today. Ishmael, from your perspective? Yes, fully agree with everything Tesh has just said. I think also, obviously, the COVID was an accelerator. We say that COVID is the best chief transformation officer that everyone could have had, right? So Tesh and myself, we do e-commerce, and we provide the small shopkeepers with FMCG goods, with CPG goods. Just for you to understand the context, because you are from Japan, when you go to buy your groceries, you usually go to big chains. But put yourself in the shoes of an African consumer. We don't have these big chains.
or when we do, they only represent 10% of the total sales. What we are talking about are the small, local, independent mom-and-pop shops. It's usually one person in one small shop behind the counter to whom you ask what you want and he gives it to you. So put yourself in the shoes of a big multinational, like for instance, Procter & Gamble or Unilever. When you are in Japan, it's very easy to sell your goods. You speak with one person at a central purchasing body and your goods are everywhere in the market. But when you are in Africa, it becomes a nightmare to distribute your goods because you can't speak. For instance, in Morocco, we have 200,000 small independent retailers, and you can't negotiate with each one of them. So these retailers, when they want to buy their goods before, they used to close their shop and go buy them from a local cash and carry store. But then the COVID happened. Again, remember, there are only one in a shop. So they close and they go and they have opportunity cost and they lose some clients. But then COVID came. And when COVID came, everything was closed and they couldn't leave their shop. They had to stay. So they had to find a solution to keep buying the goods. And technology was the solution. And COVID helped a lot because they realized that they could stay at their shop, buy anything they want, and get delivered for free in less than 24 hours. And that's, to me, what has helped these independent retailers who before were not tech-savvy, did not understand how to use technology, to start realizing that it was important to get digitized, and that is something that is improving their daily life. All right, thank you, thank you. Let's just talk about growth strategy right now. So in both your cases, you started your companies in your local markets, so Market Force in Kenya and Sherry in Morocco, but then you've expanded cross-border. So which growth strategy makes sense given this current economic condition that we're living in right now? Do you go deep within your domestic market or go wide to other markets? Which strategy makes sense? Yeah, so I think both are important. It's important to go deep in the sense of every country, just like Japan, I'm sure has regions, and it's important to be able to cover most of the urban region. So, for example, before we went into other markets, we covered 10 urban towns in Kenya before we launched a new market. However, if you look at Africa, Ismail mentioned the fact that there are 52 countries. You're getting to be able to build a company at real scale. You're targeting to reach those 1 billion people. In Kenya, our population is 60 million people. So to get your business to a level where you're playing, the advantage that China has or India or the US, where they have a very large population, in Africa, it's very important to cover multiple geographies for you to achieve real scale. So that's one of the big reasons it's important to do both. We can see here one of our trucks that we use to deliver the goods to the small shopkeepers. And what you see there are the small shopkeepers. Again, it's very small. This one sells even gas bottles. Up to 1.5 years ago, investors from all over the world wanted to see that we could grow very fast. And they were encouraging us to open as many countries as possible so we could go as fast as possible. But then, as you know, something happened. The war between Russia and Ukraine led to inflation that led to many central banks raising up the interest rates, and some of the money that was in the VC asset class moved
to more securitized classes. So less money was available, and all those investors who used to tell you, please go as fast as possible, came back to us and said, no, what we would like you to do is find a great solution to improve your unit economics and find the right path to profitability. And in our business, searching profitability means getting the right scale. And in order to get the scale, you need to focus on one country and make it work well. Again, if you want to make money, you need leverage with your suppliers. You need to convince them to give you the highest margin possible. And for that, you need to get to the biggest size possible. That being said, many investors still fear what we call the country risk. When you play in only one country, especially in Africa, you never know what can happen. So they want also to see that you can balance between a few countries in case something happens in one country. Some countries are stable politically, others are not. Some countries are stable when it comes to currency, but we've just seen that Nigeria has done a devaluation, Egypt has done a devaluation. So I think that us as startups should choose two countries and make sure to win in these two countries. And the day the VC markets change and becomes more attractive, that's when we should keep expanding to more countries. Okay. Nice. Actually, I want to double click on what you said, Ishmael, but I'll direct the question to Tesh instead, since you're in more markets. How do you, this is a very VC question out of me, how do you balance hyperscale and also balancing, healthy unit economics? How do you find reconciliation between those two? Yeah, I think I agree with Ismail on a lot of the points around thinking about how do you become profitable within some core markets. So for example, we're in 5 markets, but our biggest strength is in East Africa because that's where I'm from. That's where most of the leadership team is from. So in terms of healthy unit economics, and this ties also to expansion, there is an opportunity to go deeper in the product offerings. So in both our cases, we have the delivery of the goods where you attract a margin, and the idea is to build national coverage, because also these manufacturers tend to deal with even 50 distributors within a country, which is also very hard for them to manage. But platforms like ourselves enable them to work with one company, and not only in our case reach Kenya, but enable Kenyan manufacturers to reach landlocked countries such as Rwanda and Uganda. So that enables your margins to go high once you're able to demonstrate that. That's one thing. The second thing, and so that's also the balance, because hyperscale in this case means a traditional distributor would be strong in one region in a country. Our case, we have to invest to build, and that's a form of hyperscale, to build scale within the nation or even a region, like Anglophone for our case, to attract the high margins, and then layer on other services that also bring in income into the business, such as tracking the transacting patterns of these merchants and using that to extend working capital loans. A lot of them, over 70% of these small businesses don't have access to business loans. So being able to layer on that as a service, and then enabling them also to transition from just being outlets for FMCG goods to financial service hubs because of the mobile money penetration. This allows these merchants to be banking agents in their community, and that enables them to earn extra income as well. So these are some of the things that can help in maintaining or building
healthier unit economics. Okay, very interesting. I think one of the biggest challenges when you look at the supply chain of retail, right, wherever you are in Africa, whether in South Africa where I come from, or Kenya and Morocco, is last mile delivery, right? It's very expensive, and it's probably the most critical part of it, because the customer wants to know, where's my product? So I'm very interested to know, how do you guys tackle that particular challenge in your markets? Because you know in Africa, the infrastructure is not as good as developed nations like Japan, plus other critical issues, you know, finding addresses and so forth. So how do you guys go about tackling the issue of last mile delivery? Yes, indeed, there are a lot of challenges, and you can believe me, it's a nightmare to do distribution in Africa. The way we did it was we started by internalizing it. And the reason was we needed to understand a few things. First, what was the cost of the last mile? And second, we needed to build a real tech infrastructure to be able to track every single good we sell to the shopkeepers. And for that, you need to understand warehousing, you need to understand pick and pack, and you need to understand last mile. So you need to develop a warehouse management system, you need to develop a transport management system, and with the data you are collecting, you can go see the suppliers and tell them, before Sherry or Market Force, you were blind on what was going on the market. But because we are digitized distributors, we are today able to tell you in details where your goods are sold, to which shop, with what other categories of products, and so on. And you know, in our countries, many of the suppliers end up having their goods being smuggled to neighboring countries. With our technology, they are able to find out what's happening. So we did that at the very beginning, just to learn and to build the tech. But once we knew the cost and we had our tech, we knew it wouldn't be scalable to do it by ourselves. It takes time, it takes focus, when ourselves need to keep improving our startup. So we then moved to externalizing the logistics to a third-party logistician who is either a company or a sum of independent small truck owners. So we provided them with our technology, and we told them, if you want to work with us, you have to meet with our SLA, Service Level Agreement, which means that you have to deliver on time the goods at the client. Why it is very important? It's because Tesh said that many of these clients don't have access to funding, so there is what we call cash scarcity. If you deliver the goods too late, the shop may not have the cash, because, for instance, the truck of Coca-Cola has come before you, and all the money the shop had for you, he gave it to Coca-Cola. And you end up losing the sale because the shopkeeper tells you, please come back tomorrow. And the cost of coming back tomorrow ruins your unit economics. So we had to find independent third-party logisticians that we pay on a variable way. So when they deliver on time, they have a bonus. When they deliver late, they have a malus. So at the end, they are entrepreneurs, we are entrepreneurs, and we are trying to create a model that helps everyone succeed and make sure to optimize the logistic to succeed. Okay, all right. All right, then the next question is around being asset heavy or being asset light, right? So as a VC, of course, we like companies that are asset light. And when startups pitch to us, they say they're a platform, they're a tech-based platform. But to some extent, you really have to control your supply chain, right? And I see the case with Wasoko, for example. You know them very well, Tesh. They were a pure platform when they started. And then they realized, okay, we don't have control of the supply chain.
and then our customers get angry at us because we don't have control of the delivery process. So how far do you go when it comes to building your own assets and holding them onto your own balance sheet? How far do you go? Or do you want to balance between being asset heavy and being a platform? How do you balance that? Yeah, absolutely. Yeah, I think I agree with Ismail's school of thought. I think here it's a matter of philosophy. How much time and effort do you want to spend innovating around how you control the supply chain or manage the supply chain? We have taken a very similar approach to Chari in the sense of having third-party logistics providers, and in some cities going to the extent of having 4PL, which means that you have even your warehouse being managed by a third party who's an entrepreneur who has something to lose if the goods in the warehouse, the manufacturer's goods get lost, or if a delivery is not made on time, rather than deciding to invest and own all those assets. This was discussed in the previous panel around the opportunity for fintechs or businesses, startups, to really focus on a niche and be very good at it. For us, we believe to grow fast early on, it's important to be asset light. And what asset light does for us, it enables us to focus on the technology for the retailer and stickiness of the retailer. So figuring out what exactly do they need. The minute you move into starting to own your own fleets, own your own warehouses, and manage all that, you lose focus on the core merchant, because these are very, deep areas or sectors that need further expertise to build on. And as a startup, you also have limited resources to do all those things. So that's why we think asset light is the way to go. And the last reason we believe asset light is the way to go is the timing. Chari, Market Force were all founded after 2018. And what happened between 2015 and 2018, there was a lot of initial VC investment that went into logistics companies and fintech companies. So we launched at a time where there were partners that we could work with to embed even financial services into our offering, rather than having to build the entire infrastructure, which some players in our space might have had to do. Yeah. All right, cool. Then in the previous panel discussion, there was a talk about how every startup will eventually become a fintech startup. And I think it's quite common practice now in B2B e-commerce that you embed financial products as well. So I'm very interested to hear more about how Cherry and Market Force are using retailers and merchants to provide financial services to customers. Yes, I would answer this question just to look back on what Tesh just said. So this is one of our warehouses in Casablanca. We don't own it. We do rent the place. And the way we pay is per pallet. So pallet is what you see there. Whenever one pallet goes in and goes out, we do pay for it. So good news here is we have variabilized all of our costs. So the more we grow, the more we have to pay, but then it's a percentage of our volume. When you look at unit economics for companies like Market Force or Cherry, you realize that your revenue is coming from the margin that the suppliers give you. The suppliers could be local manufacturers, it could be local multinationals, or importers. And then with this margin, you have to cover your logistic costs, including warehouse, pick and pack, and delivery, your acquisition costs, and some of your back office costs. So it's called distribution at the end of the day, and the margins are very thin. However, the good news is you are building a network of faithful shopkeepers that love your service. So you grow fast, you get this network, but at the end of the day, you may not make a lot of money out of the distribution. But it's what I call a Trojan horse that allows you to
add a lot of additional revenue streams, mainly coming from embedded fintech. And again, I need all of you to put yourself in the shoes of African entrepreneurs. Our population is not as educated as yours. We are not as tech savvy as you guys. When you start a new mobile app with a new feature, it's easy for you to acquire new users, because when you do marketing on social networks or on mass media, your users will understand what you do. But in our countries, you can have all the money of all the VCs of the world and spend it on TV. It's still very difficult to educate the end users. So we believe that our network of stores, made of shopkeepers who have been there for decades, have already the trust of their end users. And this trust is coming from the fact that they are their neighbors. They know where the end user lives. They know who is their family. And they are more than client supplier. They are friends. And we think that if we manage to train the shopkeeper to start using technology, to understand what is mobile money, to understand what is fintech, we can then use the shopkeepers as ambassadors who themselves will end up training the end users. So we think that we can unlock the full potential of the population with education and with training, using the shopkeepers as, again, the professors, the teachers. So Sherry was lucky enough, because we became a month ago the first and unique ever startup to receive a financial services license from the Central Bank of Morocco. And the reason why we got it is because we all believe that the shopkeepers are the only ones able to do credit scoring, KYC, cash collecting for unbanked people. The shopkeepers are the only ones able to do financial inclusion. The shopkeepers are the only ones able to do education. So we want to use them because they play a huge social role to improve the daily life of our population. And we were also very lucky because the University of Harvard came to visit our operation and saw how we were helping the population. And they wrote a business case about fintech inclusion made by Sherry in Morocco that is today being taught to the MBA students at Harvard. And that shows that we as startups can have a lot of impact on our countries, thanks again to technology. Just want to add more to that. So what was the main question? So the question is, how are you using your retailers as a way to distribute financial services? Yeah, I think pretty much the same thing. I was flowing with his story, and so for us, we see the opportunity to transform these merchants from FMCG outlets to financial service hubs. Very similar to him. What we've done across the markets we operate in is we have partnerships with banking institutions that enable us to provide a digital wallet for our merchants that enables them to start collecting digital payments. This is mobile money payments directly into their wallet. And before the market force and Chari, what a lot of these merchants would do is they would mix their personal finances and their business finances.
So through our app, and our transition has now been to become the super app for the neighborhood merchant, means we give them a wallet, we act as their bank, they're able to deposit or receive payments into this wallet. They're able to pay their suppliers through this wallet. This was talked about earlier, the fact that 95% of payments in the continent are still in cash. And we're playing a very pivotal role in transforming these payments into digital payments, because a lot of transactions are happening through these neighborhood merchants. I think as at last year, we had $1.2 trillion of consumer purchasing, and majority of that is through this neighborhood merchants. The other opportunity then becomes what we call cash in, cash out in Africa. So merchants act as human ATMs in Africa. So we don't have the digital ATM machine. If you want to withdraw money from your mobile money, you go to your nearest agent. And in this case, we're turning merchants into agents. You're able to transfer money to the merchant and basically withdraw cash. Or if you need to deposit cash, you give the cash and get it in digital form on your mobile phone. So that's another crucial element that we've been able to add to digitize payments, but also to enable these people to earn a commission. The other one is distribution of critical services such as insurance. So very similar to Chari, we're leveraging merchants as educators within their communities because of the trust. To educate people, you need motorcycle insurance. You can easily access it from your neighborhood merchant. You need health insurance, you're able to access it, and other critical financial services. All right, great. And I think just as a way to wrap up this session, let's be more forward-thinking. So how do you guys see the next 5 years for your companies and for the B2B e-commerce industry in general? And on top of that, what opportunities are there for Japanese corporations and investors in Africa? Again, you've used a lot of our pictures. I need to charge you for this. Send us an invoice. This is, again, the team that is delivering the goods, independent co-workers. I think a lot of great things have been said. Our ambition is to make sure that everything that happened in the US, in Europe, in Japan, which is the big chains replacing the small independent retailers, won't happen in our countries. Because we feel that these small mom and pop shops play a huge and important social role. Not only they are, again, our shopkeepers, but they are our neighbors, our bankers, our friends. Even if you get in a fight with your wife, for instance, the shopkeeper is the one fixing the issue. Usually you go by, but you are not going, your wife goes because, instead of you. He knows that there is a problem. And he helps you. So we want to make sure that these people will remain. I want my kids to still go there and not have to go to Carrefour. And in order to do that, we need to help them with, one, their procurement. If we help them gather all together so they can buy together, we will have more leverage with the suppliers and we can buy at better prices, so we can sell at better prices, so we can compete with Carrefour or Walmart or whoever. Second, we need to help them with their working capital. And thanks to technology, we can have data. Again, they are unbanked. I need you to understand, we are speaking about people who are today unbanked. So the bank have no clue about who they are, and they are not able to fund them. But because of our technology, we know exactly the volumes they sell, so we are able to credit score them and able to provide them with a working capital. At last but not least, and you said something very important, I need you to understand that. In Japan, when you want to do financial services, such as
transferring money, pay your bills, pay your taxes, buy your insurance. The best people here use a mobile phone. Those who don't know how to use a mobile phone, they usually go to a vending machine, an ATM, where they can do anything they want. But again, in our population, we don't, first, Morocco, about 30% of the population don't know how to read. The 70% who know how to read don't know how to use technology. So they can't go to a machine. They need help. And we have 200,000 shops who sell today milk, bread, but they can do more. They can become the teachers of the 40 million people who need to understand how to use technology. So he said something very important. We want to transform the shopkeepers into human ATMs, where our population can go and learn how to do financial services. And we think that by doing this, we can save the shopkeepers from disappearing. We can help them get additional revenue streams. We can transform them into local agents, into local banks. We could become the biggest banks for unbanked people in our regions. And we can do something very important, having impact in helping our population get educated to digital and improve its daily life. And this is why we need, obviously, people like you who understand technology to help us succeed in Africa. Yeah, absolutely. So I'd like to repeat some critical numbers just to shed light on the opportunity that we have ahead of us. So in Africa, there's that $1 trillion in spending every year. Together with Ismail and all the other players, digital B2B e-commerce players, today we command less than 0.5% of the transaction volume that is happening. And it's inevitable in the next 5 years that our companies are going to be leading the e-commerce revolution in the continent. So basically, the next Alibabas and the next Amazons will be companies like ours. And the main reason that will happen is because the infrastructure we're building through these neighborhood merchants to deliver goods and deliver financial services will allow us to extend those services to consumers as well. So as we move to where Japan is, where you have digital ATMs and a lot of do-it-yourself, I think I read an interesting statistic around in Tokyo. There's one vending machine for every 5 people or something crazy like that. So I was like, wow, when will Africa get here? But I think the reason what we're doing is very important, and partnering with people like you is very important, is because within the next 5 to 10 years, as we transition into B2C commerce and digitization of this last mile delivery of services, then it's very important to have the right partnerships. But that's how the future looks like for us, and we need to grab that opportunity while it lasts. Wow. That's a very insightful discussion, I have to say. For me, I think the key takeaway was the importance of the trust economy in Africa, which is very hard to pinpoint the value of it, right? The end consumer, they trust the merchant. They trust him very much. And the merchant has therefore become a custodian for financial services and other services towards the end user. And these two companies here are empowering merchants across Africa, and we really appreciate them. Can you please clap for them? Okay, and with that, we conclude this panel discussion. We'll take a 15-minute break, and we'll come back at 1:30 for the next panel discussion. Thank you.
Honda. Nyenga enduna tusubul anjari mbapiko ibo mama Kisumu. Mayro mado chai mukinyi gi family na. Gijo dagi nyithinda dek kan nyithinda dek. Ahero tero nyathina e school gokinyi pile pile. Nikech wanyiero, watugo, wajok. But ahero gi te kendo amor ka nyithinda gokinyi kamoro achiel ochiemo kamoro. We at Honda Trading have developed and expanded our business while staying close to the issues of our customers. In recent years, the environment surrounding us is changing greatly, including the ever more complex global economy and diversifying customer needs. Honda Trading is working in various business areas for the success of our customers by grasping these changes with certainty. Honda Trading develops comprehensive solutions to respond quickly to business environment changes and customer needs. Utilizing our global network, we provide support from the preparation stage for customers' overseas expansion, from support for market research to general support for procurement and supply. Furthermore, we verify various information and propose new business models to help the business that customers' vision take shape. We not only supply production equipment, dies, and molds to various manufacturers' plants, but also make the most of our global network to coordinate everything from surveys of overseas expansion to procurement, transportation, installation work, and maintenance in order to execute the requests of customers based on our highly specialized knowledge. The raw materials used by each manufacturer change in accordance with the trends of the times. Utilizing our thorough understanding of the market, we are able to procure and supply optimum raw materials, including light metals, steel, plastics and resin, and platinum group metals, with speed and consideration for our customers' costs. In addition, the Honda Trading Group also manufactures aluminum and processes steel so we can respond more flexibly. We procure and supply the parts used in automobiles, motorcycles, and power product engines from around the world, coordinating business quickly and precisely. As with raw materials, we use our vast global network to provide optimal services to customers in the supply of these parts too. Honda Trading also undertakes wholesale sales of Honda products. Based in Romania, we supply automobiles, motorcycles, replacement parts and accessories, and support local dealers' activities. We are involved in the creation of a recycling-oriented society through the development of recycling business models for resources, such as the lead batteries discharged from end-of-life vehicles, and by providing consulting services on the waste materials generated at automobile dealers as a Honda Group. We support the realization of our customers' business by using the global logistics know-how and expertise we have cultivated over many years in the industry to propose optimal logistics solutions for each project and respond flexibly to unexpected situations. And through creative and effective commercial activities, we will continue to innovate the future. We strive to be a company that realizes customers' business dreams beyond the trading company framework. Honda Trading. Create with us.こんにちは、エジミウソンです。スカイライトのアンバサダーを務めています。またスカイライトと共同して2019年にブラジルのサンパウロ州でサッカークラブを立ち上げ、世界的な選手育成を行っています。エジミウソン・モラエス元サッカー選手。
2002年サッカーワールドカップにてブラジル代表の一員として世界一に。 FC バルセロナでもウェハチャンピオンズリーグで優勝。選手時代から今日まで故郷のブラジル・サンパウロ州タクアリチェンガを本拠地とするエジミウソン財団を通じて社会貢献を推進。2019年6月にサンパウロ州サンタナ・デ・パルナイーバ市に世界的な選手育成を目指すサッカークラブ FC スカブラジルをスカイライトコンサルティングと共同で設立し、代表としてリーダーシップを発揮しています。スカイライトではグローバルオープンイノベーションを推進しています。それには大きく2つあります。1つにはさまざまなプレイヤーと協力しながらスカイライト自らが海外に投資し、新規事業に取り組んでいることです。立ち上がった事業を生かして皆さんとコラボレーションすることを視野に入れています。もう一つは顧客企業に向けた支援サービスです。ではスカイライトの海外での新規事業を3つご紹介しましょう。ケニア、ブラジル、インドの各事業です。アンカーライトケニア。ケニアをはじめとする新興国ではバイクでのタクシーや配送サービスが行われています。そうしたバイクライダーの多くは個人事業主、いわゆるインフォーマルセクターに属する労働者であるため、これまでレンタルやローンといった金融サービスの利用は難しい状況でした。そこでアンカーライトケニアでは新しいタイプのレンタル事業を展開。ライダーにチームを作ってもらい、共同でバイクをレンタル。一定のレンタル期間が経過するとバイクは自分たちのものになる、いわゆるレントトゥーオウン型のレンタルサービスを提供しています。 FC スカブラジル。スカイライトは元サッカーブラジル代表のエジミウソン氏と共同で2019年にブラジル・サンパウロ州に育成型のサッカークラブ FC スカブラジルを発足。ブラジル全土から有望な若手選手がクラブの施設で生活し、日々トレーニングを積んでいます。クラブの理念やビジョンを定め、エジミウソンの経験とヨーロッパのコーチングスクールの考え方をもとにした育成メソッド FC スカメソッドを作成し、10代前半から一貫した育成を進めています。また一流の選手になるには心の成長も必要との考えから、元選手からのレクチャーを行い、動画解析など最新のテクノロジーも活用しています。本クラブから世界的な選手が輩出されることを目指しており、すでに数名の選手がブラジルのビッグクラブや欧州クラブへの移籍も実現しています。ミラキン。インドのジュエリー市場は製造と販売が分かれ、作られたものを店に並べて売るスタイルであったため、簡単なカスタマイズも難しい構造となっていました。ミラキンでは CAD や 3D プリンターを用いることで可能となった新しいデザインのジュエリーをカスタマイズ可能な形で製造販売しています。社会構造の変化とともに若い女性層の購買力は向上しており、ミラキンブランドのジュエリーが受け入れられ始めています。スカイライトコンサルティングでは自社事業とのコラボレーションに加え、クライアント向けのサービスを提供しています。海外の調査・ソーシング、アクセラレータープログラムの運営受託、イベントの開催受託、クライアントとパートナー企業とで構築する新規事業の企画や立ち上げなど、コンサルティングとベンチャー投資、自社の海外事業の経験を生かしたサービスです。スカイライトとともに世界で新しいビジネスをスタートさせましょう。
誰かのために電気を動詞になれ。名電車。電気を照らせ。誰かを支えるために電気を動詞になれ。名電車。 Quality connecting the next. All right. So I hope you enjoy Showcase Africa 2023 so far. The next session will be in Japanese. There are many different ways and approaches to expand or create business in Africa. In this topic, we will focus on Japanese companies that have ventured into Africa and the people who support them. Using actual case studies, we will discuss in depth how Japanese companies can expand their business in African market from various aspects. I'm so pleased to be with you in this afternoon and to have the chance to listen to our guest speakers that have many years of experience in advancing business in Africa. The moderator will be our Uncovered Fund CEO and GP, Takuma. He will lead and take over the session from here on, so please welcome Takuma.
はい、皆さん、ここは日本語のセッションで進め、させていただければなと思います。で、このセッションなんですけど、一言でアフリカでアフリカにチャレンジすると言っても、いろんなやり方があるんじゃないかなと、思ってます。それこそ現地のスタートアップ企業に投資するっていうのも一つのやり方ですし、自社でゼロから事業を立ち上げに行くっていうのも一つのアプローチかなと思います。それ以外にもですね、例えばアフリカのスタートアップ企業を支援するファンドに出資するみたいな、そんないろんなやり方があるかなと思ってます。で、今日はですね、まさにその本当にアフリカでここ数年活動されてきた日本人のイノベーターの方々にですね、ご登壇いただいて、アフリカで各社がやってるチャレンジだったりとか、どんなやり方があるのかみたいなことをちょっと深く皆さんと共有できればいいかなと思っております。はい、というところで、登壇者の方々にぜひご登壇いただければなと思います。じゃあ、まずはですね、スカイライトコンサルティングの羽生さん、お願いします。皆さん拍手でお迎えください。はい、続いて、三菱商事の中野さん、お願いします。続いてですね、ケニアの企業なんですけど、ケニアから、日本企業の進出を支援されている、メグラージュグループのビノイさん、お願いします。で、今日通訳で今村さんにも、ご登壇いただきますので、今村さんもよろしくお願いします。はい、で最後ですね、名電社の坂野さん、お願いします。はい、というところで、まずですね、ちょっと皆さんに最初1人3分ぐらいずつですね、自己紹介いただければなと思っております。そもそも各社のちょっと取り組みのご紹介だったりとか、自社のプロフィールのご紹介だったり、ちょっと3分ぐらいでお願いできればなと思います。まず、じゃあ、羽生さんからお願いします。皆さんこんにちは。スカイライトコンサルティング株式会社というところのですね、代表をやっております羽生でございます。初めての方が多いと思います。スカイライトの事業をまずちょっとご説明させていただくと、名前の通りコンサルティングとついておりまして、ビジネスコンサルティングとの一つ主力の事業としております。でそれと並行してベンチャー投資をしていると、国内外ですね、スタートアップに投資していこうという事業をやっておると。でもう一つが、自社で、国内外のベンチャービジネスを手掛けていくというところをやっております。で、考え方としてはですね、そのコンサルティングっていうのはどうしてもその既存の企業様の既存の事業を改善していくという仕事が多いもので、一部その既存の企業様の新規の事業を担当させていただくということもあるんですが、これからの社会を考えたときに、もっと社会のイノベーション、もう世界いろんなところで起きているイノベーションにタッチしていって、それを取り組むということを我々も必要ですし、我々がそういうことをですね、いろんな企業様に提供できないといけないんじゃないかという思いがございます。それなのでベンチャー投資もしています。でさらに進んで、我々自らがグローバルのいろんなイマージングな新興事業のところにタッチしていって、ノウハウを得て、でその事業に参加してもらう、あるいはその事業をてこにいろいろオープンイノベーションをやっていこうと、そういうアジェンダで国内外で事業をしているということでございます。で海外のイマージングの事業は、今日のお話にもあるアフリカのケニアでバイクレンタル事業をしているということ、それとインドのデリーベースでですね、ジュエリー 3D プリンティングの技術を使ったジュエリーを作っていこうという事業、それとブラジルのサンパウロでサッカー選手を世界的な選手を育てていこうという事業と、海外のイマージングの事業としては今現在3つ手掛けているということでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。スタートアップ投資もかなりやられてますよね。そうですね、自社で、発掘するようなコンテストもですね、2007、8年から10年ちょっとぐらいやってたんですが、今当時ですね、リーマンショックがあって、あまりスタートアップ投資が
思わしくなかった時期に、じゃあ本当これから事業を始めましょうっていうアクセラレーションを含め、投資をするっていうところから、かなり活況になってきたので、もう15年6年ぐらいはかなりやってきているというような形でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いて中野さんお願いします。はい、皆様こんにちは。三菱商事の中野と申します。三菱商事総合商社ということで、昔は商社といえば貿易ですとかトレーディングということでしたけれども、このどうでしょうね、15年20年ぐらいはかなりその投資を通しての事業ということがかなり増えてきているというのが実態です。で、他の商社さんもそういえば弊社もですね、事業分野別に組織が分かれてまして、私自身は電力、部隊の人間です。で、今日私今呼んでいただいたのは、このロゴにありますけど B-BOX というアフリカで、電気の通ってない地域ですね、無電化地域ですとかオフグリッド地域と言われますけれども、そこの人々に太陽光パネルと電池と、こういうライトとかテレビ、これをセットにしてですね、若干フィンテック的要素もありますけれども、買ってもらうんじゃなくてそれをサービスで提供する。で、所得の低い方々なので、月々何ドルとかっていうのを払うと、もう電気がなかった生活から電気がある生活になると、こういった事業をしているのがこの B-BOX という会社でして、三菱商事としては電力ですとか、あと電池という観点から、この会社に出資しまして、これ2019年ですね。で、私自身は三菱商事側でこの出資そのものを担当した後に、このまま B-BOX という会社に3年強出向しまして、ケニアのナイロビの方に駐在しておりました。なので今日のこのパターンでいくと、日本の企業がアフリカのスタートアップに出資をしてというケースに当たりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ続いて、ビノイさんお願いします。Hello everyone, it's nice to meet you. My name is Binoy Megraj. I'm the Vice Chairman and Managing Director of Megraj Group. Our business was founded more than 100 years ago in Kenya. We're involved in two main businesses. One is trustee services and the other is investment banking advisory, where we advise companies on M&A transactions, fundraising and partner searches. Our three main markets are East Africa, Japan, and India. One of our key focus areas over the last few years has been helping Japanese companies that are interested in East Africa. And as part of that work, we've seen some of the challenges that are faced on the Japanese side and the African side. And I'm happy to talk about that today. 皆さんこんにちは。メグラージグループのビノイ・メグラジです。私はメグラージグループのバイスチェアマンです。100年前にケニアで創業をして、2つのメインの事業を今やっております。1つは信託事業、もう1つは投資銀行事業です。M&A やパートナーサーチ、ファンドレイズのアドバイスをしております。東アフリカに進出する日本企業等のアドバイスをしておりまして、そこで日本企業が直面する問題等について今日はお話したいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ最後坂野さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。私ですね、株式会社名電社という会社で勤めております。坂野ひとみと申します。名電社という会社ですね、あまり馴染みがない名前かもしれませんけれども、私たちの会社ですね、主に電気と水を皆様に提供するような電気設備を製造しているのと、あとそれをメンテナンスするといったことをやっている会社になります。実はですね、創業126年ということで非常に古い会社なんですけれども、当社で作った電気設備がですね、東京都内でも皆様の設備の中にですね、入っているような、そういったそのちょっと目に見えないような、ところにある製品を作っている会社になります。例えばですね、あと電気自動車のモーターも、今作っておりまして、 EV 事業としては今当社の中では主力の製品となっております。
私は2008年に名電社の方に入社しまして、入社してからですね、研究開発部門の新規事業の企画をやっていて、現在は経営企画本部ということで、事業の観点で新規事業を開発していくということをやっています。で2021年に、寺久保さんとお会いする機会がございまして、当社の、方から寺久保さんの方のファンドに、出資をさせていただいて、アフリカ市場の中での事業探索っていうことを現在やっているというところになります。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、というところでですね、ぜひちょっと皆さんにいろんな話を、お伺いできればなと思ってます。でまずちょっと最初テーマはですね、日本企業とスタートアップ投資っていうところで、お話をいくつか聞ければいいかなと思ってます。でちょっとまず中野さんにお伺いしたいんですけど、三菱商事さんとして、B-BOX に、出資したってその中背景だったりとか狙いみたいなことってもし教えていただけると嬉しいです。先ほど申し上げた、私、電力部隊の人間、すなわち電力事業というのを取り組んでいる組織なんですけれども、従来からやっぱり電力関係っていうビジネスは三菱商事何十年ってやってきてましたけれども、基本的にはもう電気がつながっている世界ですね。そこの発電所ですか、送電線とか、そういった事業に関わってきてとやってきたわけですけれども、一方で、アフリカあるいは他の途上国っていうのは電気が通ってないという地域も結構あるんですね。今でも確か多分統計でいくと世界の、確か10億人ぐらいって電気のない生活してるっていう時代なんですよね。それでただ一方でやっぱりいろんな技術が新しいの出てきて、でちょっと午前中とかもありましたけど、モバイルペイメントとかですね、あるいは日本でいうとどうでしょうね、ペイペイとか LINEPay みたいな、あれで銀行口座とつながってなくて、で携帯だけで全てもう生活ができちゃうというようなのがこの10年ぐらいですかね、かなり出てきたということありですとか、あとは太陽光パネルとか、電池が安くなってきたとかっていうことで、こういう電気のない地域を電化しようという会社が出てきたんですね。これはほとんどスタートアップです。それで、我々としてもやっぱりその電気のあるところだけじゃなくて電気のないところを電化するっていうのもこれやっぱり一つの市場だよねと、電力という観点でということで目をつけたというのが最初の最初です。で弊社の場合実は、この B-BOX の前にそういった、いわゆるオフグリッド地域、無電化地域、ここで事業をしている会社にファイナンスするという事業の方に実は16年17年に出資をして始めとったんですけれども、やっぱりそのファイナンスってなると間接的なんですね、市場に。で割と我々商社はやっぱ現場の現場感ですとか手触り感っていう、そこでやっぱり事業をするということがやっぱり結構重要なポイントになってきまして、それでこの実際にオフグリッド地域で電化事業をやっている会社そのものに出資をしようということで何社かいろいろと調べた結果、この B-BOX という会社に出資したと、そんな経緯でございます。でも日本企業がそのアフリカのスタートアップに出資して出向までして現地に駐在していくってすごい珍しいケースなのかなというふうに思ってるんですけど、それは三菱商事さんの中でも別に当たり前のことではないんですか？比較的多いと思います。そうなんですね。比較的多いケースだと思います。もちろんお金は出資するけど人は出さないというケースがないとは言いませんけれども、弊社の場合はどちらかというとお金も入れて人も出して、それでそこの企業出資先の価値を上げる、これはスタートアップに限らずですけれども、どちらかというとそっちが一般的という方かもしれません。ただスタートアップはどっちかというとかなりそうですね、入れる額も少額とかということもあるので、割と出さないケースが多い分野とも言えるかもしれません。実際その出資した後、実際現地でケニアの法人で、それこそ経営陣もいれば、ローカルのスタッフもいらっしゃったと思うんですけど、実際中野さんそこの中に入っててどんなことされていったんですか？はい、ちょっと若干 B-BOX の説明しますけれども、B-BOX っていうのは先ほど言ったような事業をアフリカの10カ国で展開してまして、で私自身はケニアの、法人の方にケニアに物理的にいたんですけれども、そういった環境の中で、私が担ってたのは大きく2つありまして、1つはその10カ国のオペレーション
でこれは各国でそれぞれやっているっていうのもあるので、やっぱりそのあるところのいい点を他のところにこう移植するとかですね、そうやってトータルでこう底上げしていこうということが必要なので、その10カ国、ここのこう分析したりとかデータをなんか活用してやるとか、そういう10カ国の、またがった戦略みたいなのが一つ。それからもう一つが、これ多分日本企業とっていうところになってますけども、三菱商事が、持っているネットワーク、あるいは三菱商事がやっているビジネス、それと B-BOX のやっている事業、これをつないで何か新しいことを生み出すと、この2つが私のアサインメントでした。ありがとうございます。ちなみになんかその中でこうなんですかね、こうデイワンからなんかこう思い通りにいかなかったこととかもいろいろあると思うんですよ。もうそんなことばっかりですね。だからなんでしょう、ちょっと私ばっか喋ってたあれですけれども、やっぱそういう基本的にはうまくいくことなんてないというのがスタートで、言い方によっちゃケイオスみたいな感じですけれども、私自身幸いそういう環境を楽しむという性格もあったので、見方によっちゃ大変ですけど、同時に楽しかったなと思います。だから大変とはいえ、やっぱなんかうまくいけばよかったなっていうのは、多分これはどんな性格の方でもそうでしょうし、お答えになっていればと思いますけど、ありがとうございます。ちょっと後で深掘りさせていただければなと思います。じゃあちょっと続いて羽生さんに、お伺いしていきたいなと思います。スカイライトさんとしても、それこそスタートアップの投資もされてると思うんですけど、実際この前タンザニアの日本のスタートアップとかにもなんかその辺ってこうなんですかね、どういうなんですかきっかけというか機会みたいなのを見られて海外でチャレンジする日本人のスタートアップとかに出資されているのかって、その辺のちょっと背景もお伺いできればなと思います。はい、スタートアップ投資十数年とか20年近くやってきていて、いろんなうちの中でもフェーズがあるんですけど、最近の状態でいくとスタートアップ投資をなるべくこれから市場が伸びる地域とかセクターとかに少し見ていこうじゃないかっていう考えがあります。で具体的には中南米エリア、それとアフリカエリアっていうのはやっぱフォーカスエリアになっていて、でそこでこれから事業やりましょうとか、事業の芽が出てきてますねっていうところにはタッチしていきたいなっていう思いで、そういう話があると積極的に検討するっていう方針で今やっています。ありがとうございます。ちなみにちょっと続いてなんかその事業立ち上げっていうところで、まさにその投資もやりながら自社で01の事業の立ち上げっていうのもそれこそブラジルとかインド、アフリカでやられてると思うんですけど、なんかその辺このアフリカで立ち上げに至った背景だったりとか、なんかその辺をちょっとお聞かせいただけると嬉しいです。はい、事業をやるにあたってやはりすごい重要なリソースっていうのが人だということはもう間違いないことなんですけれども、ベンチャー投資の場合はすでにベンチャー起業家がいて事業を始めていて、じゃあそこに追加で出しましょうかっていうケースがほとんどなんですね。なのでやる人はまずスタートでいますっていう状態で投資するという場合ですけど、そこがまだ、ちゃんといないような状況とか、これから資金集めてやろうと思ってるんですけどみたいな状況の時に、じゃあうちが全部リスク取ってやりましょうよってなると、自社で、経営権を持つような形で多くを持ってスタートするってことが多いってことですね。で、ちょっとまずブラジルの話からしちゃうと、ブラジルは2002年のワールドカップで優勝したブラジルの代表メンバーの一人が、自身で、サッカー選手のグローバルな選手の育成をやりたいと。でそれを日本人と組んでやりたいっていうお話が、縁があってそういう話をいただいて、で検討して、じゃあ君とやろうってことでスタートしたということなんですね。それは外部の人間が経営をするっていうことで、うちが資本を出してますけど、そういう形でスタートしたという事例ですと。でアフリカの場合は、たまたまうちの社員で中途入社した後にアフリカで骨を詰めてもいいから事業やりたいんだってものがいて、これすごく得意な例だと思うんですけど、ただ事業アイデアは何もないと。彼はもう家族連れて向こう行きたいんだぐらいの話だったので、本当寺久保さんと連携してまずちょっとリサーチしてもらったりとかしてたんですけど、そういうのを経ていくときに、こういう事業やりませんかっていう話が逆に人が先にいて事業の話が次に来たんですね。
じゃあその事業の可能性あるのかっていうのをそこから検討して、じゃあこの形だったらできるかなっていうことで、あとは取れるリスクをあまり最初から大きすぎないようにする。最初はもうスモールスタートでもう撤退もできるようなぐらいからまずスタートするっていうことを意識して、人がいてお金がついて事業のアイデアがあって、じゃあそれを試すってことでたくさんいろいろ学びましょうっていうようなスタートでこれを始めているという形です。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと続いてですね、バンノさんにも、ちょっとお伺いできればなと思ってます。なんかこうそれこそ中野さんと羽生さんは出資を直接現地の企業に出資したりとか、自社で事業を作っていくみたいなアプローチだったと思うんですけど、メディシャさんとしてはファンドに出資してそこから事業の可能性を探索する、なんかその辺の狙いだったりとか、なんか期待値という得たいことみたいなのってどういう社内のお話があったんですか？はい。そうですね、いい意味で取捨選択された情報を厳選されたものを得られるっていうところがファンドの方とお付き合いするっていうところの強みじゃないかなというふうに私は思ってまして、で寺久保さんとお会いした時に寺久保さんからもお話をいただいて、もう一つ大事だなと思って共感できたのは、先ほど羽生さんもお話しされてましたけど、重要なのはやっぱり人だと思うんですよね。で事業を立ち上げる時ってその事業がその現地の人にとってどれだけいいものなのかっていうのはもちろん重要だと思うんですけど、そこでその事業を一緒にやっていく人がやっぱり重要だと思ってまして、で、そこのところでメディ社ってドメスティックな会社なんで、日本国内だけで実績を上げてきて、これから海外展開っていった時にアフリカにまだ進出したことがないっていったところで、どういうふうに人を育ててで進出していけばよいのかっていうところを一緒に考えてもらえるっていうのがやっぱりアンカバードファンドさんっていうところが良かったなと思っていて、そこはやっぱりファンドの出資というで情報収集もありますけど、やっぱり人っていうところも重要視してます。実際今メイデン社さんから一人うちのファンドの方に出向で来ていて、でまさになんですかね、日々たくさんのスタートアップからの投資相談とか上がってくるのを、ちょっと一緒に、見たりとか、あとはまず新しい事業探索っていう意味で、一つのテーマを決めて、で現地のスタートアップとの協業ないしは自社での事業立ち上げみたいなことを、まさに羽生さんのさっきの話にちょっと通ずるところがあるかなというところを、まさに今動いているというような、ところです。ありがとうございます。じゃあちょっと続いてビノイさんにも、お伺いできればなと。たくさん今まで本当にケニアで100年の歴史がある企業さんなので、本当にたくさんの企業の進出だったりとか見てきたのかなと思うんですけど、それこそなんかうまくいく企業、うまくいかない企業とか、たくさんいろいろ見られてきたのかなと思うんですけど、もしなんかその辺今までビノイさんが見てきた中でなんかポイントだったりとか特徴とか、なんかそんなエピソードがあれば教えてもらえると嬉しいです。Thank you very much. I can probably pick a few different items here, points. I think one of them is getting realistic information. So when a company wants to go into a market in Africa, it's good for them to get information from the market, what's actually happening there, what kind of a business model will work in that market, what kind of opportunities will work in that market. And we sometimes see companies from overseas that in their head office try and work out what they should be doing in Africa, but without actually going to Africa and really understanding the market. And that's one thing that we feel very strongly. You need to go to the market, speak to people there, potential customers, potential partners, and try and understand from them what the opportunity is. 我々の歴史の中でたくさんの企業に今までアドバイスをして、たくさんの企業の成功した例、失敗した例を見てきました。一つ一番重要なのは現地の情報を十分に
得ているかどうかなんですね。例えば、どんなビジネスが、そこでできるのか、どんなオプチュニティがあるのかなどです。であと、海外の、企業においてよく見られる失敗例なんですけども、現地の情報や事情を知らずにこうやりたいああやりたいということだけを先に、プランを作ってしまって、いざ行ってみると、全然合わないとフィットしないということがよくありますと。なので、現地の情報を実情をまず捉えてそれに即した、プランを考えるべきだと思います。Another thing which we found very important is generally when foreign companies come into African companies, particularly for us, East Africa, if they try and do greenfield projects, it's very difficult for them to build a substantial business. It takes a very long time and they end up with small market share. So what we tend to suggest and what we've seen being successful is investing in or acquiring a company locally, partnering with a local business, and that gives a meaningful market share very quickly, and it gives access to a lot of information, a lot of know-how and skill and experience about that market. Without doing that, it's very difficult to get into the market. So if one partners like that, it does two things. One is it gives you speed and scale in the market. The other thing it does, which is very important, is it reduces the risk of your market entry. Because you have that local know-how, you can go into the market with much less risk. The key challenge is how to choose that partner, and that's a very complicated issue, but there are things one can do to make that more successful. もう一つは、日本の企業の中で、グリーンフィールドで一から現地で自力でやろうとしている会社がよく見受けられます。グリーンフィールドからやると時間もかかりますし、非常に最終的に小さなマーケットシェアで終わってしまうことがほとんどです。なので、現地をよく知っているローカルパートナーを見つけることが、一番成功の、近道だと思います。で、現地のパートナーはどうやってマーケットにアクセスすればいいのか、現地のノウハウとあと人材等もよく分かっています。なので現地のパートナーを、見つけるのがいいと思います。そこで問題になるのが、現地のパートナーをどのようにして見つけるのかが重要だということだと思います。現地のパートナーを見つけるとスピードも上がりますし、ビジネスの最終的にはスケールを速くすることができ、マーケットでのプレゼンスを高めることができると思います。ありがとうございます。多分皆さんのお話にある程度共通してきたのが、それこそ人が大事だったりとか、まさにパートナーが大事っていう話が一つあったのかなと思います。でちょっとそこを実際にちょっと深く聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあまず中野さん、それこそ B-BOX 行かれて、既存のチームがあったりとか経営陣がいて、ローカルのチーム、それこそいろんな国またいでたと思うんですけど、そのコミュニケーションの取り方とか、彼らとの信頼の勝ち取り方というか、その辺ってどうでした？私自身がって感じですかね。確かに、国もまたがってましたし、それこそダイバーシティの塊みたいでしたね。ですからどうだろうな、ちょっと本社とかその各オペレーションを含めて、本社で300人、オペレーションを含めて2000人ぐらいいましたけど、本社の300人でも国籍40ぐらいあるとかですね、そういう感じなんですよね。であとは10カ国ってなってくると、国も違うとなると、もう同じベースで話すっていうことなんてうまく、要は例えば私の考えで日本人として普通だからっていう、もうそんなとこじゃないんですよね。だからもうベースは全然違うと、ダイバーシティがあるのがスタートと、違いがあるのが普通と言ったまずスタンスで臨んだっていうのが最初ですね。結果それは良かったと思ってますし、でその上でやっぱりお互いが分かり合えるって、やっぱりコミュニケーション取らないと分からないので。もちろん会議だなんだって言えばコロナの時期も重なってましたけど、リモートでっていう機会は多かったですが、やっぱり個々で会えればフェイス2フェイスで会えないとしても個々で電話なのかチャットなのか、そういうのを通してやっぱりコミュニケーションの頻度を上げて、
もともとベースが違う人たちのギャップを合わせてっていう、そこはかなり意識してやったかなと、で機能したかなと思ってます。それなんかケニアの方とかとどういうなんですかね、オフラインでのコミュニケーションってどんな感じで取られてるんですか？難しい質問かもしれない。いや基本、ちょっとですね、私ももうすぐ50ぐらいの世代なんで、その世代の方はなんか共感してもらうかもしれない。やっぱり昔のコミュニケーションが飲みニュケーションとかですね、飲みに行くとか食事を一緒にするとか、非常に何でしょう、プリミティブですけど、やっぱりそれは非常にワークしたなと思っています。あとは当たり前ですけど、私の場合ケニアのスタッフは物理的にも同じオフィスにはいたのもあるので、やっぱりちょっと声かけるとかですね、当たり前のことですけど、やっぱりそういったことが結構機能したなと思っています。ありがとうございます。ちょっと羽生さんにも、聞いていきたいなと。それこそなんかスカイライトさん事業を立ち上げるときって、まさに人を見て、人を起点に事業を作っていくって話だったと思うんですけど、なんかそれだけ多分いろんな地域国で事業をやりたいっていう人がこのスカイライトの社内から出てくるっていうのがなんか結構特徴的というか、なんかそういう文化がおそらくあるんだろうなと思ってるんですけど、そのあたりってどういうことをなんか意識されてるのか。そうですね、そういう人を採用しているっていう意識は実はあんまりないんですね。ただ、我々、コンサルタントとして採用するっていうのも年間何十人かずつはやってきていて、その中で、コンサルタントはすごい分析してアドバイスするだけだとなかなか価値が出ないよねっていうのが我々のコンサルティングの考え方なので、実際に学生時代なり、社会人になっていれば前職なりで、なんか自分で発案して周りを巻き込んで何かやった経験ありますかっていうのは割と聞くようにしていて、こういう関わり方をしてやります、サークルでこうでしたあれでしたっていう人間をなるべく取るようにしてるんですね。なので何かあればそういうふうに進んでやれるっていう、マインドセットを持っているっていうのは、割とベースにあるのかなと思ってます。で、社内の文化の作り方として、新しいことをやりたいと思ったら言い出してやっていいんだっていう肯定されている状態っていうのは雰囲気として作るっていうのはすごい意識をしていて、なので率先して私もこういうのやりたいんだけどって言って周りを巻き込んで、周りの人にやってもらう。でそこをなんかやりっぱなしじゃなくて私も直接その関与してやるっていうことを示すことで、この会社にいるとそういうの言い出しやっていいんだっていうカルチャーになってきてるのかなと思っていて、そこはすごく意識しているところですね。でそれがたまたま外国でこういうことをやりたいって人間だと、今回ケニアでやったようなケースになるし、今、実はちょっとアフリカと離れるんですけど、スペインとかヨーロッパでやりたいって人間が今度こういうのやろうとか、あとベトナムでコンサルティング拠点作ったんですけど、それも東南アジアでやりたいって人間が出てきて、でそこをサポートしていって、単にでもお金だけ出すじゃなくてちゃんと事業性があるのかは見て、立ち上げには準備かけてやっていきましょうっていう、そういうやり方をしています。でそういう事例が出てくるとまたやってもいいんだっていう肯定感がまた出てくるので、いい循環になってんじゃないかなと思います。面白いですね。なんかそれこそボトムアップで上がってくるけど、実はそのトップダウンとかその羽生さんの許容の範囲によってやっぱそのバランスがすごい保たれてるみたいな。そうですね、これ下から上がってくるのを待つだけだとこれダメだっていうのに、何年ぐらいかな、スカイライトコンサルティング始めた2000年なんですけど、数年経った時にまず気づいて、逆にそれまではすごく、行ってきてよ、それ言ったら検討するからっていうスタンスで、私会社のトップなんで、そういうスタンスでいたんですけど、でそれはなんかすごくやりたいことあるんでしょ、そこを尊重するよっていうふうにこっちからしたらそういうなんだろうな、受け入れる態度を示してたつもりなんですけども、なんかメンバーからしてみると、いや上がなんかそう言うけど上何やりたいか分かんないんだよって言われちゃったわけです。でそこでハッと気づいて、いや僕自身もこの会社のメンバーなんだからこういうことを言い出してやりたいんだけどって言って巻き込んでってやるっていうことを示したとかいいんじゃないかなと思ったらいい循環になっていったって、そういうふうに会社の中で少しカルチャーチェンジは意識したというところありますね。ありがとうございます。じゃあちょっと坂野さんにも聞いていきたいんですけど、まさになんか一人今うちのメンバーとしてもジョインしてやってくれてる人とかもいるんですけど、なんかメディシャさんとしても多分その社内からなんですかね、新しいイントレプレーナーというか、起業家を作っていくっていう活動結構力入れられてるのかなと思うんですけど、なんかその辺の活動とかもちょっと聞かせていただいてもいいですか。はい、
りがとうございます。そうですね、社内から、ボトムアップなんですけれども、やろうとしているのは一つは、アイデアコンテストとかをやっててですね、で社内でアイデアを集めて、そのコンテスト形式で新規事業を立ち上げようということをやっていたりします。あとはですね、今出向して、やってもらってますけれども、実際にそのファンドを業務の中で通じたスタートアップさんを見聞きをしながら、その中からその当社に合ったスタートアップっていうところをこう探してってですね、で一緒に何かできないかっていう協業プランっていうのを考えていくっていうようなこともやっていてですね、今は一人ですけれども、その一人の力で、今度社内に戻ってきた時にですね、周りを巻き込んで、こう周りにもこうスタートアップとのその付き合い方とか、あと事業の立ち上げ方っていったところをですね、こうどんどん広げていってもらいたいなと思って、そういう波及効果を狙って今一人ちょっとお世話になっているというような感じですね。ありがとうございます。ちょっと最後ビノイさんにもちょっとお伺いしたいんですけど、さっきこのパートナーがすごく重要だっていう話をされていて、でそれこそビノイさんだとこうスタートアップだけじゃなくてこう現地の大企業とかと、日本の大手の企業とのリレーションだったりとか、そういうところもサポートされていたりすると思うんですけど、こう日本企業がこうアフリカ行った時にどうやってパートナー見つけたらいいですか？We tend to work more with larger scale established companies because we find that foreign companies wanting to come into Africa often want to come in at scale. They want to partner with somebody that has got an established business with meaningful market share to help them get a foothold in the market. I think when looking for these sorts of partners, it's very important to do a thorough evaluation. And that evaluation has two parts to it. One is the business, how good the business is, how connected the business is to what you want to do in that market. The other is the culture of the company. Now, most established businesses are family businesses, and the culture of the business is a reflection of the culture of the family that owns that business. And really understanding that, understanding what they want. Are they long-term? Are they short-term? Do they really want a partnership or do they just want money? I think these kinds of slightly subtle points are very important to understand. One of the problems is in a market like Africa, it's very difficult to get this information. And that's one of the things we do as advisors, is actually have access to information on companies so we can do an evaluation. But with a good evaluation, you can find very good, very long-term partners. But without that, you can find inappropriate partners who will actually stop the business from succeeding. 我々は今おっしゃっていただいた通り、特に日本の大きな企業から依頼を受けて、現地で事業をやりたいというアドバイスをすることが多いです。でその場合はやはりある程度のスケールを最初から狙っていくので、現地もそれなりのエスタブリッシュした会社のパートナーを選ぶことが必要になってきます。でそこでどのよう何を見て、現地のパートナーを評価するのかというのが非常に重要になります。で一つは通常皆さんがやるようなビジネスの評価です。でもう一つはその企業のカルチャーの分析が非常に重要です。その日本の企業とのカルチャーのフィットを見ることが非常に重要です。で現地の企業のほとんどはファミリーが所有しているビジネスなので、そのファミリーのカルチャーがどういうファミリーの人たちなのかっていうことが大きくその企業のカルチャーにも反映されます。でそのファミリーをよく理解することが非常に重要で、何を彼らがやりたいと思っているのか、一緒にやろうとしているのはタイムラインは何なのか、何を尊重して何を重要だと思っているのかを理解することが非常に重要です。でただこれらの情報はアフリカでは非常に入手することが非常に難しいので、そこでその入手するために、我々のようなアドバイザーを使ったり、現地の信頼できる人を通してやるのがいいと思っております。ありがとうございます。はい、はい、
ということでそろそろお時間になってきたんですけど、ちょっと最後にですね一言皆さんからいただければなと思います。でちょっと多分いろいろアフリカで活動されてきてそれこそ日本企業が、アフリカだからこそ活かせる強みだったりとか、アフリカで今後チャレンジしていく、意気込みだったりとか一言ずつちょっと最後にいただければなと思いますので、そしたらじゃあ中野さんからまたお願いします。はい、大きく2つあるかなと思いますけど、1つは、その日本っていうそのものってことです。言い方じゃタイムマシン系みたいな言い方になるのかもしれませんけども、日本で当たり前のことっていうことがまだ向こうで当たり前じゃないってことは結構多い。逆にリープフロークスで向こうは抜いちゃってるのもありますけれども、やっぱその日本そのものが持っててって当たり前のことを向こうでやると途端に生活が良くなるとか途端に広がるっていう、そもそもそういう一般論があるかなっていうのが1つ目ですね。で2つ目は弊社の場合メーカーじゃないですけれども、分かりやすいようなメーカーさん、名電車みたいなケースでいけば、やっぱり日本のプロダクトってそれは優れてますし、サービスも優れてると思います。そういったものっていうのはアフリカの方でそこまでのそのスペックを求められないかもしれませんけれども、すでにそういうもう向こうからすれば日本ってよく分かんないけどすごい何でもいい国、人もいい、品質もいいという非常にいいイメージがあるので、実際そういうのを持ってるわけですから、それを向こうに持っていくっていうのは日本企業の強みかなと思っています。これは一般ですね。ちょっと弊社の場合ちょっと3つ目みたいな話ですけども、またはそのもともと持っているその仕事の関係、あるいはパートナーさん、これがアフリカに持っていくとまた広がると、そういうのもあるかな。大きく2つ、おまけに1つという感じです。ありがとうございます。じゃあ続いて羽生さんお願いします。そうですね、日本企業というより日本人としての強みの面を少しお話しさせていただくと、ちょっとまずブラジルの話からしちゃうと、2002年で世界一になったエジミウソンがなんで日本人の我々とパートナーになるのかっていうのを直接聞いたことがあるんですよね。そしたら日本人はすごく真面目だし、で彼自身日本との接点があってそれをすごく認識していて、すごくよくしてくれるし信頼できる相手なんだってことをすごく強調していて、で裏切らないし嘘つかないし約束守るしちゃんとするしって、これすごいことだと思うんですよ。日本人にとっては当たり前、今言ったことは当たり前で、ビジネスで約束したらちゃんとやることだし、嘘つかないっていうのはもう幼い頃から刷り込まれていることだし当たり前なんですけど、決して、そうじゃないっていうことが世界中見るとあるのかなと思ってます。でそれなので、すごく堅物で融通きかなくてって思われるじゃないかって恐れはあるんですけど、意外と日本人って何か変化があった時にそれを受容して変わるっていうことって歴史見るとすごいやってるんですよね。なのでそういうののアダプトしていく力、そしてこうだと思うことをちゃんとやっていく力っていうのは日本人として持っていると、教育とか文化とか含めて持っているわけなので、それをちゃんと相手が何を求めるのか、これで何を実現していくのかっていうのを考えてやっていけば、相手にとってもプラス、自分たちにとってもプラス、そういう形ができるんじゃないかなと私は思っていて、そこは臆せず出していくべきなんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。じゃあ続いて坂野さんお願いします。はい、ですね、当社の方はですね、まだこれからアフリカに進出しようとしているところなので、まだまだなんですけれども、すでに今までの実績で言えば東南アジアですとか中国、アメリカといったところには進出したことはありまして、で、そこの実績の踏まえた、これからの製品作りっていうところもやっていかなきゃいけないと思いつつも、そのまま日本の製品をですねアフリカに届けて使えるものかと、私もそれは十分分かっておりますので、現地の方とですねやっぱり人と人の対話、ここを大事にして、どういった製品やサービスが現地の人に受け入れてもらえるのか、でまた当社としてやっていきたいことっていうところがどういうところで街にするのかっていうところを、これから、模索していきたいなというふうに思っています。最後ビノイさんお願いします。Thank you. I think there are a couple of very important ways in which Japanese companies would distinguish themselves as partners for African businesses.
One is that they're very long-term and relationship-orientated. And what that means is when they partner with a company, they're not looking only at what they can get from the partnership. They're looking at how they can build together for a good future together. And we don't find that with companies from many other countries. So I think that's a very important point. The second point is Japanese companies, after they invest, they look at how they can add value in different ways to the companies in which they invest. And again, I think that is a huge differentiator for a company in Africa to have a Japanese company partnering with them, maybe investing in them, and bringing capabilities and value addition can be absolutely transformational for the African business. We've seen something very similar happening in India with Japanese investment transforming businesses, and we're hoping to see something similar happening in the future in Africa as well. 日本人の差別化として一つは、ロングタームでものを見ることで、何か一緒に作り上げようとする気質、これが挙げられると思います。これは他の国の、企業には日本人は当たり前ですけども、なかなかない、ポイントかもしれません。であとはですね、例えば投資をした後、その後に一緒に何を作り上げられるのか、何がバリューアッドなのか、そして会社の在り方自体を変えることができる、これが日本の企業の強みだと思います。でこれはアフリカの企業にとって非常に大きなことで、我々のマーケットであるもう一つのマーケットインドでも、これは過去に、たくさん起こって日本の、パートナーを好んでいるということが我々はウィットネスしました。はい、ありがとうございます。はい、というところですね、このセッション本当に日本企業だったり、本当になんですかね、日本企業がアフリカで進出するにあたって、やっぱり本当に一言で言っても、いろんなやり方、全然違うやり方があるっていうのを皆さんに共有させていただきたかなと思います。で面白かったのはやっぱり共通するのはやっぱ人だったりとかパートナー、情報を整理するとこ、この辺がすごくやっぱり重要だし、でかつそれこそ今、僕もアフリカに行ってすごく感じるのが欧米、中国、インド、たくさんアフリカ進出してきている中で、なんか日本がこのままやっぱ遅れていってしまうんじゃないかみたいな不安を日々、感じているようなものだったんですけど、それでもやっぱり日本企業だから日本人だから活かせるっていう点も皆さんから共有いただきすごく面白いセッションだったなと思います。はい、というところでこのセッション以上になります。皆さん拍手で、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次のセッションですね、2時半から物流、モビリティ、特化したセッション開始しますので、よろしくお願いします。なんだNyenga enduna tusuburu anjari mbapiko ibo makisumo Maero mado chai mukinyi gi family na Gijo dagi nyithinda dek kan nyithinda dek aero tero nyathina e school gokinyi pile nikech wanyiero watugo wajok but aero gi te kendo amor ka nyithinda kamoro achiel ochiemo kamoro. We at Honda Trading have developed and expanded our business while staying close to the issues of our customers. In recent years, the environment surrounding us is changing greatly, including the ever more complex global economy and diversifying customer needs. Honda Trading is working in various business areas for the success of our customers by grasping these changes with certainty. Honda Trading develops comprehensive solutions to respond quickly to business environment changes and customer needs. Utilizing our global network, we provide support from the preparation stage for customers' overseas expansion, from support for market research to general support for procurement and supply.
Furthermore, we verify various information and propose new business models to help the business that customers' vision take shape. We not only supply production equipment, dies, and molds to various manufacturers' plants, but also make the most of our global network to coordinate everything from surveys of overseas expansion to procurement, transportation, installation work, and maintenance in order to execute the requests of customers based on our highly specialized knowledge. The raw materials used by each manufacturer change in accordance with the trends of the times. Utilizing our thorough understanding of the market, we are able to procure and supply optimum raw materials, including light metals, steel, plastics and resin, and platinum group metals, with speed and consideration for our customers' costs. In addition, the Honda Trading Group also manufactures aluminum and processes steel so we can respond more flexibly. We procure and supply the parts used in automobiles, motorcycles, and power product engines from around the world, coordinating business quickly and precisely. As with raw materials, we use our vast global network to provide optimal services to customers in the supply of these parts too. Honda Trading also undertakes wholesale sales of Honda products. Based in Romania, we supply automobiles, motorcycles, replacement parts and accessories, and support local dealers' activities. We are involved in the creation of a recycling-oriented society through the development of recycling business models for resources, such as the lead batteries discharged from end-of-life vehicles, and by providing consulting services on the waste materials generated at automobile dealers as a Honda Group. We support the realization of our customers' business by using the global logistics know-how and expertise we have cultivated over many years in the industry to propose optimal logistics solutions for each project and respond flexibly to unexpected situations. And through creative and effective commercial activities, we will continue to innovate the future. We strive to be a company that realizes customers' business dreams beyond the trading company framework. Honda Trading. Create with us.こんにちは、エジミウソンです。スカイライトのアンバサダーを務めています。またスカイライトと共同して2019年にブラジルのサンパウロ州でサッカークラブを立ち上げ、世界的な選手育成を行っています。エジミウソン・モラエス元サッカー選手。2002年サッカーワールドカップにてブラジル代表の一員として世界一に。FC バルセロナでもウェハチャンピオンズリーグで優勝。選手時代から今日まで故郷のブラジル・サンパウロ州タクアリチェンガを本拠地とするエジミウソン財団を通じて社会貢献を推進。2019年6月にサンパウロ州サンタナ・デ・パルナイーバ市に世界的な選手育成を目指すサッカークラブ FC スカブラジルをスカイライトコンサルティングと共同で設立し、代表としてリーダーシップを発揮しています。スカイライトではグローバルオープンイノベーションを推進しています。それには大きく2つあります。一つにはさまざまなプレイヤーと協力しながらスカイライト自らが海外に投資し、新規事業に取り組んでいることです。立ち上がった事業を生かして皆さんとコラボレーションすることを視野に入れています。もう一つは顧客企業に向けた支援サービスです。ではスカイライトの海外での新規事業を3つご紹介しましょう。ケニア、ブラジル、インドの各事業です。アンカーライトケニア。ケニアをはじめとする新興国ではバイクでのタクシーや配送サービスが行われています。
そうしたバイクライダーの多くは個人事業主、いわゆるインフォーマルセクターに属する労働者であるため、これまでレンタルやローンといった金融サービスの利用は難しい状況でした。そこでアンカーライトケニアでは新しいタイプのレンタル事業を展開。ライダーにチームを作ってもらい、共同でバイクをレンタル。一定のレンタル期間が経過するとバイクは自分たちのものになる、いわゆるレントトゥーオウン型のレンタルサービスを提供しています。FC スカブラジル。スカイライトは元サッカーブラジル代表のエジミウソン氏と共同で2019年にブラジル・サンパウロ州に育成型のサッカークラブ FC スカブラジルを発足。ブラジル全土から有望な若手選手がクラブの施設で生活し、日々トレーニングを積んでいます。クラブの理念やビジョンを定め、エジミウソンの経験とヨーロッパのコーチングスクールの考え方をもとにした育成メソッド FC スカメソッドを作成し、10代前半から一貫した育成を進めています。また一流の選手になるには心の成長も必要との考えから、元選手からのレクチャーを行い、動画解析など最新のテクノロジーも活用しています。本クラブから世界的な選手が輩出されることを目指しており、すでに数名の選手がブラジルのビッグクラブや欧州クラブへの移籍も実現しています。ミラキン。インドのジュエリー市場は製造と販売が分かれ、作られたものを店に並べて売るスタイルであったため、簡単なカスタマイズも難しい構造となっていました。ミラキンでは CAD や 3D プリンターを用いることで可能となった新しいデザインのジュエリーをカスタマイズ可能な形で製造販売しています。社会構造の変化とともに若い女性層の購買力は向上しており、ミラキンブランドのジュエリーが受け入れられ始めています。スカイライトコンサルティングでは自社事業とのコラボレーションに加え、クライアント向けのサービスを提供しています。海外の調査・ソーシング、アクセラレータープログラムの運営受託、イベントの開催受託、クライアントとパートナー企業とで構築する新規事業の企画や立ち上げなど、コンサルティングとベンチャー投資、自社の海外事業の経験を生かしたサービスです。スカイライトとともに世界で新しいビジネスをスタートさせましょう。誰かのために電気を動詞になれ。名電車。電気を照らせ。誰かを支えるために電気を動詞になれ。名電車。 Quality connecting the next.
So now, from what are the key success factors in the automotive industry in Africa to the challenges in logistics that are unique in Africa, Session 4 will be very interesting for anyone who wants to learn more about the topic of logistics and mobility. Papama will be moderating this session. Please welcome Papama. Hi everybody, once again, Papama here. So yes, we've come to the fourth panel discussion for today, and it'll be focusing on logistics and mobility. So essentially there's two components to this whole discussion. It's about how goods are transported and how people travel across Africa and the MENA region. So according to the latest report by global and Pan-African venture capital firm, Partech, the logistics and mobility sectors attracted 8% of the total equity investments made into tech startups in Africa in 2022, which equates to about $370 million. Now, today, more than ever, logistics and mobility are a critical enabler of trade, commerce, and economic growth, and they prove to be the backbone infrastructure that underpins global supply chains. The 5 companies that will be speaking to us in this panel discussion collectively have operations in 5 countries across Africa and the MENA region and have raised more than $90 million in venture capital funding. So with that said, I warmly welcome my panelists, starting with Mohamed Ezzat, who's the co-founder and CEO of Bosta. And second on stage, I'll call upon Omar Hagras, the co-founder and CEO of Trailer. And thirdly, I welcome Mikhail Ganja, the Chief Commercial Officer of Rome Electric. And then also joining us via Zoom from Lagos is Oluka Sun, who's the co-founder and CEO of Maker Auto. I'm not sure if he's joining us. Is he here? There he is. Hi, Sakun, can you hear us? Yes, I can. Thanks for having me. Fantastic. Welcome. All right, so without further ado, we'll start with Mohamed to tell us more about Bosta. Take it away. First of all, I would like to thank Takuma, Papama, and the Uncovered Fund team for bringing all of this together and meeting all of you guys. My name is Mohamed Ezzat, and I'm the CEO and co-founder of Bosta. As you can see in the picture, Bosta is a technology-driven logistics company that provide last mile and fulfillment services for e-commerce businesses in Egypt and in Saudi, and especially we focus on Africa and the MENA region. And we are based in Cairo. As you can see the flag here, and this is a picture from downtown in Egypt. We mainly focus on small e-commerce in Egypt because in our region, 70% of the e-commerce is with people selling on social media. Yes, it's true. Not with Amazon, not with Jumia, not with Alibaba. It is on platforms like Facebook, Instagram, TikTok, and WhatsApp. So social media is where the action is for e-commerce. So social media sellers, they can create stores, they can communicate directly with their customers, and they can raise awareness of their own brands, and for them, this is the safe haven where they can compete with big players. And this is where we focus on, and we love these types of customer. We empower them, we enable them, we help them with their online presence, and we provide them with
the Amazon-like operations so they can compete with big players. I'm proud to say that we are the biggest player in Egypt. We are the market leader. We serve more than 6,000 businesses daily. We deliver more than 50,000 packages per day, and to date we delivered more than 15 million parcels. Thank you. Thank you, Mohammed. Omar, over to you. Sure. We'll see how this works. Yeah, there we go. Perfect. Okay, so first of all, again, echoing what Mohammed said, thanks to the entire Uncovered team for having us here. It's a pleasure to be in Tokyo, and it's a pleasure to be around everyone in this room, so thanks. Very quick introduction on myself. My name is Omar Hagras. I'm the co-founder and CEO of Trella. Previously in my professional career, I worked for Uber. So I've done Uber and Uber Eats across Europe, Middle East, and Africa. I was a launch manager responsible to grow the business particularly in Europe and Africa. And then I launched Trella 4 years ago. So very quickly, Trella is a trucking marketplace that connects between shippers and truck drivers. The shippers in this case are the likes of Coca-Cola, Nestle, Maersk, any company basically that requires businesses to move their goods. And the other side of the marketplace, which are the truck drivers, are mainly independent operators that have the trucks and are looking for demand. This platform matches between the supply and demand, which happens through Trella. We initially started as a trucking marketplace operating in Egypt only. Today we operate in Egypt, Saudi, and UAE. And we have a new offering and a new product that we launched, basically a financing product where we start lending our truck drivers and pay them in advance to solve some of the biggest problems that they're facing. And this product too has been scaling quite fast. So I'll cut it short here, and then I think within the session we'll be able to elaborate more on what we're doing. So I'll hand over to Mikhail. こんにちは、皆さん。名前はマイケルです。よろしくお願いします。日本語少しだけ話します。ごめんなさい。So, my name is Michael. I'm one of the co-founders of Roam and the chief commercial officer. Roam is an electric mobility company designing and developing products for Africa. Today, we focus on products that creates the most value for the end user, gives the best total cost of ownership for the end users, so they can save money. And the two products that we work with today is electric motorcycles and electric buses. Today, we have opened up the East Africa's largest electric mobility assembly plant in Nairobi, where we deploy our motorcycle called the Roam Air. Today we are scaling up and trying to find more clients and suppliers that can support our scale up. And our business model is to work both with the B2C market, with asset finance companies. They cover the cost of the asset and then splits it up over 18 months per day, which allows people to start saving money from day one without having to make any investment in the asset themselves. Now we're here to be able to connect in Tokyo, and very excited to be here. Thank you. Thank you, Mikhail. And finally, we welcome Sakun via Zoom. Hi, Sakun, are you still with us? Yes, I am. Okay, great. The floor is yours. All right. Thanks so much for having me. My name is Shegun Owade, CEO, co-founder at Meko Autotech. At Meko, we're a platform for vehicle maintenance and genuine aftermarket parts distribution. We're solving the problem of fragmented automotive after sales in Africa, starting from Nigeria. Automotive aftermarket, it's a big issue in Africa, and simply because in most markets in Africa, the OEM structure does not exist. For instance,
over 90% of vehicles on Nigerian roads are imported, used, second-hand vehicles imported from US, UAE, and other parts of the world. So basically, it means that the OEM structure does not exist. And with this, the after-sales market is highly fragmented. You have a different segment of the market bringing these used cars into the market. You have a different segment of the market bringing spare parts. You have a different segment of the market engaged in repairs and maintenance. So for a typical vehicle owner to find the right mechanic to repair or maintain their vehicle is a big problem. And then to get spare parts, replacement parts in the market is a big, big problem. So the bunch of the people engaged in these services are a bunch of small informal sector people. And then they are faced with all sort of issues around, subscaled businesses. So what MECO is doing is to help these spare parts vendors to source spare parts, directly with aftermarket parts manufacturers, and then feed this spare parts inventory to these people so that the market can have affordable and quality spare parts. So we have a second part of the business, which is software as a service. This is where we're building software products for the key stakeholders in the after-sales market. This is the workshop owners. We're giving them tools to manage their customer data, to organize their data, their customer endeavors, and then also to buy spare parts from part vendors. We're also building software products for fleet owners to manage their vehicle data, stuff like maintenance scheduling, keeping log of maintenance history and all of that. And then we're also helping spare part vendors with a software product to manage their sales and inventory data, and also to source working capital financing. So the whole essence of this software business is to enable us to build up demand for spare parts from bottom up, and then build a moat, around the business. So that's basically what MECO is all about. Thank you. Thank you, Sakun. Thank you. And thank you to all our panelists. Welcome. So I think to kick off this conversation, we can start with logistics, so the movement of goods. So gentlemen, what would you say are the key success factors in the logistics space in the markets that you operate in? So what are the key success factors, and how do they change depending on the different geographies you operate in and depending on where you sit in the supply chain? So perhaps you can start with first mile. So I think when you want to look at the key success factors, you want to first tackle the problems, and what are the biggest challenges in logistics that a lot of us are facing. Just maybe to put things in perspective, the costs of moving goods in Africa are 2 to 4 times more expensive than it is in Japan and Europe. A lot of people would actually think that it's cheap to move your goods in Africa, but reality is there's very poor infrastructure. Maybe poor is not the right word. There is subpar infrastructure that still needs to develop, or underdeveloped infrastructure. There are a lot of border issues between countries that are still not fully automated, like it is, for example, in Europe or in the GCC, that automatically makes it very expensive to move the goods. So one of the most important success factors for us is, if we were moving loads from point A to point B at $100 2 years ago, and we're moving this load from point A to point B with $90 today, that's actually a big way for us to look at success. And the way we do that is through reducing as much as possible the dead miles. So if you go from point A to point B, you want to make sure that a lot of these vehicles come back from point B to point A with a load. And the caveat here is that they need to find this load quickly. You don't want to keep them waiting for 1 or 2 or 3 days until they find another load to move back. So
reducing dead miles, reducing idle time as well so that they can get a load, and increasing backhauls are some of the most important metrics we're doing. Our objective and our mission is to reduce the costs of moving goods in Africa and the Middle East. And so far we're taking baby steps towards that mission, but this also reflects on our unit economics. So I think almost a year ago our unit economics were not as profitable and as good as they look today. So this not only these success metrics not only reflect into the industry, but also reflect into how the business is operating. So I'll also let Izzat maybe to add a few notes here. So actually for us, one of the main success factors and actually what drives us, our decision for investment and expansion is the growth of the e-commerce market. So as an example, Africa, e-commerce market is still at 2.5% versus retail. Compare this to India. India is at 15%. Europe is at 17%. United States at 27%. So if you look the way for Africa, we have still like 10 to 20 years of growth, like 10 or 20 times at least for the next 10 years. The second point is the population and the percentage of youth in this population. Africa has the biggest percentage of youth in the world. The third thing is the internet penetration, which is also the biggest market when it comes to internet penetration growth. And the internet growth makes it easier for customers to access online stores and buy online. So this is actually the three things that tell us that you need to expand to this market, and this is why for us Africa is the best place for now. Great. I'd like to pose the same question as well to the mobility sector. So Mikhail, from your point of view in building Rome Electric, what are the problems that you're trying to solve exactly, and how do you measure your success? Yeah. I want to repeat what Omar said about transport in Africa is quite expensive. And I think there's many ways to work on that. Rome is trying to work on the actual hardware and on the product side. And I think the most important thing for this to be able to scale in Africa is to focus on products that are made for the market in Kenya and in Africa. So instead of only importing something that isn't really made for the market, because there's different use cases, we've taken an approach to design and develop something from scratch that actually fits the use case in these markets. So I think that local product market fit has been very important to measure success for e-mobility. And then, as I mentioned as well in my intro, that asset finance companies that are willing to bridge the gap between a slightly more expensive asset that saves people money long term has been very important. And we continue to expand our collaborations and partners in that space. So I would say that local product market fit and the asset finance collaborations has been very important for us to be able to scale. Great. And so Gun, perhaps your point of view on the after-sales market, what problems exist there and how are you guys solving them at Maker Auto? All right, thanks a lot. Like I mentioned earlier on during my intro, Nigeria, as an example, it's a used cars market. Over 90% of the cars on Nigerian roads are used cars. And what that means is getting spare parts, into the market, basically come from abroad, basically because there's little to no manufacturing, going on in Nigeria. So the approach we're taking here is to coordinate the informal sector people who basically dominate this market today, and then by helping them, getting around all these subscale issues by working directly with aftermarket parts manufacturers to ensure that quality and affordable spare parts are available in the market. And then if you also think about the way this informal sector people coordinate their business today,
right? So there's little to nothing going on in the aspect of these guys having the right access to software to manage their business properly. And this is what Meko is providing to these guys today, so that these guys are very experienced. Some of them have been into this business for 20, 30 years. They have their distribution channels. In most cases, they have their customers, but what they don't have is the access to the right inventory or stock and financing to support their business. And this is what Meko puts together to support these people in ensuring that they succeed, and then also Meko succeeds as a business. So the last point I want to make is this is a huge market opportunity in Nigeria and Africa as a whole. If you look at the automotive aftermarket sales industry in Nigeria, so there are 12 million registered vehicles in Nigeria today, and like I said, over 90% of these are imported used cars or vehicles, right? Each of these guys spend an average of $650, per year on repairs and maintenance, right? And that gives about $8 billion market opportunity in Nigeria alone, right? And then the split between of this 8 billion into replacement parts and service charge is 80-20, which means about $6 billion thereabout of this is spent on spare parts alone. And then 100% of these, almost 100% of this is aftermarket parts, because to start with, these are used cars. So it's a huge market opportunity that Meko is taking on. Thank you. Thank you. Okay, I just want to double click on the after sales market. So as you know, the African market is very price sensitive, right? To the point whereby many consumers will end up buying second-hand parts and even fake counterfeit parts for their automobiles. So how do you guys in particular handle that situation? So maybe with you, Sekun. Yes, that's that's very correct. And then it's one of the issues around having this market dominated by this small unorganized informal sector guys. So these guys would typically go to China to bring in all sort of fake substandard products, right, into the market, right? And talking to your point around price sensitivity, it is very true. So what happens is the market is broadly segmented into the fleet owners. I'm sure my other colleagues on the panel would easily relate with this point. So you have the fleet owners. These are the guys that basically use their assets for logistics business, for mass transit and the rest of it. So over time, these guys have learned that it's actually unprofitable and not sustainable for them to rely on fake substandard spare parts, right? And then so they would basically be looking to buy something that is affordable and then sustainable over time. But you have a small chunk of the market who are like, in most cases, they are the retailers who would basically prefer to go for something substandard just because of pricing. But what we're beginning to see in the market is, if you are able to get the right products into the market and that is affordable, so the market is willing to accept this, which is one of the reasons why Meko is working directly with these aftermarket parts manufacturers and trading companies who have built relationships, with these parts manufacturers to ensure that we're able to bring quality and affordable products into the market. Great. Thank you. And Mikhail, what's your experience like with the EV market? Yeah, I think this is super interesting, and I believe many panelists here could actually work together quite soon. And I think what Segun is doing is quite interesting for the e-mobility space. Rome tackled this problem from a slightly different angle. Instead of trying to ensure that all the parts are always Rome parts, we actually make the bike compatible with local spare parts. So our bike comes with the Rome genuine parts, but they're actually compatible with other types of brands as well.
which means that we don't have to reinvent the whole after-sales market, and we take more ownership of battery, motor, and drivetrain. So I think to combine the effort from Mecca and Rome and make sure that there can be more genuine parts out there, I think it's generally very good. But we also don't want to fight the market and the current structure, and it's important to be able to integrate to that market very easily. So that was our approach at Rome. Just expand a little bit more, Mikhail. So just given your global experiences and observations, how would you assess the adoption of electric vehicles in emerging markets, particularly in Africa, right? And what policies and procedures and principles can we, as Africans, take from other countries that are more developed and apply it to Africa, if we can? Yeah. So the short answer to this is that EV is happening this year. It's been a lot of conversations in Africa for quite some time, and Rome has been in the market for 5 years. So when we came in 2017, there were nothing on the market at all. And today there's around 1,000, 2,000 motorcycles on the market, of around 300 of them are Rome. And within the next year, we actually project to do thousands and tens of thousands of motorcycles. The reason why the timing is perfect right now is because certain markets like Kenya, they have a very sustainable grid that actually can support the electric mobility infrastructure. And also Kenya and many other African countries are trying to solve unemployment rates and youth unemployment. And the motorcycle industry is actually a very big contributor to figuring out youth employment. So already today there are some support from the government in Kenya when it comes to taxes and incentives. There's a specific electric mobility tariff for buying electricity. So there's a lot of things happening. And today Rome is trying to really scale on that sort of trend that is happening right now. Thanks. Right. And just taking along with the theme, so for Posta and Trailer, how do you see your business models adapting to the increase of electrical vehicles? Okay, so actually we've been, I think Mikhail hinted to it, and I think we've been having these discussions. I think we go back to the mission and the problem we're trying to solve. If you're managing to reduce the costs of moving goods, then this becomes the perfect product for us. I think that the challenge that in the past few years that we've been seeing with EVs is that they've been significantly priced above two problems. One, they're much pricier. So I think it was 30% or 40% at some point. Now things are shifting, as Mikhail mentioned. And then two, you didn't have enough batteries for large trucks. So the batteries worked well for smaller trucks, for maybe motorcycles, but for large trucks, it wasn't necessarily working well. That was 3 to 4 years ago. Fast forward last year and this year, the costs of the battery have reduced significantly. It's still pricier, but I think if you go to a truck driver and tell him, if you use this EV, it's going to cost you maybe 20% more expensive now. However, the running costs are much cheaper than a fuel or diesel fueled truck. Then the value proposition becomes very strong. So the short answer is we are seeing a lot of infrastructure built for EVs now, particularly in Egypt. We are seeing the cost really going down, and we are seeing actually customers now asking us for more sustainable solutions. So if Rome, as an example, comes starts selling their solutions in Egypt at a small premium, however the running costs are much cheaper, I think the transition to EV is going to be much faster than anticipated. So actually, price is the most important thing, and driving the cost, as Omar said, this is the most important thing when it comes to logistics, because at the end, it's all about being more affordable for our customers. We are already doing dry runs now with an Egyptian startup that transforms vehicles, vans, motorbikes, even tricycles from fuel to electricity. So we are already doing this. We want to meet the ESG standards
and being more sustainable. The government in Egypt is supporting this by removing the customs from any imported vehicles that run on electricity. So yes, we believe the future will be more into the EV side. Just also maybe one thing that I think is important to add here, and a lot of the audiences here I think are interested is important for them to know that if for any reason the EVs are not cheaper, then, and I think it's important to emphasize on this because a lot of people take it for granted that if EVs are out there, then everyone should transition to electric vehicles. If for any reason, Africa is a poor continent. People there care a lot more about having lunch or dinner at night than honestly taking care of the environment. And I think people should understand that environment for people who are not able to feed their families comes next, doesn't come number one. So if EVs do not make the transition faster towards a more price competitive solution, the transition is going to be slower. But what we're seeing now, we're seeing a lot of improvement. But this is, I think, is an important thing to clarify because a lot of people take this for granted, in my opinion. Exactly. No, And just to take 1 minute there, sorry, but I 100% agree with this, that the most important driving factor for electric mobility in Africa is going to be the total cost of ownership. If your product does not make end users earn money in the end of the day, you can't sell it. So what we're really trying to do is sort of bridge this gap, because you can import very expensive electric vehicles from the US or from Europe. That doesn't really make sense in the African use case. You can also buy these really cheap scooters that doesn't really fit the use case either. And what we're trying to do is to find that sweet spot between, locally designed, affordable, but that actually saves people money. Today, it's around 20% savings for the end users, which is enough to convert thousands of users. But to reach the tens of thousands or the hundreds of thousands, you need to reach a saving of between 30 to 40%. And this is what we, for example, could do with, of course, the right investments and the scales. So I think we just need a lot more investment in this space to be able to scale it up. But I 100% agree with you guys. Great. I think it's fair to say in the audience there's a lot of people from the automobile industry and logistics industry as well. They'll be very keen to hear from you guys what opportunities exist in the next 5 to 10 years that should get them excited to invest into Africa. So anybody can start on that one. So actually, Bosta's vision in the next decade is focusing more in innovation by integrating technology first, expanding more into Africa and the MENA region, because as I said, e-commerce is still at the beginning, still at 2.5%. So this number will at least go 10 times. And the third thing is offering services that mainly support the growth of e-commerce. Of course, for Japanese investors and corporates, they can leverage their expertise when it comes to technology and especially in the logistics space to help Africa overcome the challenges we have. Because we have a lot of challenges when it comes to, of course, infrastructure, technology, addresses. But again, for me, I'm African, so I'm from Egypt. But the next 10 and 20 years is for Africa. So it is a massive opportunity. In e-commerce alone, it's $150 billion market that is growing at 19% CAGR year over year. This is the fastest growing place in the world. That's it. I think from my side, I'll try to make this as short as possible. But a lot of people usually look at investment in Africa as a very risky endeavor and as a very with unfavorable conditions, but I think my opinion is actually a bit slightly different. I think
startups in Africa and companies in Africa definitely need that constant financial support from international investors. But I also think that international investors have saturated in a lot of markets, and Africa is the one that has the biggest potential out of all continents, without exaggeration. Africa is the most untapped potential, has the biggest youth population, as Izzat mentioned, and we're literally just getting started. So I think investors who come on early on and focus on Africa, they also have a big upside in the next 5 to 10 years. Our vision is to become a fully integrated end-to-end logistics platform. Today we're just doing trucking. Tomorrow we'll be doing ocean freight and air freight. We'll be doing cross borders and domestic, and we'll be doing multiple products, particularly in the financing piece. So as I said, we're just getting started, and I think everyone here also is getting started, and the continent is ripe for investments. Yeah, I'll try to be short here as well, since I know we're a little bit over time. But yeah, I think just the population growth itself speaks for more mobility, both in how people move around with public transport and motorcycles and buses, which is the majority of those trips, but also on the logistics side, and e-commerce is growing extremely fast. So I think the automotive industry in Japan has a lot to offer, and we would love, for example, from Rome to collaborate more on how to prepare maybe a Japanese brand to come into the African continent, to bridge that gap between product and market, but then also to work with funds like Uncovered, which has been really helpful, because they also bridge that gap between larger automotive industries in Japan to smaller startups in Africa, if you could call us that. So we just really want to see more Japanese activity in Africa, and we would like to collaborate and invite more people to come and see what we're doing. So thank you. Great, and Sagun? All right, yeah, thank you. Very quickly, right, I think investing in Africa has a lot of upside potentials. If you think about this from the point of population growth, this is immediately clear on why there's this massive growth potentials coming from the African continent, specifically on the automotive side of things. You look at population, the number of vehicles on the continent to the population, right, is one of the lowest globally. Like, for instance, you have Nigeria with a population of around 220 million, and then with number of vehicles just 12 million. That's like one of the lowest. And then with the rising population of middle class, so there's going to be a lot of growth in this space. And then with a number of guys in the space financing cars, for people. So there's going to be like a huge growth in the number of, car ownerships. And what that would mean is, a massive growth potentials for the automotive after sales as well. So there's a lot of, massive opportunities in this space. And then for us at MECO, as the car ownership increases, so the need for after sales support, which is highly fragmented today. And then, we see this, as an opportunity to collaborate, with aftermarket parts manufacturers. Because, I mean, if we come to think about this genuinely, the level at which, manufacturing of brand new vehicles need to get to is going to take a lot of time, for this to happen. So there's going to be, heavy dependence on, on aftermarket parts. That's not going to be, it's not going to disappear anytime soon. And looking at the problem that the market has today, it's not that people are not doing this. So you have like a bunch of small players, doing their own stuff independently, right? So there's a need for, high level coordination at that level to support these people with the right tools that they need to get the industry moving efficiently, which is what MECO is doing. So we'd like to collaborate with aftermarket parts manufacturers from Japan, the trading companies,
who have access to quality and affordable parts to help feed this into the industry and then support the industry with the right level of coordination. So we're very much open, and I would love to chat with businesses in this space, to keep the industry moving. Thank you. Great, great. And with that said, we conclude this panel discussion, which I thoroughly enjoyed. So yeah, I mean, the movement of people and the movement of goods, that will never end, and Africa is very well positioned to be a dominant player in this space. So thank you to our panelists, Posta, Trella, Rome Electric, and Meko Auto. Really appreciate you guys, and all the best going forward. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, so we'll have a quick 15-minute break, and then we'll come back at 3:30 for our next panel discussion. Thank you. Honda. Nyenga enduna tusuburu anjari mbapiko ibo makisumo. Mayro mado chai mukinyi gi family na. Gijo dagi nyithinda de kan nyithinda de ki. Aero tero nyathina e school gokinyi pile pile. Nikech wanyiero watugo wajok. But aero gite kendo amor ka nyithinda go kamoro achiel chiemo kamoro. We at Honda Trading have developed and expanded our business while staying close to the issues of our customers. In recent years, the environment surrounding us is changing greatly, including the ever more complex global economy and diversifying customer needs. Honda Trading is working in various business areas for the success of our customers by grasping these changes with certainty. Honda Trading develops comprehensive solutions to respond quickly to business environment changes and customer needs. Utilizing our global network, we provide support from the preparation stage for customers' overseas expansion, from support for market research to general support for procurement and supply. Furthermore, we verify various information and propose new business models to help the business that customers' vision take shape. We not only supply production equipment, dies, and molds to various manufacturers' plants, but also make the most of our global network to coordinate everything from surveys of overseas expansion to procurement, transportation, installation work, and maintenance in order to execute the requests of customers based on our highly specialized knowledge. The raw materials used by each manufacturer change in accordance with the trends of the times. Utilizing our thorough understanding of the market, we are able to procure and supply optimum raw materials, including light metals, steel, plastics and resin, and platinum group metals, with speed and consideration for our customers' costs. In addition, the Honda Trading Group also manufactures aluminum and processes steel so we can respond more flexibly. We procure and supply the parts used in automobiles, motorcycles, and power product engines from around the world, coordinating business quickly and precisely. As with raw materials, we use our vast global network to provide optimal services to customers in the supply of these parts too. Honda Trading also undertakes wholesale sales of Honda products. Based in Romania, we supply automobiles, motorcycles, replacement parts and accessories, and support local dealers' activities. We are involved in the creation of a recycling-oriented society through the development of recycling business models for resources, such as the lead batteries discharged from end-of-life vehicles, and by providing consulting services on the waste materials generated at automobile dealers as a Honda Group.
We support the realization of our customers' business by using the global logistics know-how and expertise we have cultivated over many years in the industry to propose optimal logistics solutions for each project and respond flexibly to unexpected situations. And through creative and effective commercial activities, we will continue to innovate the future. We strive to be a company that realizes customers' business dreams beyond the trading company framework. Honda Trading. Create with us.こんにちは、エジミウソンです。スカイライトのアンバサダーを務めています。またスカイライトと共同して2019年にブラジルのサンパウロ州でサッカークラブを立ち上げ、世界的な選手育成を行っています。エジミウソン・モラエス元サッカー選手。2002年サッカーワールドカップにてブラジル代表の一員として世界一に。FC バルセロナでもウェハチャンピオンズリーグで優勝。選手時代から今日まで故郷のブラジル・サンパウロ州タクアリチェンガを本拠地とするエジミウソン財団を通じて社会貢献を推進。2019年6月にサンパウロ州サンタナ・デ・パルナイーバ市に世界的な選手育成を目指すサッカークラブ FC スカブラジルをスカイライトコンサルティングと共同で設立し、代表としてリーダーシップを発揮しています。スカイライトではグローバルオープンイノベーションを推進しています。それには大きく2つあります。1つにはさまざまなプレイヤーと協力しながらスカイライト自らが海外に投資し、新規事業に取り組んでいることです。立ち上がった事業を生かして皆さんとコラボレーションすることを視野に入れています。もう一つは顧客企業に向けた支援サービスです。ではスカイライトの海外での新規事業を3つご紹介しましょう。ケニア、ブラジル、インドの各事業です。アンカーライトケニア。ケニアをはじめとする新興国ではバイクでのタクシーや配送サービスが行われています。そうしたバイクライダーの多くは個人事業主、いわゆるインフォーマルセクターに属する労働者であるため、これまでレンタルやローンといった金融サービスの利用は難しい状況でした。そこでアンカーライトケニアでは新しいタイプのレンタル事業を展開。ライダーにチームを作ってもらい、共同でバイクをレンタル。一定のレンタル期間が経過するとバイクは自分たちのものになる、いわゆるレントトゥーオウン型のレンタルサービスを提供しています。 FC スカブラジル。スカイライトは元サッカーブラジル代表のエジミウソン氏と共同で2019年にブラジル・サンパウロ州に育成型のサッカークラブ FC スカブラジルを発足。ブラジル全土から有望な若手選手がクラブの施設で生活し、日々トレーニングを積んでいます。クラブの理念やビジョンを定め、エジミウソンの経験とヨーロッパのコーチングスクールの考え方をもとにした育成メソッド FC スカメソッドを作成し、10代前半から一貫した育成を進めています。また一流の選手になるには心の成長も必要との考えから、元選手からのレクチャーを行い、動画解析など最新のテクノロジーも活用しています。本クラブから世界的な選手が輩出されることを目指しており、すでに数名の選手がブラジルのビッグクラブや欧州クラブへの移籍も実現しています。ミラキン。インドのジュエリー市場は製造と販売が分かれ、作られたものを店に並べて売るスタイルであったため、簡単なカスタマイズも難しい構造となっていました。ミラキンでは CAD や 3D プリンターを用いることで可能となった
新しいデザインのジュエリーをカスタマイズ可能な形で製造販売しています。社会構造の変化とともに若い女性層の購買力は向上しており、ミラキンブランドのジュエリーが受け入れられ始めています。スカイライトコンサルティングでは自社事業とのコラボレーションに加え、クライアント向けのサービスを提供しています。海外の調査・ソーシング、アクセラレータープログラムの運営受託、イベントの開催受託、クライアントとパートナー企業とで構築する新規事業の企画や立ち上げなど、コンサルティングとベンチャー投資、自社の海外事業の経験を生かしたサービスです。スカイライトとともに世界で新しいビジネスをスタートさせましょう。誰かのために電気を動詞になれ。名電車。電気を照らせ。誰かを支えるために電気を動詞になれ。名電車。 Quality connecting the next.
The remaining 2 sessions will be in Japanese. In this session, we would like to take a bird's eye view of the trends, not only in Africa, but also in the rest of the world. We will invite speakers from VC firms supporting startups in India and Southeast Asia. The 2 other emerging markets to talk about the current state of innovation in each region and the changes that have taken place in each region since COVID-19. Now, let's welcome our speakers and also our moderator on stage. Takuma, the floor is yours. ありがとうございます。このセッションですね、僕が本当に大尊敬するベンチャーキャピタルの大先輩にお越しいただいてます。アフリカだけじゃなくてですね、いわゆる新興市場、インドだったりとか、東南アジアで長年スタートアップ企業、日本から行って支援されているVC の方々にですね、お越しいただいております。実際ここ数年やっぱりスタートアップ業界もいろんな変化があったかなと思うんですけど、各地でどんなことが起こったのかっていうのをちょっと根掘り葉掘り僕も勉強させてもらいたいなと思ってます。そこからアフリカとの比較とかも踏まえながらいろんな学びにつながっていくといいかなと思ってますので、今日スピーカー紹介させていただきます。インキュベートファンドインディアの村上さんです。皆さん拍手でお迎えください。で続いて、マネックスベンチャーズの、和田さんです。で今日オンラインでですね、ご登壇いただいてますジェネシアベンチャーズの、鈴木さんです。どうもよろしくお願いします。はい、というところでですね、ちょっとまず自己紹介をお一人2、3分とかでいただければなと思ってますので、じゃあまず村上さんからお願いします。よろしくお願いします。インキュベートファンドインディアの村上です。私の自己紹介を簡単にさせていただければと思います。大学をアメリカで卒業した後ですね、新卒は野村証券グループの、投資銀行部門に配属になりまして、最初も本当キャリアの最初から、一貫してずっとスタートアップ企業を担当するというキャリアになっています。で最初の6年間は、東京で、本当日本のベンチャー企業で、イケてるベンチャー見つけてきて発掘して上場まで支援するみたいな仕事をしてまして、その後今度野村でニューヨークに赴任になりまして、ニューヨークで今度はアメリカのベンチャー企業を担当するということをしてました。で、ちょっといろんなことが野村のニューヨークにいた時にありまして、一年発起して30歳になったタイミングですかね。で、野村を辞めまして、本当にアメリカの大学時代の友人に呼ばれるがままインドに行って最初の2年間は事業を作るということをやってました。でその後ですね、事業をどうするかっていう局面で、インキュベートファンドって日本で比較的大きいシード特化型のベンチャーキャピタルがあるんですけども、そこの創業メンバーから声をかけられまして、インド向けのファンドをもう別ファンドで作るので、一緒にやらないかということで2016年にインドでファンドを立てて、今まで日本のファンドを回しているという形で、今3本目のファンドも目下レイズ中でして、これからもインドに骨をうずめてですね、インドのベンチャー企業に投資をしていこうと思っているという形でございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてジェネシアの、鈴木さんお願いします。はい、よろしくお願いいたします。聞こえてますかね。はい、大丈夫です。じゃあ自己紹介させていただきます。改めまして、ジェネシアベンチャーズのジェネラルパートナーを務めております、鈴木貴弘と申します。よろしくお願いいたします。で私自身はですね、東南アジア2011年から投資を始めていて、その時はですね、サイバーエージェントグループの投資子会社である今のサイバーエージェントキャピタルという部門に所属していまして、2011年からインドネシアの方に家族含めて移住という形で行って、で6年ほどサイバーエージェントベンチャーズで働かせていただいた後にですね、今ジェネシアベンチャーズ立ち上げの2号ファンドがですね、ジェネラルパートナーとして参画をさせていただいております。で、その前はですね、サイバーエージェントグループで子会社の立ち上げを2社ほどやらせていただいたりという形では、ビジネスディベロップメントだったりとか、新規事業立ち上げみたいなところの経験を持ちながら、東南アジアで有名なところだとトポペディアという、ユニコーン企業になった会社だったりとか、あとコダペイメントっていう、デジタル決済の、ペイメントプラットフォームもですね、初期には心得とさせていただいて、昨年ですかね、2.5 ビリオンなんで、日本円で多分3000億超の、未上場ながらの、そういった評価額がついたような会社の、運よく発掘できたところがあるかなと
っております。で、今日はですね、アフリカもですね、一部、投資もさせていただいてはいるんですけど、わからないことも多いので、僕自身を勉強できればなというふうに思うので、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ最後、マネックスベンチャーズの和田さん、お願いします。マネックスベンチャーズ和田と申します。よろしくお願いします。私は新卒で今でこそスタートアップって言いますけど、当時はベンチャーって言ってる頃で、社員5人しかいない小さな HR 系の会社に入りまして、いわゆるリクルート式の、ビル倒しっていうビルを1階まで登って、そこからピンポンピンポンってして一個一個降りてくるっていうようなドブ板営業を2年ぐらい経験した後に、ニコニコ動画で当時流星を極めていましたドワンゴという会社に入りまして、子会社の上場準備や新規事業の立ち上げなどに従事した後に2010年にマネックスに入りまして、2014年に、今で言うちょっとかっこよく言うと社内企業みたいな形でマネックスベンチャーズを立ち上げまして、今に至っています。で、意外と知られてないこととしては、当社の今ポートフォリオが110社ございまして、これもこういった場でお話しするとびっくりされるものでして、投資先のエリアについても日本のみならずシリコンバレー、東南アジア、アフリカといったところに投資を細々とやっているような VC でございます。寺久保さんとはかなり長いお付き合いになっていまして、当時は案件のご紹介から市場のインサイトをいただくといった形で今までお付き合いをいただいていまして、で今日は私が何か皆さんに役に立つようなことをお話しするというよりは、タカさんと村上さんに皆さんと同じような視点でですね、いろいろ厳しい質問を投げかけて、そうですね、すごいいいインサイトを引き出せるように頑張ってまいりますので、45分ですかね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、なので今日は、はい、僕と和田さんからちょっとお二人にいろいろとちょっと質問させて、はい、いただけたらなと思っております。はい、というところで実際ちょっとこのコロナ禍においても多分結構スタートアップ投資ってかなりやっぱ変化があったのかなと思ってます。アフリカも去年ですと、スタートアップ投資額 6.4 ビリオンぐらいまで、ようやくなってきまして、まだまだ東南アジアとか、インドに比べると多分2017年ぐらいの数字に近いのかなと思うんですけど、本当にこう5年ぐらい先を行ってる、そんな市場からちょっと学びたいなと思ってまして、なんかこの数年でこうインドだったりとか、なんかこう東南アジアでどんなスタートアップのエコシステムに変化が起きたのかみたいな話をちょっとまず聞かせてもらえると嬉しいです。じゃあ村上さんからお願いします。ですね、数年っていう意味で言うと、コロナ前も含まれて、でコロナが来てっていう、で今に至るっていう多分ことだと思うんですけども、コロナ前までの環境でいうと、本当に2021年までは、アメリカも含めてみんなそうだと思う、本当にイケイケで、ベンチャー企業へのも投資金額の流入っていう意味で言っても、もう本当倍々で増えていって、2021年当時が一回ピークになってるんですけども、で年間のスタートアップへの未上場企業へのファンディングの規模でいうと、日本でいうと大体5兆円ぐらいなので、日本が多分2021年が8000億円ぐらいだと思うので、その本当数倍の規模のベンチャー投資がインドに関して言うと行われてましたと。で2021年に起きたことで、多分一番インドのスタートアップエコシステム的に大きかったことっていうと、いわゆるユニコーンとかデカコーンという1000億、1兆円を超えるような時価総額がつくような会社がちゃんとインドの株式市場に IPO をしていったっていうのが、非常に投資家目線でもそうですし、スタートアップのエコシステム的にもすごく大きくて、日本でも有名なペイペイの裏側をやってるペイ TM という決済の会社がインド市場に上場していったり、あとはゾマトってウーバーイーツみたいなフードデリバリーでインドで一番大きい会社、これも1兆円超える時価総額でインドのマーケットに出ていったりという会社が本当1社2社ではなくて、2021年マーケットも良かったので、複数ドドドッと出ていって、ちゃんとインドでいい会社を作るとインドマーケットで上場するところまで持っていけるっていうことが、ちゃんとマザーマーケットでできる、アメリカに行ったり他の市場に出ていくんじゃなくてインドで上場していけるってことが証明されたっていうのは非常に大きな変化で、直近個人的には一番大きな変化だったなというふうに思ってます。で、そんな中でコロナ禍が来まして、で、どうなったかというと、市場から未上場マーケットからでいうと、いわゆるグロースの投資家が突然一気に消えたと。で、世界的にも有名なタイガーグローバルだったり、他のクロスオーバーの投資家もみんな消えていったので、ファンディングの規模でいうと
2021年22年は21年比でいうと 35% ぐらい下がっていると。で、4兆円弱ぐらいですかね、日本円でいうとぐらいの市場になっているので、かなりインパクト大きくて、兆円規模のグロースのファンディングがいきなり消えたっていう状態なので、外の市場から来る影響っていうのはすごく大きくて、僕らのファンドはすごいアーリーステージの、出来たてほやほやの会社に基本は投資をしていくファンドなんですけども、僕らとして本当この1年半ぐらいコロナ禍での大きな変化としては、その僕らが投資した後もしくはその次ぐらいのファンディングっていうのが非常に蘇生しにくくなってるっていうのはもう明確にありますし、グロースの投資家が消えたので、そのインパクトを受けてアーリーステージの投資家もすごく投資金額を絞るようになってきてたり、すごく選別して投資をするようになってきているので、僕らとしてもそこの彼らの目線にしっかり合わせて投資をしていったり、もしくは投資した会社を育てていかないと次の資金調達が非常に厳しくなるっていう状況になっているというのがこの直近1年ぐらいの変化かなと思ってます。本当にもう今まではイケイケどんどんでお金をどんどんつけてバンバンお金燃やして何百億って売り上げを作りに行こうぜってやってた投資家たちが突然この1年半ぐらい急にEBITDA がなんちゃらとかいう話をし始めて、本当にもう初めて多分もう6年以上インドで投資してますけども、本当初めて役員会で EBITDA で単語を聞いたなと思うくらい、もうお前らの辞書にもそんな単語があったのかというぐらい本当に初めてちゃんと収益性とか黒字化みたいなことを意識し始めているので、そこはすごく大きな変化で、ある意味健全な方向に戻ってきたのかなというふうには思いますけども、それが本当この1年2年での大きな変化かなというふうに思ってます。ありがとうございます。ちなみにちょっと和田さんももし聞きたいことあったら全然聞いてほしいんですけど、なんか例えばアフリカスタートアップエコシステムの投資のお金って6割ぐらいアメリカから来てるって言われてるんですけど、インドってどんな感じなんですか？アメリカだけではないですけど、アメリカも比重としてはすごく大きくて、いわゆるトップティアのファンドって言われているセコイアとかアクセルとか、みんな知ってるようなベンチャーキャピタルファンドがインド向けのファンドっていうので、本当1本あたり数百億とか、数千億のファンドを蘇生しているので、そういう意味で言うと米系の比率は高いんですけども、ただアメリカだけじゃなくて例えば韓国だったり、一時期、ちょっと今中国は中国からの外国直接投資がちょっとインド結構厳しくなっているのでちょっと減ってますけど、一時期はすごく中国からのお金も来ていましたし、あと欧米とか、ロシアとかのファンドとかも投資をしているので、アメリカだけに寄っているというわけではないと。でただ、インドの地場のキャピタルと海外からのキャピタルでいうとちょっと直近の正しい比率って取れてないですけども、僕の認識だと6、7割、同じ感じですねが海外からっていうイメージになってて、残りがインドの地場のお金っていう感じになってます。ありがとうございます。そんなのあります？大丈夫ですか？わかりました。じゃ続いて鈴木さんにもちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけど、ここ数年同じように多分東南アジアもいろんな変化があったのかなと思うんですけど、多分東南アジアも多分いろんな国があるような地域なので、国ごとに多分変化もあるかなと思うんですけど、その辺どうでした？全体感でいうとあれですよね、やっぱ今インドの話もあった通りなんですけど、2019年20年とかって大体8ビリオンぐらいですね、8.7 ビリオンぐらいが、東南アジア全体とされているので、多分日本円で1兆1000億ぐらいかな。で、2021年が23ビリオンなので、3兆円ぐらいなんで、日本がその時8000億って考えると、実は東南アジアだけでももうすでに 2.5 倍の規模になったんですね。で、コロナ禍でも伸び続けていた中で、2022年、昨年はマーケット全体のクラッシュってとこもあったので、減ってはいて、それでも 15.8 ビリオンなので、2兆1000億ぐらいか、多分今のあれだと。でそれでも去年も日本って8000億、2021年、2022年と8000億、8000億っていうところでいうと3兆から2兆に落ちてはいるんですけども、それでも日本の2倍以上の規模感になっているっていうのが、そもそも現実としてありますと。で、とはいえですね、調達額は下がってるんですけど、調達するスタートアップの件数は増えてるんですよね。でこれ何かっていうと、結局、大きな調達をするレイターステージの件数は減ってはいるんですけど、シードでどんどんチャンスを考えて起業している人たちは増え続けているっていうところにあるのかなというふうには感じてます。はい。で、実際、あと、インドでさっき上場したって事例もあったと思うんですけど、実は東南アジアもテック系で上場している企業いくつか存在してまして、一つは有名なところで言うと C グループっていうところがニューヨークに上場しているんですけども、一番調子いい時は20兆円ぐらいまでついてたんですけど、実は、今ちょっと1桁兆円の前半か真ん中ぐらいになってしまってるんですけども、20兆になった会社だったりとか、あと
ウーバーの東南アジア版のグラブが、ナスダックに上がって、一時、5兆円、6兆円ついていて、今が1兆から2兆ぐらいって感じだと思うんですけど、ここはだから今まで東南アジアの大型エグジットっていうのは、アメリカの市場に上がるっていうところしかなかったところから、先ほど申し上げたトコペディアという会社は、ゴジェックという会社と合併して GoTo グループになって、まさに2021年に上場していて、一時4兆円ぐらいまでついてたんですけども、そういったインドネシアの証券取引所に上がるケースみたいなのも出てきていて、GoTo 以外にもブカラパクという、e コマースの、日本でいう楽天のようなサービスを展開している、インドネシア4番手の EC 企業なんですけども、そこも、上場時1兆円ついて、今1000億前後になってしまっているんですけども、それでも1000億を超えている時価総額を、保ち続けてたりとか、あと昨年の前半から今年にかけてブリブリっていう別の e コマースの会社がインドネシアの証券取引所に上がってという形で、徐々にですね、上場するスタートアップっていうのも増えてきています。で、全くノータブルではないものの、そういう意外となところで言うと、日本人の起業家でフィンテック企業を創業されている、ベンティニーっていう会社が、福利厚生かけるフィンテックみたいなところをやってる会社がですね、実はインドネシアで、もともとフィリピンで事業をやっていたんですけども、コロナ禍でフィリピンの事業が立ち行かなくなって、インドネシアで、再度再起したところ、2年半ぐらいのスパンで、すごい勢いで事業を伸ばしてですね、今年ですね、インドネシアの証券取引所に日本人ファウンダーで初めて上場するみたいな事例が出てきてまして、でその方の会社も、200億、300億ぐらいの時価総額がついた状態で上場できているので、ある種日本の東証マザーズ、旧マザーズの今のグロース市場ですかね、が大体平均すると100億いくかいかないかぐらいの上場しかしない中でいうと、実は東南アジアの、ローカルの証券市場でもですね、東証を超えるぐらいの時価総額のがつく、上場みたいな銘柄も徐々に出てきているのかなって、そんな感じですかね。はい。ありがとうございます。結構その日本のスタートアップシーンとの構造的な違いがあるなっていうのはすごい思いますね。インドとインドネシア、今タカさんの話だとインドネシアはいわゆるこうシードマネーを必要とするような01のスタートアップの数がまだ増え続けているっていう構造って日本のマーケットだともうピークアウトしてしまっていて、1000万円以下の調達をする会社の数っていうのが2020年か19年ぐらいからもう減り続けちゃってるんですよね。なので、一方で調達総額は横ばいで、中央値と平均値のギャップがどんどん広がっちゃっているんで、調達環境が調達できる人たちはたくさん調達できるんだけど、そうでない人たちの二極化が進んでいるっていう構造があり、だから5年10年のスパンで見るとちゃんとこうグロースしていくようなシードみたいなのが本当に数が少なくなっちゃってるんで、市場全体としてシュリンクするんじゃないかっていうような危機感をちょっと僕は個人的に持ってまして、そこがやっぱりその国の勢いっていうんですかね、が如実に現れてるななんていうふうに感じますね。そうですね。おそらく東南アジアもインドネシアも GDP 大体 5% 前後で、年次で成長し続けてますし、ベトナムもですね 7% とかを保持していたりはするので、そもそも国が伸びているっていうのと、あと人口が伸び続けている構造なんですよね、今って。そういう意味では、日本のように頭打ちにすぐなるかでいうと、グローバルの投資家と話していても、どちらかというとマクロで、人口が伸び続けるイコール、基本的には経済伸びるようにっていうコンセンサスのもと皆さん投資はされているので、もちろん選別みたいなのは進むとは思ってはいるんですけど、しっかりとしたクオリティグロースなんで、変にお金を燃やした成長ではないグロースを作れるファウンダーとチームにお金が集まるみたいなのは、間違いなく強くなっていくとは思うんですけども、とはいえ全体感でいうと非常に勢いを多分保持したままいくんではないかなって、そんな気はしますね。基本的にはインドも一緒ですね。でこのいわゆるファンディングインターみたいな環境下で、投資の金額も全体で見ると減っているし、明らかにグロースのファンディングが細ってるっていうのはもう見えているんですけども、これ自体僕らみたいにアーリーステージで投資しているファンドからすると次の調達がやりにくくなるっていう意味で言うと、厳しい部分はあるんですけど、ただ投資先とかと話をしたり、実際に見てると、水ぶくれ的に大きくなっちゃってるような会社、実態としての事業規模がそこまで大きくないけれども、期待値でバリエーションが思いっきり引き上がってしまったりとか、とりあえずいつになったら収益化するかわからないけども、とりあえずマーケット取りに行くためにすごいもう毎
月何十億と燃やしているような会社もインド結構いるので、そういうような会社が、もう明らかに調達厳しくなってこうダウンラウンドを重ねてみたいな状態になっていっているので、実態としてこうちゃんと事業を作っていて売上も伸びていて、1年後なのか2年後なのか分からないですけども、黒字化までのこう道筋っていうのがちゃんと立てられている会社っていうのは逆にちゃんと調達がこう今までそういう水ぶくれ的に大きくなった会社の影に隠れてしまっていたような会社がちゃんと日の目を見るようになってきているっていう側面もあるので、マーケット全体としてはそんなにネガティブに捉えてないなっていうのが今かなと思います。で起業家の数は減ってないです、インドもむしろ増えてるぐらいな感じだと思います。そこでも結構アフリカも共通するところやっぱありますね。同じようにそのインドの起業家とか投資家のマインドが変わったっていうように、アフリカもやっぱここ数年特にフィンテックアフリカって投資の 40% ぐらい占めるんで、特にそこのバリエーションすごいやっぱ実態に対して上がってしまっていたんですけど、その辺のやっぱ揺り戻しみたいなのはやっぱこう特に去年ぐらいから起こってきて、その辺がこう健全化されてきたなっていうのも、はい、あります。なるほど。なんか未上場の会社の中でインドとインドネシアとか特にアメリカのテックジャイアントのリストラ問題の波及とかってあったりするんですかね。そのユニコーンになっているような未上場カンパニーで市場環境の変化によって人を切る。で一方でシードの数は増えているとすると、そこの会社さんたちから見ると優秀な人材が獲得できる、かつスタートアップマインドを持っている人たちが取りやすいっていう環境に変わっているとすると、その人材流動性ってよりこう加速して回転しているのか、そのあたりなんか構造ってどういうような環境になってますかね。エンジニアは明確に取りやすくなってます今は。でそれはもうアメリカのテックジャイアントのリストラもそうですし、インドのユニコーン企業もめっちゃリストラしてるんで、そうするとこうもう本当にそういう何百億って調達をしてもうお金に物を言わせてこうエンジニアの取り合いみたいのをしてた状況から、だんだん人が出てくるし、そこまでお金を払わなくても、優秀な人材が取れるって環境にはなってきているので、明らかにこうシードアーリーステージのベンチャー企業としてみるとエンジンの採用は明確にやりやすくなってるし、今までだとなかなかこの人にこの価格出すのかっていう人がリーズナブルな価格で取れるようになってるっていうのは明確にあります。なるほど。そうですね、東南アジアも同様な感じになってきますね。なので不必要に水ぶくれしてしまっていったユニコーン企業は、極端な例で言うと8割9割人員カットとかもやってる会社が出てきたりするので、そういう意味では、ある種、そういった方々がまたスタートアップだったりとか、より小さなステージの会社に参画してくるみたいなパターンもどんどん増えてきているので、そういう意味では、人材の流動性と厚みみたいなのは、僕が2011年にいた時ってほぼスタートアップやってる人いなかった時代なので、それと比べるともう全然歴然とした差が出てきてるなというふうには感じてますね。アフリカはなんかインドからのそういうごめんなさい。アフリカはインドからのそういう人材流出の受け皿とかになってたりするんですか。いやあんまりないですけどね。でもなんかそれこそアフリカも例えば東アフリカのケニアとかはやっぱインドとのつながりすごく強くて、昔移民できた人たちがそのまま定住して、でそれこそ今見た目は結構インド人の方ですけどケニア国籍で3世みたいな人、それこそさっきの今日のセッションに出ていたビノイさんっていう方とかも100年のケニア企業なんですけど、もともとインドのルーツの方だったりするんで、東の方はやっぱそういうつながりが強かったりとか、ただなんかそのテック系の人がこうアフリカに流れてくるみたいなのはまだあんまりないですね。ないんですね。インドネシア、中国の影響とかあります？中国の影響はもちろんチャイニーズインドネシアの方たちはいたりはするのであれですけど、足元ここ4、5年、4年ぐらいの流れでいうとインド人起業家が東南アジア増えてきてまして、そっちに行ってるんですね。で、そうですね。で、僕たちの支援先でも東南アジアで、今20社ちょいある中の4社がインド人ファウンダーなんですよね。なんでそういう意味では増えてきてるなって感覚はあって、で、彼らに話を聞くと、インドってものすごくコンペティティブだって話をみんな言っていて、で、インドと比べると東南アジアは、マーケットとしても大きい割にはレスコンペティティブなマーケットだから、僕たちでも勝てる要するに外国人の人だったとしても勝ち得る可能性があるっていう話をされていて、で実際に、直近、ここ1年ぐらい2社投したので、その前の初期の頃に投した2社は、やっぱりポートフォリオの中でもずば抜けて成長している2社なんですよね。
で、彼らは面白いのが、ビジデブとかは全部東南アジアにチーム作るんですけど、開発拠点をインドに作るっていうスタイルをやっていて、なんでインドでエンジニアを採用して高速にプロダクトを作って、でそれをマーケットを東南アジアでやるみたいな、そういう形でやってる会社が増えてきてますね。これは多分結構あるあるっていうか、そのゴジェックとかグラブとかもインドでは一切サービスしてないんですけど、こうバンガロールの、僕バンガロールに住んで、こうバスとかにこうやたらグラブとかゴジェックのこう広告が貼ってあって、これ何なんだろうなと思うと、採用広告で、開発拠点をこうバンガロールとかデリーに置いてるこう東南アジアの企業とか、東南アジアだけでもないと思うんですけど、グローバル企業結構多いので、実は裏側の開発はインドでやってるケースっていうのはすごく多くて、これは結構あるあるで、優秀な人材をうまくインドで活用していいプロダクトを出していくってことは結構いろんな企業やってることかなというふうに思います。面白いですね。その波ってもしかしたら数年後に日本にこう来るかもしれないですよね。インド人が東南アジアを経て日本に来る可能性ある。ありますよね。でもそうするとなんかそのグローバルな投資っていう観点で日本にいながらにしてとか、例えば現地にチームを作って現地のスタートアップに投資をするっていうのを、村上さんも高さんもそうやられてるんだと思うんですけど、そのグローバルな投資の仕方みたいなのが結構考え方のアップデートが必要なのかなって今ちょっと思っていて。その人材がどんどん国を越えてこう交流していくのが当たり前になってくる。でその給与格差とかうまく活用しつつ能力とその給料のバランスを見て、日本でスタートアップして日本の人を採用するよりも日本でスタートアップして海外の人を採用してデーワンからチームグローバルに作って時差のなんかをうまく使いつつ24時間働く環境とかを作り、ここになんか Web3 的な発想とか入れてみたいなことを考えていくと、結構この投資のあり方っていうのがかなり我々投資家としてはアップデートする必要があるなというふうに思いますし、こと日本においては結構ドメスティックな投資ばっかをしているので、日本人ファウンダー、日本人チーム、日本の、マーケットみたいなところでいくところは結構変えていかなきゃいけないなっていうふうにちょっと思ったんですけど。でも幸いなことに日本って日本語というランゲージバリアが高くありすぎるので、やっぱ外国のファウンダーが入りづらいっていうのはやっぱ正直あるかなと思って、でちょっと違う観点で言うと面白いのが、やっぱ今の円の動き含めてですけど、日本のエンジニアが相対的に安いって話とかやっぱ出てくるようになってきてるんですよね、外だと。なんでオフショア拠点が今まで日本の会社だとベトナムに作るみたいなのがあったんですけど、東南アジアの会社が日本にオフショア拠点作れないのかみたいな話とかが、僕も相談もらったりとかしていて、理由としては東南アジアのエンジニアよりは高いものの、スキルベースと、あとそのなんか納期とか開発クオリティとかのコミットメントみたいなところで言うと、極めて高いと。で、だったらそれをその値段で雇えるんであれば、もしかしたらランゲージのこうトランスレーションするようなブリッジエンジニアを採用してでも、チーム作った方が日本の方が安いんじゃないかみたいなことを言うファウンダーも出てきてたりはするので、もしかしたらエンジニアの方から先にグローバル化が進むみたいなのは、日本に関してあるかなっていうのは、個人的には感じてますね。それで言うとアフリカも結構やっぱアメリカの企業がそのオフショア拠点という形で、やっぱ最近やっぱ現地のそれこそGoogle とかも1000万人アフリカでエンジニアを育成するみたいな発表を3、4年前ぐらいにやってたりとか、実際もうすでにユニコーンになってるアンデラっていうスタートアップあるんですけど、そこはまさにこうヨーロッパとかアメリカからそれこそテック系のジャイアント企業がお客さんになってて、で彼らのローカルチームをアフリカの中で作っていくことをやってるしてます。面白い。面白いですね。いや。いいですね。なんかこんな感じでどんどんいっちゃっていいですか。そうですね。全然なんかどうぞなんかインドも東南アジアもでもなんかこうそれぞれ違うようで実際結構共通していることとかなんかつながってる部分があってすごい面白いなと思いますね。ランゲージバリアの話なんですけど、インドもインドネシアもアフリカも現地語マストなんですか。投資っていう観点でいうと、インドは英語が喋れれば問題ないですね。で、本当アイスブレイク的に多少ヒンディで話すってことはなくはないんですけど、ただもう現地のメンバー同士も基本英語で話しているケースがほとんどなので、契約書関連も全部英語なので、そこはもう英語で進んでいく感じですね。これ結構なんかアフリカも共通してて、それこそアフリカって54カ国あってめちゃくちゃ広いんですけど、簡単に分けるとこう英語圏のところとフランス語圏って分かれるんですよね。で、
なんですかね、主にその後こう経済成長があり、それこそスタートアップの投資のビッグ4って言われてるケニア、ナイジェリア、南アフリカ、エジプトってもともとやっぱイギリスの植民地だった国でもあるので、もともとその英語っていうのがある程度こう通っていて、例えばケニアとかでもある程度田舎行っても英語をみんな喋れたりとかするっていうのは実際あるので、やっぱその外国人の起業家とかもやっぱアフリカ出てきてるんですけど、彼らがやっぱ地方行ってもなんかこんだけ英語喋れる人いるのかっていうのにすごい驚いたみたいな話は結構よくしてます。投資はそうなんですけど、プロダクトの開発はもう確実にちゃんと現地語でやっていくっていうのはもう極めて重要で、特にこう、インドに関して公用語がいっぱいある、多分オフィシャルだけで16言語ぐらいあるんで、もうこう地方言語も合わせていくと64言語ぐらい多分あるはずなんで、こうそこの言語をちゃんと分かっていて、でかつそれによってどの都市で事業展開するかとかも変わってくるので、その言語とか、あとはもう所得の階層とか、そういったものによってもこうプロダクトの作り方がこうだいぶ変わってくるので、もうあえて洗練されてないデザインで出した方がいいとか対象もうわざとこうかっこ悪くしないとこう地方都市のおっちゃん使ってくんないみたいなのはやっぱりあるんで、その辺のこう機微っていうのは明らかにやっぱり現地の起業家の方が捉えまえやすいと思うので、やっぱなかなかこう海外の人が入っていって現地の人をこうローカルで対象にしたサービスを作っていくっていうのは、インドは結構難しいマーケットだと思います。タカさんは普段から現地語使ってますもんね。生活するときはそうですね。はい。インドネシアもまさに一緒で、起業家は大体やっぱもう大学出てる方だったりとか、アメリカに留学している方が起業しているケースの方が多いので、ほぼ英語でいけるっていうような状態になっていて、で、現地で働いている方々も、現地のいわゆるトップティア大学出てる方だってほとんど英語喋れる方が多いんですよね。で、以前僕が2011年の時はそこまで多くはなかった印象なんですけど、もう今はもはや英語も喋れて、でスタートアップで働ける方が給与が高いっていうのはもう目に見えて分かっているので、そういう意味ではほとんどの大学を出たインドネシア人の方々がそれなりに英語が喋れる状態になってるっていう感じにはなってるかなと思います。ただもちろんサービス自体はもう現地言語で展開している会社がほとんどにはなるので、その辺のローカライズみたいなのが必要ですけど、投資およびチームのマネジメントみたいなところは一定英語でもいける国ではあるのかなというふうには感じてますね。結構その経営チームってある程度例えばインドだったらもうインドのメンバーで固まるんですけど、なんかアフリカは結構そこがアメリカからミックスされたりとかっていうことも結構多いんですけど、その辺ってどうですか？それはほぼほぼインド人かな、もう稀にいますけども、僕らの投資先でいうともう 100% 全部インド人ですね。なるほど。水さんどうですか？東南アジアはそういう観点で結構混ざり始めている気はしていて、で先ほど言ったようにインド人の起業家の比率も徐々に増えてきてますって話もありますし、もちろん大部分は例えばインドネシアとインドネシアの起業家ですし、ベトナムであればベトナムの起業家ではあるんですけど、少し前で言うとロケットインターネットっていう会社がドイツにあって、要は世界中で例えばアマゾンコピーの東南アジア版みたいなのを作ってみたいなのを2012年ぐらいからやってるような会社なんですけど、そういったところの立ち上げにいたメンバーが、ドイツ人とかヨーロッパ系の人がほとんどなんですけど、彼らもそのまま東南アジアに立ち上げに来て辞めて自分で起業しているパターンってすごい多いんですよね。なんで結構一定数ヨーロッパ系のファウンダーもいたりはするので、そういう意味では結構多国籍な起業家属性になってきているのかなというふうには感じてますね。ありがとうございます。そしたらなんか今注目している多分皆さんで各国でそれこそ見てるセクターだったりとか、多分注目してるトレンドネクストトレンドみたいなものもあるのかなと思うんですけど、最近投資された会社の話とか、今注目している領域とか、その辺もちょっとお伺いできればなと思います。わかりました。僕らは比較的リアルに根ざした、僕らはっていうより多分結構インドとか、インドネシアとかもそうだと思うんですけど、新興国に関して言うと、もともとのその生活環境とか生活インフラ自体が、アフリカももちろんそうだと思うんですけども、かなり整っていないっていう大前提としての社会課題だったりが存在するので、そこをうまくちゃんと解きに行くっていうのが、基本大前提として持っているテーマとしてあって、その中で過去投資してきて
して結構うまくいっているし、僕らとしても今後もそこにオプチュニティがすごく大きいと思っているので、注力して投資していこうと思っているのはサプライチェーンに関する部分、これはもうあらゆる産業インダストリーごとのサプライチェーンが基本ぐちゃぐちゃなので、もうめちゃくちゃフラグメンテッドで中間業者も猛烈に挟まっててみたいな、超非効率がまかり通っているマーケットに基本はなっていて、でかつ各産業ごと縦割りで全部の産業でユニコーンが作れると思っているので、それでいうとそこを本当一個一個潰していくっていうのは、今後もやっていきたいなと思ってますね。僕らの投資先で多分今一番伸びてる会社も鮮魚の B2B をやってる会社のサプライチェーンをやってる会社で明確に伸びてますし、他も薬やったりFMCG のプロダクトやったり、いろんなの今やってきてるんですけど、まだ他の産業もサプライチェーンをやろうというふうに思ってます。あとはこれはもうビジネスモデルとかっていうイメージじゃないんですけども、ティア2、ティア3の都市および田舎を対象に攻めていくようなスタートアップはもう全面的に見たいなと思っていて、ユニコーンが100社以上インドいるっていうふうに言われて、ちょっと直近の状況でどうなったか分かんないですけど、少なくとも去年の時点ではいて、でほとんどがいわゆるティア1メトロって呼ばれて、デリーであったりバンガロールだったりムンバイだったりっていう1000万人都市の、ある程度の所得以上の層を対象にしたサービスで、e コマースもそうですし、アマゾンとか、アマゾンの対抗馬であるフリップカートとかっていうのも大半がやっぱり一定の所得以上の人しか使ってないんですよね。でこれが田舎に行った瞬間、田舎じゃなくてもティア2都市って日本でも1000台ぐらいの人口があるような都市なんですけど、300万400万の人口があるような都市でも e コマースのペネトレーションって 1% とかになっちゃうので、100人いたら1人しか e コマース使ったことないっていうのがインド実は現実で、そこの層ってただインターネットには実は常時接続していて、で特にインドって今アフリカと比べてもデータ通信量が安いので、僕多分30ギガを4G で使えて350円としか払ってないので、マジですか、めっちゃ安いですね。でこれ繰り越せるんで、今月僕300ギガ使えるんでもうずっとネットフリックス見ても使い切れないみたいなのが、でそれになってくると、本当に農家の方とか低所得者層の方もインターネットにモバイルで常時接続するっていう状態にこれ突然この数年でなっていて、僕が移住した当初は日本より高かったんで毎月1万円ぐらい払ってたんですけど、それがもう突然そういう状態の 97% オフになっているので、通信量がそうすると、一気に大きな変革が地方都市とかの所得を問わずに起こっていくと思っているので、この今まで対象として捉まえられてなかった十数億人の部分を取りに行くビジネスっていうのは取りたいけども、現状すでにもうインターネットに常時接続できる状態ができているのに Amazon のアプリをダウンロードしてない人は多分ほっといたらダウンロードしないはずなんで、じゃあこの潜在的な e コマースをどうやってオンラインに引っ張ってくるかみたいな頭の使い方をしてビジネスモデルを考えるってことをやってます。基本その地方の方はやっぱあくまでもまだ B2B っていう見方ですか？いやもう地方都市はどっちかというと B2C か、B2B2C でそのコンシューマーにダイレクトに取りに行くビジネスを投資したいし作ろうとしてますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。鈴木さんどうですか？僕は多分大きく2軸あって、一つはまさにローカルのサプライチェーン周りみたいなところがあるんですけど、そこをもっと抽象化すると、僕多分7年前ぐらいから講義の意味であるデータが一定値を超えると加速度的に価値が高まるみたいな、そんなデータを収集活用できるプラットフォームみたいなところをすごい注目していて、でそうなってくると、例えばサプライチェーンのバーティカルだったとしても、単純に EC だけをやるパターンもあれば、もっと言うと仕入れる人たちの受発注管理まで染み出てくるみたいなのもあると思うんですよね。で今の流れで SaaS× フィンテックとかって流れはまさにその流れの文脈に乗ってくると思うんですけど、で特にバーティカルといわれる特定産業領域の課題を解決していくってなると、取引の効率化だけでも多分解決できないんですよね。だし、オペレーションの効率化だけでも解決できないんですよ。ただ、いわゆる日本だったりとかを見ていると、そのバーティカルサースの領域も結構増えてはいるものの、あるその業界のある一定業務のみしか解決できないっていう状態なんですよ。なので、その業界にいろいろなサービスが増えていってしまうっていう課題が逆に出てきていると思っていて、ちょうど去年ぐらいからコンパウンドスタートアップってことがアメリカでも言われ始めている、複層的にプロダクトを作っていくっていう。で、ここはまさに、東南アジアとかの場合は逆に言うと、1バーティカルの一部分だけを切り取っただけだと事業がそもそも成立しないので、初期から複数プロダクトをやっていかないとそもそも課題解決ができないよねっていうところがあるかなと思っていて、なので今後はもちろん複数プロダクトを同時に開発していくって非常に経営難易度高いんですけど、バーティカルの領域であればあるほど
そういったコンパウンド、要は複数のプロダクト群で、その特定領域の課題をあらゆる角度から解決しうるプレイヤーみたいなところが、勝ちうるのかなというふうに思っているので、そういう意味で言うと、なんだろうな、よく新興国だと僕たちがファーストムーバーですみたいな話が出てくると思うんですけど、逆に言うと僕はラストムーバーアドバンテージみたいなのがあると思っていて、バーティカルに関して言うと、先にマーケットを田舎含めてエデュケーションしてくれた結果、競合が提供し得ない価値をしっかりと埋めてあげてやるっていう戦い方はあると思っているので、そういう意味ではそういった、バーティカルかける、そうですね、レイトムーバーまでいかなくても、ミドルムーバーぐらいで、そのコンパウンドで、いろいろあらゆるものの課題を解決しに行くような戦いを仕掛けられるようなスタートアップっていうのは、東南アジアでも結構注目して見てたりするっていうのがあるのと、で2つ目が、我々インドにも実は拠点を作ることにしているんですけど、インド以外も東南アジアでも一部出てきているのが、いわゆる新興国とグローバルサウスみたいな文脈も徐々にあるかなと思っていて、直近ですと、ホテルインダストリー向けの、あらゆるプロダクト、ユーザーサイドでいうと、事前チェックインから、ホテルの宿泊中のコンシェルジュのチャットのやり取りだったりとか、ルームサービスが写真付きで、中国語、韓国語、日本語、英語とかに切り替えられて、EC のようにポチポチやってカートに入れるとルームサービス届くみたいな、それがすごく便利なサービスになってるんですけど、そういったものって、アメリカとかには一度ベンチマーク企業があるんですけど、アメリカで開発しているので、めちゃめちゃ単価高いんですよね。なんですけど、シンガポールとベトナムとかで開発しているので、単価ものすごく安く、かつクオリティが高いものを作れているので、実はそのグローバルでサースみたいなところが、今まではアメリカから生まれるとか、ヨーロッパから生まれる、一部今インドからもすでに生まれ始めてますけども、結構そういう流れは、人件費とアビトラージを利用して、よりクオリティの高いプロダクトを安価に出し続けられるみたいなところが、実は特にインドは、エンジニア大国っていうのもあるので、チャンスあると思います。東南アジアでも一部そういったところが出てくるかなと思っているので、そういったところを機会として捉まえていって、投資していきたいなというふうにも思っている、そんな感じですかね。これ多分タカが今言ってた最初の方のコンパウンドスタートアップっぽい文脈ってすごく多分新興国のビジネスに投資する上でめちゃくちゃ多分重要なポイントで、インドも僕らもそのサプライチェーンの会社とかすごい好きだし、伸びるんで投資をしてるんですけど、そうするとB2B の e コマースでしょっていう話になって、マーケットプレイス作ってるイメージを持たれるし、表層的にはそうなんですけど、でも裏側で実はもうめちゃくちゃ自社開発のアプリとシステムを作りまくってて、でそこを別に売りにしてないんですけど、じゃあ例えばサプライヤー向けのベンダー管理のマネジメントシステムとかは、作って提供してあげるし、あらゆるサプライチェーンの局面に関わるところをいかにテクノロジーを使って効率化していくかとか自動化していくかってことを実は裏側でめちゃくちゃしてて、サプライチェーンの会社だしマーケットプレイスの会社なんだけども、裏側実はもうめちゃくちゃテックが絡みまくってて、あらゆるプロダクトを自社で開発で作ってるっていう会社が基本はやっぱり勝っていて、ここが新興国において言うともうサプライチェーンに関して言えばあらゆるそのサプライチェーンの局面が既存のプレイヤーとかがもう超非効率だったりいい加減だったりするんで、ある程度縦割りで自分たちで持っていかないと、バーティカルを全部持っていかないと最終的に提供するお客さんへの価値が毀損されてしまうっていうことが多分あるので、ある意味ではもう非効率に見えるけど全部自分たちでやっていくみたいなことが結構重要で、そこの価値提供できないと多分勝てないっていうのは、多分インドでも東南アジアでも、アフリカでも新興国では多分結構共通する項目なんじゃないかなっていうふうにはやってては感じますね。そうですね。まさになんかそのテックでの効率化の部分と、あとそのダーさん言ってそのレイトムーバーみたいな、ある程度教育にそれなりにコストがかかってくるっていう部分と、そのバランスすごい重要ですよね。本当に重要なポイントだと思います。というところで、じゃあ最後ちょっとそろそろ時間になるので、ちょっと一言ずつ今日この回のテーマもですね、今後やっぱり日本からこうやって世界にチャレンジする人を増やしていくっていうのが一番の目的になっているので、これは僕らは今アフリカ見てますけど、本当にアフリカだけじゃなくて本当に日本企業、日本人としてやっぱ世界に出ていくっていうのは今後絶対必要不可欠だと思うんで、ちょっと会場の皆さんに一言ずついただければなと思ってます。はい。僕はずっともうインドに関わっても8年とかなんですけども、なるべく足しげく現地に来ていただいて、で見ていただくってことはやっぱすごく多分重要だなと思ってます。多分日本で、特に直近本当この半年とかインドのことがすごく日本のメディアでも取り上げられるようになっ
ってきてますけども、やっぱりこう結構現地の感覚と比べると違和感があったりとかすることってもすごく多いですし、やっぱり実際に行って現地の人と話して、本当に中をちゃんと見せてもらってっていう経験を多分していくことによって、印象が多分180度変わるってことはすごく多いと思うので、やっぱりまずちゃんと現地に行って、見る、興味が湧いたらやっぱ現地に行く、コロナも終わりましたし、来てみていただくってことがやっぱりいいのかなっていうふうには思ってます。でやっぱりインドでも8年間やってますけども、こうどう考えても日本のプレゼンスがインド現地でもどんどん落ちてきてるっていうのを感じているので、それは日本企業もそうだし、現地で起業する外国人起業家ってインドあんま多くないですけども、やっぱり韓国人とかの起業家の方と比べると圧倒的にやっぱ少ないので、本当に中国の次のフロンティアっていう意味で言うとインドって多分欠かせない国だと思うので、ぜひ本当に挑戦をしてもらいたいですし、それはもう日本の大企業ベンチャー個人問わず本当にインドに来ていろんな大きいマーケットですね、攻めるところを一緒にやれたらなというふうに思っているので、もし興味が湧いたらいつでもご連絡いただければと思います。ありがとうございます。じゃあ鈴木さんお願いします。そうですね、非常に大企業の方とかだと、アメリカの市場だったりとか、アメリカの技術とか、イスラエルの技術とかって、技術シリーズを探るみたいな形で、スタートアップと協業、海外に関してされるみたいなケースの方が多いのかなというふうに思うんですけど、結構、個人的にはマーケットとしての伸びしろみたいなところでの新興国をどう捉えるか。でかつそのマーケットにおける、商品のディストリビューションだったりとかサプライチェーンってところが、いわゆる既存のショール以上にスタートアップの方がそこをある種新たにテックタッチで作り直しているところがあるので、そういったところと組んでやっていくことによる、イノベーションみたいなのは実は日本での DX 化よりも早いんじゃないかなと思ってはいるんですね。なのでそういう意味でも、スタートアップとの連携もそうですし、やっぱその国の、市場をどう捉え直すかみたいなところで、やはり現地に足しげく通うところもそうですし、情報だったりとかネットワークのアンテナを張ることっていうところが非常に重要なのかなというふうに思っています。あともう一個起業家目線で言ったときに、日本トゥーグローバルみたいなの一つの岸田政権のスタートアップのやつとかでも書かれているようにはなってるんですけど、個人的には日本トゥーグローバルっていう発想そもそもやめた方がいいと思っていて、日本と海外を分けない方がいいと思うんですよね。というのもグローバルをやる前提の中でまず日本市場のフェーズ1は日本でやってますっていう考え方なのか、日本市場とりあえず立ち上がってきたから、成長市場である海外に打って出るのかというと、そもそも思想というか組織の作り方もプロダクトの考え方も多分変わると思うんですよね。ただやっぱ初めからグローバルを見据えて、その上で日本なのか東南アジアなのかどの地域からやるのかみたいな、多分そういう視点で、それに合わせてその最適なチームを作っていく。先ほどの和田さんが話してたように、日本初スタートアップとかでもグローバル目指すんだったら、初めからシンガポール、インド、アメリカとかでそれぞれの必要な人材を採用していくみたいなの、多分まさに上司さんとかがそれやられてると思うんですけども、そういう動きがどんどん出てくると、全然勝ちうるんじゃないかなというふうに個人的には感じている部分があるんですね。特にプロダクトの品質だったりとか、あとオペレーションの磨き込みっていうのはやっぱり日本はどうしても、例えば新興国の人たちだとどうしても抜けない大きなギャップが日本に優位性にあるので、それを用いて世界でしっかりと戦うっていうマインドを持てれば、日本初のスタートアップでも十分にグローバルカンパニーになりうるんではないかなというふうには感じてはいるので、そのあたりも僕自身としては応援とぜひサポートしていきたいなというふうに思っている、そんな感じです。はい。ありがとうございます。じゃあ最後和田さんお願いします。はい、お二方のお話を聞いていろいろ気づいたこともあり、勉強になったなというのが率直な感想なんですけれども、やはりなんか意外と悲観しすぎてるなっていうのは正直あって、インドでの日本のプレゼンスがっていう危機感は危機感として大切にしつつも、それをなんか受け止めすぎて日本ダメなんだって思ってしまってもよくないなと思っていて、やはり自分たちの強みが何なのかというものをもう一度見直す機会にするっていうのと、あとは自分たちができることとできないことをきっちり分けて考えるっていうことも大切なのかなと思っていまして、特に日本においては自前主義というか、自分たちで全部やることが当たり前美徳されているところもある中では、できないことは誰かに任せて一緒にやるっていう発想に切り替えていっていくっていうのがとても大切なのかなというふうに思っています。で、考え方はやっぱりアップデートするためにはどうしても同じ環境に身を置いて考え方を変えるっていうのはなかなかに難しいことだと思うので、いの一に環境を変えてみるということでは
村上さんがおっしゃったようにまずはこう来てみる、行ってみる、でそこのなんか空気を感じるってことでもこれが無駄なようで全然無駄じゃないなっていうのは、私も2018年だったかな、ルワンダとケニアに行った時にすごく感じたことで、やはり日本で見るアフリカの状況、アフリカの様子というのは現地とは全然ギャップがある。これはやっぱり行かないとわからないことなので、一方でこう当社のメンバーや親会社の方からはですね、何しにアフリカ行ってんだと無駄なことをしてるんじゃないとかって言われるわけなんですけど、無駄なことは一切ないというふうに強い姿勢を持ってですね、それをなんか無駄なもので終わらすか有益なものに変えていくかは、結局は自分次第ではあるので、なんか物事を自分ごとに捉えてぜひ日本オールジャパンで挑戦していくっていうその一員に自分もなりたいなと思うし今日皆さん参加いただいた方、せっかく何かのご縁だと思いますので、手を取り合ってまた日本を盛り上げていけたらなというふうに思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん拍手をお願いします。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。So we will gather again at 4:30, and for the last session 6, so we'll continuing with session 6 at 4:30. Thank you. Honda. Nyenga enduna tusuburu anjari mbapiko ibo makisumo mayro mado chai mukinyi gi family na gijo dagi nyithinda de kan nyithinda de ki aero tero nyathina e school gokinyi pile nikech wanyiero watugo wajok pata aero gite kendo amor ka nyithinda go kamoro achiel chiemo kamoro. We at Honda Trading have developed and expanded our business while staying close to the issues of our customers. In recent years, the environment surrounding us is changing greatly, including the ever more complex global economy and diversifying customer needs. Honda Trading is working in various business areas for the success of our customers by grasping these changes with certainty. Honda Trading develops comprehensive solutions to respond quickly to business environment changes and customer needs. Utilizing our global network, we provide support from the preparation stage for customers' overseas expansion, from support for market research to general support for procurement and supply. Furthermore, we verify various information and propose new business models to help the business that customers' vision take shape. We not only supply production equipment, dies, and molds to various manufacturers' plants, but also make the most of our global network to coordinate everything from surveys of overseas expansion to procurement, transportation, installation work, and maintenance in order to execute the requests of customers based on our highly specialized knowledge. The raw materials used by each manufacturer change in accordance with the trends of the times. Utilizing our thorough understanding of the market, we are able to procure and supply optimum raw materials, including light metals, steel, plastics and resin, and platinum group metals, with speed and consideration for our customers' costs. In addition, the Honda Trading Group also manufactures aluminum and processes steel so we can respond more flexibly. We procure and supply the parts used in automobiles, motorcycles, and power product engines from around the world, coordinating business quickly and precisely. As with raw materials, we use our vast global network to provide optimal services to customers in the supply of these parts too.
Honda Trading also undertakes wholesale sales of Honda products. Based in Romania, we supply automobiles, motorcycles, replacement parts and accessories, and support local dealers' activities. We are involved in the creation of a recycling-oriented society through the development of recycling business models for resources, such as the lead batteries discharged from end-of-life vehicles, and by providing consulting services on the waste materials generated at automobile dealers as a Honda Group. We support the realization of our customers' business by using the global logistics know-how and expertise we have cultivated over many years in the industry to propose optimal logistics solutions for each project and respond flexibly to unexpected situations. And through creative and effective commercial activities, we will continue to innovate the future. We strive to be a company that realizes customers' business dreams beyond the trading company framework. Honda Trading. Create with us.こんにちは、エジミウソンです。スカイライトのアンバサダーを務めています。またスカイライトと共同して2019年にブラジルのサンパウロ州でサッカークラブを立ち上げ、世界的な選手育成を行っています。エジミウソン・モラエス元サッカー選手。2002年サッカーワールドカップにてブラジル代表の一員として世界一に。FC バルセロナでもウェハチャンピオンズリーグで優勝。選手時代から今日まで故郷のブラジル・サンパウロ州タクアリチェンガを本拠地とするエジミウソン財団を通じて社会貢献を推進。2019年6月にサンパウロ州サンタナ・デ・パルナイーバ市に世界的な選手育成を目指すサッカークラブ FC スカブラジルをスカイライトコンサルティングと共同で設立し、代表としてリーダーシップを発揮しています。スカイライトではグローバルオープンイノベーションを推進しています。それには大きく2つあります。1つにはさまざまなプレイヤーと協力しながらスカイライト自らが海外に投資し、新規事業に取り組んでいることです。立ち上がった事業を生かして皆さんとコラボレーションすることを視野に入れています。もう一つは顧客企業に向けた支援サービスです。ではスカイライトの海外での新規事業を3つご紹介しましょう。ケニア、ブラジル、インドの各事業です。アンカーライトケニア。ケニアをはじめとする新興国ではバイクでのタクシーや配送サービスが行われています。そうしたバイクライダーの多くは個人事業主、いわゆるインフォーマルセクターに属する労働者であるため、これまでレンタルやローンといった金融サービスの利用は難しい状況でした。そこでアンカーライトケニアでは新しいタイプのレンタル事業を展開。ライダーにチームを作ってもらい、共同でバイクをレンタル。一定のレンタル期間が経過するとバイクは自分たちのものになる、いわゆるレントトゥーオウン型のレンタルサービスを提供しています。 FC スカブラジル。スカイライトは元サッカーブラジル代表のエジミウソン氏と共同で2019年にブラジル・サンパウロ州に育成型のサッカークラブ FC スカブラジルを発足。ブラジル全土から有望な若手選手がクラブの施設で生活し、日々トレーニングを積んでいます。クラブの理念やビジョンを定め、エジミウソンの経験とヨーロッパのコーチングスクールの考え方をもとにした育成メソッド FC スカメソッドを作成し、10代前半から一貫した育成を進めています。また一流の選手になるには心の成長も必要との考えから、元選手からのレクチャーを行い、動画解析など
最新のテクノロジーも活用しています。本クラブから世界的な選手が輩出されることを目指しており、すでに数名の選手がブラジルのビッグクラブや欧州クラブへの移籍も実現しています。ミラキン。インドのジュエリー市場は製造と販売が分かれ、作られたものを店に並べて売るスタイルであったため、簡単なカスタマイズも難しい構造となっていました。ミラキンでは CAD や 3D プリンターを用いることで可能となった新しいデザインのジュエリーをカスタマイズ可能な形で製造販売しています。社会構造の変化とともに若い女性層の購買力は向上しており、ミラキンブランドのジュエリーが受け入れられ始めています。スカイライトコンサルティングでは自社事業とのコラボレーションに加え、クライアント向けのサービスを提供しています。海外の調査・ソーシング、アクセラレータープログラムの運営受託、イベントの開催受託、クライアントとパートナー企業とで構築する新規事業の企画や立ち上げなど、コンサルティングとベンチャー投資、自社の海外事業の経験を生かしたサービスです。スカイライトとともに世界で新しいビジネスをスタートさせましょう。誰かのために電気を動詞になれ。名電車。電気を照らせ。誰かを支えるために電気を動詞になれ。名電車。 Quality connecting the next. Okay, today's session of Showcase Africa 2023 has almost come to an end. I hope everyone will enjoy the session until the end. The last session will shed the light on the actual process of establishing and growing a business initiated by a Japanese company to enter an African market. I hope this session can be a reference for those who are trying to create value from scratch. So, without further ado, Takuma, the floor is yours. はい、じゃあショーケースアフリカ最後のセッションになります。このセッションはですね、実際に日本企業としてアフリカで事業をゼロから立ち上げている、そんな泥臭い話を、に迫っていける、そんなセッションにしようと思います。で、僕が一番最初のセッションでもお話しさせていただいたんですけど、今ケニアでですね、いわゆる現地のギグワーカーと言われている、それこそバイクのタクシーだったりとか、
e コマースの配送ドライバーだったり、そういう人たちに対して、こう仕事を与えるというか、働く機会を与えるような、そんな事業を作っています。今日はですね、実際にケニア、日本でその事業に関わる皆さんにお越しいただいて、ちょっとその深掘りをさせていただければなと思っております。はい、じゃあ登壇者の方にご登場いただきます。まずはホンダトレーディングの横谷さん、お願いします。皆さん拍手でお迎えください。はい、では続いて、スカイライトコンサルティング、あとアンカーライトケニアの、ディレクターの平林さん、お願いします。最後に、アンカーライトケニア、今回たまたまこのために日本に帰国してくれた、森田さん、お願いします。じゃあお座りください。はい、じゃあまずですね、アンカーライトケニアの事業というところで、ちょっとまず、森田さんから、今、ケニアで実際に事業されているんで、どんなことをやっているのかっていうのを、お話し、いただければなと思っております。実際に、彼が代表として、今、ケニアにどんくらい住んでるんだっけ、2年間です。家族と、子供が今、2人でケニア生活を送っているんで、その辺の話も今日聞ければなと思っています。ここじゃないよね。説明で。はい、よろしくお願いいたします。改めまして森田と申します。現在アンカーライトという会社でやっているビジネス、名前ザリビーと呼ぶんですけれども、ちょっとその簡単な説明だけまずさせていただきます。我々がやっているのは簡単に言うとバイクのアセットファイナンスになりまして、我々がまずバイクを購入し、でそれをエンドユーザーである現地のバイクライダーの方に貸し出すといいますか。で日払いでお金をいただいて、で最終的に支払いが終わりましたら、今期間的には17ヶ月ほど設定してるんですけれども、その後にエンドユーザーさんが所有権をもらうというようなのが簡単なビジネス内容になっています。でただこのバイクだけを渡すんではなくって、でその中にこのサービスとして、支払い管理ができるアプリをつけたりとか、で保険をつけたり、で保険もこの日本でいう自賠責みたいなものもあるんですけれども、しっかり事故に遭った時にカバーできる保険だったりっていう、トータルでそのコンプレヘンシブなサービスにしてお客さんが、ちゃんと仕事ができる環境を提供しようという、目的のもと、サービスの提供を行っています。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、横谷さん、平林さんにちょっとすみません、自己紹介一言いただけると。はい、スカイライトコンサルティング取締役および、アンカーライトケニアディレクターの平林と申します。よろしくお願いします。私スカイライトというよりもアンカーライトの方でお話をさせていただくと、私自身がまだじゃないですね、東京に拠点があって、東京で生活をしておりますので、アンカーライトケニアの事業に関しては、経営管理であるとか、あとはザリビサービスを支えるシステム、その構築運用の部分のサポートを日本からしているという形の関わりになります。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ横谷さんにちょっと自己紹介と、あとホンダトレーディングさんとしてのアフリカ事業探索、実際この事業ってこの僕らアンカバードファンドとスカイライトさんと、あとホンダトレーディングさんと3社で実際今現地でですねやってる事業になりまして、この事業への関わり方だったりとか、今後アフリカ市場での事業探索どんなふうに見られているのかとか、そんな話をお聞かせいただければなと思います。はい、ホンダトレーディングの横谷と申します。よろしくお願いいたします。私どもホンダトレーディングはですね、本業としましては、ホンダ技研工業の、生産活動を支える、サプライチェーンマネジメントを、主な、事業として、活動している会社になります。ただですね、月並みですが昨今その自動車業界をめぐる環境も非常に大きな変革期を迎えているということで、我々も新事業、新市場へチャレンジしたいというところをですね、模索しているところにですね、アンカーライトケニアさんのこのザリビーのコンセプト、真面目に働きたい人に相当のチャンスを、与えると、でそして伴走してカスタマーサクセスを、実現していくと、こういったコンセプトに非常に共感をしまして、参画をさせていただいている次第です。
で私どもがですね、今後アフリカ市場にどのようにチャレンジしていきたいかというところは、ザリビーのコンセプトともかぶるんですけれども、特にお客様に例えば何かを消費してもらう、快適になってもらうといったところだけではなくてですね、稼いでもらう、豊かになってもらうというところ、非常にここには我々も概念として重きを置いておりまして、そうしてお客様、例えばこのザリビーのコンセプトで言いますと、バイクライダーの方がバイクを得て、で頑張って仕事をしていくと、それで稼ぎを得ていく。で我々もそういったところに、2B のような 2C のような難しい仕事ではあるんですが、これって一番直接的なウィンウィンの形なのかなと考えております。ですので我々もですね、こういった基本コンセプトのもとにですね、商材だサービスだというところはさまざまなものになっていくかとは思うんですが、こういった形で事業展開を広げていきたいと考えております。ありがとうございます。はい、実際ですね、ちょっとケニアのバイク市場だったりとか、そもそもこういったバイクのドライバーってどういう存在か、どんな人たちなのかみたいな、ちょっとそんなところから聞いていければいいかなと思うんですけど、じゃあちょっとまず平林さんにお伺いできればなと思うんですけど、実際ケニアの中でこういったバイクのドライバーってどういう位置づけの人、どんな人たちになりますか？はい、ケニアでのバイクのドライバー、ライダーっていうところなんですけれども、基本的にケニアのバイク利用っていうのはほとんど商用だという形になります。実際に街に出てもほとんどが、人を乗せているか荷物を乗せているかという人たちがほとんどです。で、マーケットとしてなんですけれども、実際バイクの、新車の登録台数というところはここ10年ぐらい、ちょっと最新の2022年のところちょっと正確な数字あれなんですけども出てないところありますが、ここ10年ぐらいで約200万台にいくかいかないかぐらいだったと思います。で、そのうちのじゃあ所要利用等々を考えると、その前からのちょっと古いバイクとかも含めて考えると、我々の中では約300万人ぐらいを、マーケットとして捉えて、ビジネスをやろうとしているところです。実際じゃあ誰が物を運んでて誰が人を運んでるかっていうところ、まさに今回のテーマでいうインフォーマルセクターで、正確な数字っていうのは本当測りにくいというところはあるんですけれども、そこら辺の具体的なところはまさに2年間現地で実際のライダーと接している森田からもちょっと補足で話をしてもらえればなと思ってます。はい、今インフォーマルセクターっていう話が出たんですけれども、ちょっとこれ誤解ないようにというか、インフォーマルセクターの定義みたいなところになるんですけれども、そもそもケニアっていう国自体がやっぱりこの正規雇用、いわゆる我々のような会社に勤めてとか、まともに給料もらってっていうような雇用形態の方が本当に少なくてですね、半数以上の方がいわゆるインフォーマルセクターと認識をされるような国になってます。なんでインフォーマルセクターって聞いちゃうとみんなスラムかみたいな、イメージもあるんですけども、全員が全員そういうわけではないと。で、やっぱそういう国の中にいると自分でなんとか食いつながなきゃいけないとか、今日の飯は自分で今日捕まえるというか稼ぐんだみたいな、考えの方が多いので、イメージされるネガティブなよりも結構みんな起業家精神といいますか、自分でちゃんと職を自分で作って働こうみたいな。でそのうちの一種が、ボダボダライダーっていうバイクのライダーになるんですけれども、やっぱ彼らもバイクさえ自分の手元にあったらお仕事ができるという環境ができるので、そういった意味においてはある意味起業家精神が旺盛だと。で一方でちょっとやっぱり皆さんイメージされるアフリカのイメージって多分結構レイジーだったり時間守んないとかあると思うんですけど、やっぱ結構そのボダボダライダーになると自分で彼ら自分でよく言うのがI am my boss って言うんですけど、自分が自分のボスであると。で自分がやりたいように決めるって言うんですけど、自分が働きたい時に働いて働きたくない時は働かないみたいな、ちょっとそういう風な考えを持っている方もちょっといらっしゃいます。はい、ありがとうございます。ちなみにその現地でこういったバイクのライダーの人がバイクを手に入れるために、なんだろう、既存の仕組みとか基本的になんていうの、一括で買える人ってそんなに多くないんじゃないかなと思ってるんですけど、その辺の既存のルールとかその課題ってどんな感じですか？これ僕また答えちゃっていいですか？はい、これちょっとタイミングというか時期によってまた変わるんですけども、我々がサービスを開始した2021年
っていうのはすでに、このバイクに対するファイナンスを行う会社っていうのが出てきてましたと。でその背景にもなるんですけども、もともと今寺久保さん言われた通り、やっぱりバイクっていうのは販売会社さんというか販売店に行かれて、でその場でバイクを見て、キャッシュで払って、それで終わりというようなモデルが一般的でしたと。でただやっぱりこのアフリカ、ケニアにおいては、そのやっぱ最初のバイクってやっぱ十数万小さくてもするんですけれども、そういったものは買えないという中で、こういったこの日割りだったりとか週割り月割りっていうところのモデルが出てき始めたのが2017年18年と。で我々の競合になるような会社さんが出始めたんですけれども、でそういったところで、サービスを受けれるようになった人もいますと。でただやっぱりこのアフリカのこのなんていうんですかね、こうリスクっていうのがあるので、やっぱり頭金を結構最初に何十%払わないで、そこからさらに漏れる層っていうのもやっぱり一定数いますと。でそういった方々は、自分が知り合いに頼み込んで、バイクお兄ちゃん貸してよとかおじさん貸してよみたいな、でも結局それはもう1年を払っても2年払っても自分の資産にはならないというような状況が常にあってますと。はい、で我々の顧客になる方々は、ちょっと後で説明あるかもしれないんですけれども、そこから漏れるような人たちでもカバーできるように、で真面目に支払えば、ちゃんと最後自分のものになれるっていう、自分のものにバイクができるというようなところを、考えてサービス設計をしている状況になってます。ありがとうございます。ちなみにやっぱりこういった市場の中で、日本企業として事業をやっていく上で、いろんな課題とかあると思うんですけど、横田さんそのあたりはどうですか？これはですね、おこがましながらなんですけれども、オートバイに限らず、日本企業、幅広く当てはまるとは思うんですが、やはりアフリカにまだ直接的な販売チャンネル十分に持てていない企業がまだ多いと思いますので、そういった意味ではやっぱりエンドユーザーさんから直接のその手応えだとか反応っていうところを得る機会が少し少ないのかなというふうには思います。なのでそういったところがあまり次の、サービスや製品への、フィードバックっていうところにちょっと難しさはあるのかなと、いかに、現地のもうリアルなニーズっていうところを吸い上げるかっていうところが、一つ課題かなとは思うんですが、我々もザリビーの契約ライダーさんに直接アンケートとかインタビューとかさせていただくんですけど、答えが割れてたりだとか、なかなかメインストリーム主流の考えってこうだなっていうのが全然あぶり出されてこなくて、多様性って言っちゃうとそれまでなんですけど、そこは非常に難しさを感じているところではあります。なるほど。はい。なんかレンジ補足とかある？今おっしゃってもらったアンケートで、ちょっと答えがよく分かんないみたいなところ少し、これもケニアっぽいなと思うんで補足したいんですけども、ケニア人って、ケニア人っていうのもちょっとだいぶ偏見があってよくないと思うんですけど、結構なんていうんですかね、相手のことをすごく思うというか、思うがゆえに結構嘘ついちゃう方多くてですね、で結構フィードバック市場からもらおうとした時に、そこのキャリブレーションといいますか、彼らが回答してきてる、口で回答してるのはこういうふうに言ってるけど、でも実際じゃあ支払いになった時とかコミュニケーション別で取った時って結構違うことが多くって、やっぱりそこは本当に間違いなのかとか正しいのかっていうのは、解を常に探し続けつつ、やっぱ調整していくみたいな作業っていうのは、これビジネスの醍醐味ではあると思うんですけども、結構やっぱ大変かなと。これが素直によくいかないことが多々ありますっていうちょっと補足だけさせていただきます。ちょっと今話だいぶいろいろ実際ライダーについてお話いただいたかなと思うんですけど、まさになんですかね、アフリカでビジネスやるっていうのも実際そのインフォーマルセクターって全体の 90% ぐらいを占めているようなセクターだったりして、いろんな業界が細分化されていて、それこそさっきの今日の話でも小売店とかも個人のちっちゃいお店がたくさんあったりとか、あとは物流においても個人のドライバー、ちっちゃい物流会社さんとかがたくさんあって、それがうまく線になってないっていうのが共通した課題かなというところで、アフリカのこのライダーもまさにその全体の中のなんていうんですかね、市場で働いている人たちもまさに一人のライダーとして独立している一人の個人事業主みたいな、そんな立ち位置ですよね。実際結構なんていうんですかね、社会的
このインフォーマルセクターだからこそこう社会的に守られてないとか、やっぱり立場が弱いとか、やっぱ保障されてないとか、なんかそういう実態も結構あるのかなと思うんですけど、その辺なんかもし補足がどなたかあったら。そうですね、今回のビジネスを通じていろいろ接種してきてですね、先ほどもあったアンケートとかインタビューとかを通じて、なんとなくこう我々の中でも少しずつ顧客像であったりとか、そこら辺が変化している部分もあるのかなというふうに思ってます。で、インフォーマルセクター、なんとなくこう社会から守られてない弱い人、そんなふうにじゃあその彼らをもっとこう助けるのだ、そういった部分も少なからずあるんですけれども、むしろ彼らはもっとこう野心的に自分が自分のボスになってっていう通り、このバイクを手に入れた後、今度はじゃあ車だであったりとか、今度はまた別のビジネスを始めるのだだったり、結構そういった思いを持っているライダーさんもいるんですね。もちろんバイクライダーしかなれないからみたいな話のネガティブな意見とかも出てくるんですけども、私が見た中では結構な割合が、起業家精神というかそういった形の人たちが多いと思ってます。で、守られないっていうと、もしかしたらこれ日本人の感覚からはずれてくるのかもしれないですけれども、そもそもじゃあ普通に働いててどこまで会社が守ってくれるのか、国が守ってくれるのかって言ったら、やっぱそこら辺は日本人とケニアの人たちではだいぶその差があると思うんですよね。彼らは一番生き延びるのに確率の高い方向で生き抜こうとしていて、その結果が一つ企業の一つとしてのバイクライダー、インフォーマルセクターとしての仕事なのかなというふうには思っています。だから変化した結果としては、そういったまだまだよちよち歩きかもしれないような起業家の卵たちをもしかしたら我々はサポートするというような意識の変化ももしかしたら必要なんじゃないかなというふうには思い始めてますね。はい、ありがとうございます。実際なんかその中でこのザリビーの事業ってなんかどういう人をターゲットにしてバイクを提供しているのか、またなんかその時の条件ってどういうふうに設計されているか。まず条件的なところなんですけど、KYC とかよく言われたりしますけれども、我々が今まずライダーさんに最低限必要だというふうに言ってるのは、当たり前のことじゃ当たり前のことなんですけど、まず運転免許証で、ここが結構、当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、ケニアの運転免許取得率って、一応先ほど数百万人とかってライダーいるっていう話をさせていただいたんですけれども、その中で、多分多くても 20% ぐらいの方しか免許を持ってないっていう状況の中で、本当ほぼほぼみんな無免みたいな感じでやってますと。でその中で、まず運転免許を持っている、そこに意識がある人っていうのは、我々から言うとちょっとリテラシーのある方なんじゃないかと。でそういうふうな方が入るとシャレが良くなるんじゃないかっていう、ちょっと考えのもと、まずは運転免許を、最低限としてます。もちろんやっぱ国としては運転免許必要だよっていうふうな話はしてるので、当たり前のことこれから国の法整備整って国の発展に伴ってそういう規制がどんどんできてくると思うんですけど、まず運転免許を持ってる方で、そこに加えて、先ほど頭金の話したんですけれども、我々も今頭金、日本円でいうとざっくり1万円ぐらいの金額を集めてこれられる人で、ボダボダライダーのこのバイクライダーの人たちの1日の稼ぎって本当に1日幅があるんですけれども、稼げるんだったらやっぱり1日2000円から3000円ぐらい稼げますと。でそこで1週間ぐらいなんとか頑張ればちゃんと自分の、バイクを手にする、チケットがまず手に入るよねと、そこまでまず頑張れる人を、自分たちのお客さんにしようというところで、メインはその2つですね。その他ちっちゃいところでいくと保証人をつけるとか、ケニアだと M ペサっていうモバイルマネーがもう普及率100% 近くあるんですけども、そこのトラクションをしっかり見せるとかあるんですけども、まずは最低限このさっき言ったボダボダライダーの中で、ピラミッドを作るとすると、まずある程度リテラシーの高い方で、お金がでもさっき言ったこと 30%、40% の頭金を持ってして別のファイナンスに行けない方っていうのを、まずちょっと定量的にいくと、ご確認してます。補足あれば。最近バイク運転できる人って加えたよね。要はなんか買ったけど実は運転させてみたら運転できなかったみたいなやつ。そうですね、入れました。これちょっと犯罪チックな話になっちゃうんですけれども、
犯罪というか我々の契約に違反するなるんですけど、我々って今、お客さんが来ましたと。で、平林っていう人間が来たら平林にだけバイクを貸す。で、また貸しをしないでねっていうルールにしてるんですね。っていうのが先ほど申し上げた通り、私たちのサービスの中って保険のパッケージを組んでるので、彼以外の方が我々のバイクを持って事故を起こしちゃうと、でその保証ができないとかっていう問題にもなるので、絶対また貸しすんなよっていう話をしてますと。ただやっぱり自分は自動車免許を持ってないけどバイク欲しいみたいな方もいて、でそいつがもうそこら辺で捕まえてきたやつを、うちの会社に連れてきて契約しろっつって契約して、じゃあお前乗ってみろっつったら、で外に行ったらもう全然クラッチも分かんない、もうエンジンはなんとかかけるだけどみたいな、そういう方がいるので、そういうのは一応最近リクワイアメントに加えてます。そういうのも結構どんどん変えてます。ありがとうございます。実際今いろんな顧客像とか、実際ちょっといろんな、トラブルとかも当然起こると思うんですけど、そんなエピソードとかも含めていろいろ教えてもらったかなと思うんですけど、この現地でこのサービスの価値というか、そのユーザーにとってどういう価値が受け入れられているのかとか、その辺のちょっと話も聞けたらなと思ってます。実際過去卒業してったライダー、僕らこのサービスでいうと17ヶ月ですかね、17ヶ月お金を支払い続けて、そうするとレントトゥーオンでその所有権を付与されると。でそれが自分の所有物になっていくっていう流れだと思うんですけど、実際その17ヶ月をもう経て自分の所有物にしていった人って、結構たくさんいる中で、なんですかね、その人たちからとってこのサービス自体の価値というか、どういうところが彼らにすごく受けていたなというような、その肌感覚みたいなところもちょっと聞けたらなと。じゃあ平林さんかな。我々が現地で行っているサービスで、一種のファイナンスのサービスですと、そうも言える。でユーザーから見ると、実はその同じような二輪ファイナンスの企業さんと比較されることは多いです。じゃあそういった通常の二輪ファイナンスと我々のサービス、どういったところが違うのかというと、当然支払いに対して我々も、支払いが遅れた場合っていうのはきちんと払ってくれというような話はしますが、単純に支払いというよりも、どちらかというとやはりそこを、ライダーに頑張ってもらえるように励ますというか、冒頭で横谷さんから話をしていただいたキーワードとして伴走っていうキーワードがあったように、我々もちょっと一緒になって、ライダー励ましながら17ヶ月走ってもらう、そういったところが我々のサービスの特徴、強みではあるんじゃなかろうかということはずっと思ってはおりますね。はい、ありがとうございます。ちなみに過去卒業していった人の代表的な自分の中に残っているエピソードというか、もしレンジの方で何かあれば。はい、結構一人一人もう思い出深いんですけれども、特に始めた時って最初20人ぐらいで1ヶ月のまずバッジを組んでやりまして、でその中の今10名ちょっとぐらいが、我々今卒業と呼んでるんですけどいますと。で、ちょっと個別具体の話はないんですけど、やっぱ印象的なのはなんていうんですかね、この関西が終わった後にチャットしてくれたりとかで、うちのオフィスに来て最後ログブックっていう車検証っていうんですかねの移行みたいなことをするんですけれども、本当にチャットの中でもこの17ヶ月間一緒に最後まで僕のことを諦めずにいてくれてありがとうみたいなメッセージとかもらえたりとか、本当に自分の知り合いには絶対このサービス紹介するよっていうような声をいただくっていうのが本当にありがたいなとすごく思ってます。でちょっとさっきイメージが励ますっていうのがなんでお金借りてるやつ励まさなあかんねんっていうのが多分もしかしたらあるかもしれないんですけど、彼らが置かれてるこの生活環境というか仕事環境で結構壮絶で、やっぱり事故にもすごく遭いやすいこの道路状況だったりとかで、本当に毎日やっぱり日銭を稼いでやってる中で、自分の家族がちょっと病気になったとか子供が少し入院したとか、もうそういうので本当にすぐ払えなくなっちゃうんですよね。でそういった時にもうあとやっぱ結構もう本当に病気で死んじゃうとかもあったりするので、そういった中でやっぱその彼らの生活状況をちゃんと理解した上で、このお金を払うっていうことにどういう意味があるのか、
毎日支払うっていうことが、自分のクレジットも作っていくしとかで、最終的にはアセットも持てるしっていうところまでしっかりなぜこの払わなきゃいけないのか、ただ払えっていうだけじゃなくってみたいなところはやっぱ単純に我々そういうスタッフのことをデッドコレクターってファイナンスだと多分呼ぶことが多いと思うんですけど、我々一応ライダーマネージャーっていうような勝手な名前をつけていて、でライダーの生活をちょっとサポートしていくような、スタッフの作りにして、コミュニケーションもそういう設計をしてますと。なんでそういったなんていうんですかね、当たり前のことを当たり前にしてもらうっていうところに重きを置いてるですね。ちょっと話若干飛んじゃったんですけど、そういったところが本当に最終的にお客さんからするとポジティブなフィードバックをもらえている要因かなというふうに理解してます。ありがとうございます。横谷さんにもちょっと聞きたいんですけど、実際日本企業、この投資家というかの視点として今多分レンジからの話ある程度すごく現場に寄った話かなと思うんですけど、もうちょっと広く見たときにこの事業の価値というかどんなことが受け入れられているかなっていう、そんなイメージを持ってますか。はい、そうですね、私も店舗に行った時にそれこそ契約ライダーさんがフラッと寄ってくれてマネージャーたちに近況報告してフラッと帰っていくみたいなのを見ると、本当に信頼されてるんだなっていうのは実感するところなんですけれども、この、ビジネススキーム自体について言うとやっぱり冒頭にあったインフォーマルセクターギグワーカーっていう単語がある中で先立つものがないために働きたくても自分で商売ができないという環境に、あった人がですね、このサービスによってまずバイクを借りながらでそれで稼ぎながらで支払いをしながらでそうやって自分たちの稼ぎを得ていくというところがパラレルでというか、最初の一番大きな階段のところをどうにかちょっと下げてあげて、あとは自分の頑張り次第でなんとかなるよっていう機会を与えているっていうところは私はすごく大きなファンクションだと思っています。ありがとうございます。それこそ今の話にちょっと続けてになるんですけど、今まで多分日本の企業さんってこういったどこかの地域に出てった時にその物売りっていうのをある程度前提とするっていうのが今まであったのかなと。で一方でこの事業ってどちらかというと先に物が出てて後から回収するっていうまた違った事業モデルになっていくのかなと。その辺ってどういうふうに見られてます？はい、この事業だけじゃなくて、あらゆる業界で、物売りからサービスに向かっていると、レンタルというのか、もしくは日本でいうとサブスクっていう単語がいいのかもしれないですけれども、世界全体がそういった流れにある中で、この事業は、我々もちょっと今までそこにどうやって、売り方のスキームを転換すればいいのかなと思っていたところに一つの、具体的な事例としてタッチさせてもらっているところは非常に大きな勉強になっていると実感はしています。で従来型の物売りであればはっきり言って売ったらもう回収はもう即座に早い方がいいがもう鉄則で17ヶ月もかけて回収するって何ぞやっていう話だとは思うんですが、特にこれから購買力が伸びるであろう新興国においてはですね、時間はかかるんですけど、それを発想の転換で裏返せばロイヤルカスタマーになってもらえるかもしれない人とのタッチポイントをずっと継続的につなげて持っておくという、ちょっと苦し紛れではあるんですけど、そういった見方もあるのかなと思っています。ありがとうございます。実際日本でもねサブスクって、ここ数年の話だったりもしますし、これから多分アフリカだけじゃなくて他の地域でもまさにこういう後から回収するというか、分割で時間軸をかけてでもタッチポイントはすごく増えていくしフィードバックも直接取れるっていうのは確かにすごく新しいポイントなのかなと、思います。平林さん補足とかあります？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、わかりました。ありがとうございます。了解です。はい。で実際にこの、サービスを立ち上げてそのサービス価値みたいな、ある程度どういう人にこれが刺さるのかっていうのがある程度見極めた上でそのサービスの設計をしてでその価値が受け入れられてるっていうところまで話されたのかなと思うんですけど、実際その事業って単純に価値を届けるだけ以外にも実は裏側の会計だったりとか税務とかそれこそこういった海外の全く
知らない国でのその税制度とかを知りながら事業を作っていくって実は裏側にとんでもない苦労があるんじゃないかなと思うんですけど、その辺もちょっと平林さんもし何かあればコメントいただけると。はい、私のまさに立場とかで言うと、親会社であり、例えばスカイライトコンサルティングの親会社トランスコスモス一部上場企業です、やはりコンプライアンスなり黒いことは絶対にやりたくないっていうところがまずベースにありました。で、事業を始める前にもいろいろ調査はします。現地の弁護士にも調査をお願いして出てきたものをベースに考える、それもですね結構多くのケースでグレーだっていう回答が出てくることも多いんですよね。でその中で、そうするとじゃあ進めるのか進めないのかっていうと、進んでみるしかないっていうこともありました。で税務でいうとこれまた我々事業を開始する前後のところでこのファイナンスリースのその税務上の処理ですね、ここも現地でやっていただいている会計士の方と実はもうずっと検討しながらとか考えながら形を作っています。単純なファイナンスリースというより我々のやろうとしているサービスとあとファーストをベースにしたケニアの税法というところをきちんとこうアジャストして、立て付けなければいけないというところは本当に苦労の一言なんですけれども、それでもやはり守らないといけないところっていうのは守らなきゃいけないので、きっちり対応しています。一方で事業をやっている、森田がすると例えばさっきも例にあった、ライダーが事故に遭いました、入院しちゃいましたと、じゃあ一定期間支払いを止めたいんだという話とかが、出てくるんですよね。そういった場合、そういったイレギュラーなケースでじゃあこれをどういうふうに処理をするのか、当然通常のファイナンスリースだったらこうなっちゃうよねっていうものがありながらザリビーのサービスとしてやっている処理だとさらにこういった処理を加えなければっていうのがつどつど出てくると、そこら辺アジャストしながらもやはりベースとして、きちんと法にのっとってやるということを大事にはしてやってます。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと最後の質問なんですけど、実際なんかこうなんていうんですかね、今日もいくつかのセッションで共通してちょっとキーワードとしてなんか顧客の教育みたいな話が結構出てきたなと思ってます。で実際やっぱりこういったバイクのドライバーに対してもそのリテラシー向上のための教育、顧客を育てていくみたいなことが、伴走で、僕らまさに言ってましたけど必要なのかなと思ってます。で実際その辺のこう運転、例えばこれで言うと運転に関するリテラシーもそうだし、お金に関するリテラシーもそうだし、言ったらテクノロジーに関するリテラシー、その辺も教育をしていかなきゃいけないっていう現実があるかなと思うんですけど、その辺ってこうどういうふうに考えてますか？いやもうおっしゃる通りで、本当にちょっとまたその現場のちょっとことを言われたんですけど、ちょっと改めて現場チックな話をさせていただくと、ケニア人もこれもケニア人って言っちゃいけないんですけど、結構多くのライダーの方が、バイクで人を運ぶのか物を運ぶのかでお金を稼いで、その中から、自分の飯払ったりとか、家賃払ったり子どもの教育払ったりするんですけど、彼らってこう収入がいくらでいくらキャッシュが入ってきて、で手元に最後残るのがいくらなのか、レベニューがいくらなのかとかエクスペンスがいくらなのかっていうことにもあまりにも無頓着な方が多いんですよね。本当になんで結局気づいたらお金なくなっちゃったみたいな、アホかみたいなことが本当によく多くてとか、あとちょっとまたこれはすごいまた角度別なんですけど、黒魔術とかすごい信じてる方もまだ多くてですね、一部でしょ。でも一部ね一部だけ、一部でもそれをでも別になんでお金払えなかったの、いや昨日黒魔術にかかって全部財布持ってかれたんだみたいな、でこっちからすると嘘ってなるところが、うちのスタッフはそうかそれは大変だったねみたいな、納得しちゃうのみたいなものもありますと、っていうぐらいのなんですか、こう全般的にちょっとさっき運転とか金融とかってあったんですけど、そういったのが、お客さんの状態としてあって、でそういった方々でいくと、それこそそもそもでいくとこの我々のサービスを受ける受けないにかかわらず、1万円今日借りました、
1万円を1週間後に返そうが1年後に返そうがそれって同じだよねっていうような感覚なんですね。なのでそこにこう金利の考え方だとか、時間に対するコストっていうことっていうのは彼らもともと結構ない形で、そういったことをちょっと先ほど述べたようななぜお金を返すことが大事なのかっていうようなことを伝えること自体が多分一種のリテラシーのエンハンスメントになるのかなと思ってますし、運転の技術もやっぱりまだ低い方もいらっしゃる時がやっぱ結構あったりするので、その走り出す前に、実際にその運転を見ておかしかったらちょっと言うとか、それこそもうチョークって一つ部品というかあったりするんですけど、それの使い方を教えてあげるとかっていうことも今の時点でやってます。で今後はやっぱりそこら辺を一つのパッケージとして横谷さんもおっしゃってましたけど、せっかくこの17ヶ月間あるんだからこの期間をしっかりライダーとのタッチポイントを作って、その中でもう一つの教育というかそういったパッケージとして、運転の講座なら講座とかでファイナンシャルのところでいけば、そういったらじゃあ他に収入の上げ方ってどうなんだろうねみたいな、こういった例えば今人で結構マニュアルで電話だけ使ってやってるとか、そこでただ待ってお客さんが来たら拾ってる方に対してやっぱ今ある e ヘイリングのアプリ使ってみようよとか、そういったことを結構そのスタッフ任せというかスタッフが常に言ってるんですけど、そういったところをパッケージ化して、どのライダーでも、ちゃんとしたこのリテラシーを得れる場っていうのを作ろうとしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。なんか横谷さんか平林さんか。そうですね、このテーマで言うと今森田が言った、後半のところに出てきたお金を稼ぐところの教育というのはより重視していきたいなというふうには思ってますし、我々のビジネスのためにもさらにもともとテーマを持ってアンカーライトの事業をやってますけれども、彼らがより上のステップというか生活を向上するだったり彼らの夢を叶えるだったり、そういうことに貢献するためにもよりお金を稼げるような手助け教育みたいなところはまだまだできる余地があるんじゃないのかなというところはすごく大事だなと思ってます。はい、実際なんかこの授業ってすごく今日ってなんか手触り感のあるような、なんか現場感の伝わるような話になってるのかなと思うんですけど、実は裏側でそのテックの部分っていうのは実は結構絡んできていて、その顧客管理をしたりとか、この人が例えばレッドフラッグ立つんじゃないかみたいな予測をしたりとかで、実際ライダーとしてはめちゃくちゃテックなことを要求するっていうよりもある程度そのアナログな部分もすごくあって、そのバランスがなんかすごくバランスを取った設計がされてるのかなっていうふうに個人的に感じてるんですけど、その辺なんかもしちょっと一言レンジからあれば。ありがとうございます。ちょっとさっきそれ言い忘れてました。やっぱり今スマホの普及率も 90% とか迫ってるケニアの中で、スマホ自体使える人は増えてますとか、もう TikTok やってるとかっていう人めちゃくちゃいるんですけれども、その中で例えば今お渡ししてるその支払い管理アプリ、支払いというか彼らの関西をどういうふうに見るかっていうのが見れるアプリで、これ自体も結構ちょっと一瞬話飛ばしちゃうんですけど、さっきまともなことをまともにするって話あったんですけど、他の例えばファイナンスの会社さんだと自分がこれまでにいくら払ったかを教えてもらえないとか、過去1週間分しか教えられてもらえないみたいな、サービスって結構よくあるんですね。なので当たり前に自分が今日までに1万円払いましたよねっていうことが分かるっていうだけでもスタッフライダーからするとすごくありがたがられますと。でもそれをやっぱまず使うにあたってはやっぱどういうふうにこの数字を見ればいいのかとかっていうのが分かんないところをやっぱ電話で使ったりとか、実際に足を運んでいったりとかで、そのアプリを一緒に使ってみたりとかっていう、やっぱテクノロジーで補える部分っていうのと、やっぱテクノロジーを使うためにオンボードさせてあげなきゃいけないみたいなところはやっぱりまだ単純にデジタル一本で全部管理しようね、コミュニケーションもオートマチックにボットだけでやろうねっていう、もちろん効率化するところは今後どんどん効率化していこうというふうに考えてはいるんですけれども、今この2023年時点のこの今ケニアのボダボダライダーっていうマーケットにおいてはやっぱりまだマニュアルでオペレーションが必要なところっていうのは出てくるので、そこは本当にお客さんが一番気持ちよくこのサービスを使ってもらえるところを重視して、サービス設計っていうのはやってます。なのでデジタルがあるからデジタルでいけばいいじゃないかなと、お客さんに合わせてどういうふう、ここはマニュアルというかこのアナログのがいいのかで、こちらのはデジタルのがいいのかっていうところをやっぱ考えながら正解を探していくっていうのが大事なのかなと個人的には思ってます。ありがとうございます。じ
じゃあちょっと最後にそろそろ時間になるので、ちょっと今後の展開についてだったり意気込みについて聞かせていただければなと思ってます。それこそザリビーというこの事業をどう展開していくのかっていう、話、あとはホンダトレーディングさんが、アフリカでそれこそ今後さらなる事業探索とかスタートアップと組んだりとか、多分いろんなことを考えられていると思うんで、そこに向けての今後の構想だったり、ぜひお聞かせいただければなと思ってます。じゃあまず平林さんからお願いします。はい、ザリビーというサービス、実は正確に言うと今回今やってるのはザリビーバイクっていうキーワードをつけていて、バイクを対象にしてます。ただ今回我々がやったビジネスで、各ライダーのそのクレジット、どういった支払いをしてくれるライダーなのか、どこまで信用できるライダーなのかっていう人の情報がたまります。さらに当然走行データというものも本当は貯めようと思えばがっつりと活用することもできます。実際には現時点ではそこまでその活用するところまではいけてないので、あえて、きっちり取ってないですけれども、さまざまな情報っていうのが取れる環境がどんどんできつつあります。そういったものを今後活用してですね、ライダーのさらなるそうですね、ステップアップに使ったり、また違った領域に展開したり、さらに違った地域に展開したりというところ、さまざまな広がりを感じているところです。まずはザリビーというサービス、ザリビーバイクというサービスで、きっちりとライダーを増やすというところに注力はしますが、同時並行的にそういった広がりというのはやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。じゃあレンジの方からも。はい、ちょっとお分かるかもしれないですけど、僕結構やっぱ現場寄りの人間なんで、ちょっと気持ちメインになっちゃうんですけど、2つあって。一つは、我々そのキャッチコピーというか、タグラインみたいなのでアクセラレーターパワーオブザカントリーって言ってるんですけど、このサービス自体がやっぱ今いるお客さん、バイクライダーって、約、5% から 10% ぐらいの人口の、シェアを持ってますと。でその方たちって本当に人々の足になったりとか、デリバリーの足になったりしているお客さんたちで、国やっぱ支えてる方だと思うんですね。もちろん他にも移動手段だったりとか輸送手段あるんですけれども、そういった方々をやっぱしっかり支えていくっていうところに資するサービスをまず作っていきたい。でそれが今平林も申し上げた通り、データ使ったりとかで、今日も他のセッションとかで多分 EV の話が出たりとか、ファイナンスの話が出たりとか、ロジスティックの話が多分出てたと思うんですけど、やっぱそういったその企業さんたちと一緒にパートナーシップみたいな、そういう話も結構今進めてるんですけども、そこからやっぱなんですかね、やっぱ本当にインフラが整ってない中でこのサービスをまず掴んで、自分がそのライフステージ変わります。でそこからまた別のサービスに行って自分の生活がどんどん変わっていくっていうところまでを、やっぱりなんですかね、単純にファイナンスでお金儲けしようじゃ終わらずに、最後までやっぱお客さんが、このアフリカの地で、ケニアの地で、自分が本当にこのサービスに出会えてよかったって言えるところまでを、ちょっとすごい青臭いですし、だいぶコンセプチュアルな話なんですけれども、っていうためにもひたすらいろんな試行錯誤と、なんですかね、仮説検証を重ねてサービス作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後横谷さんお願いします。はい、我々ホンダトレーディングの立場としては、やはりご一緒させていただいているアンカーライトさん、ザリビーのサービス、ここの成長というところにまず重きを置いて、で平林さんおっしゃられたように、地理的なのか、業用的なのかどちらもありえますけれど、こちらの拡大っていうところをまずやっていきながら、その先に、我々もさまざまな事業開発を展開していきたいと考えています。で、このセッションのタイトルもオープンイノベーションというところだったので、やはり個社でやれることには限界があるなって実感する中で、アフリカ現地のスタートアップさんとの協業というところも進めていきたいですし、ぜひいい仲間づくりをしながら進めていきたいと考えています。1点漏らしたんですけど、もちろん日系企業の方というか、もうどんどんアフリカに来ていただきたいですし、で一緒に事業をやらせてもらいたいんで、ぜひ一緒にアフリカ盛り上げていきたいと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ皆さん最後に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、というところでですね、今日のセッションすべて、終わりました。本当に今日一日すごい長丁場だったと思いますが、皆さんありがとうございます。今日ですね、フィンテックのセッションから始まって、実際本当にアフリカ各国からスタートアップが日本に来てくれて、で、今回本当にみんな初めて来ると。で、本当僕5年前にスタートアップ支援をアフリカ始めた時って日本から本当誰もスタートアップ現地のスタートアップって支援してなかった時だったんですけど、5年経つとですね、これだけスタートアップが日本に来てくれるような世界になって、昨日夜みんなで居酒屋行ってたんですけど、なんかこう居酒屋でみんながこうご飯食べてるの見ながら泣きそうになるぐらい、なんかすごく世の中が変わったなっていうふうに思ってます。でもこれはまだまだ始まりかなと思ってます。今日アフリカの熱量ですね、僕としてはですね、やっぱりこう今日いろんな人もやっぱり現地に来てくださいって話をしてたと思うんですけど、ぜひ皆さんに来ていただいて現場を体感していただきたいなと思っているので、まずは今回アフリカのスタートアップが日本に来てくれたので、次は日本からアフリカに実際に行く人を増やしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、でクロージングセッションとしてですね、今日皆さんいろんなインプットがあっていろんなことを考えるようなことがたくさんあったのかなと思っております。で、僕らとしてもですね、新しいちょっと挑戦をしようかなと思ってますので、その辺の話をちょっと最後させていただければなと思ってます。で、最後にですね、ちょっと僕らの新しい挑戦として新しいアフリカスタートアップのファンドを作ろうと思ってます。日本とアフリカをつなぐようなファンドになります。で、やっぱり今日いろんな話があった通りですね、こういった新興市場で現地のスタートアップ企業がそのリアルとデジタルっていうものをうまく掛け合わせながら、すごくデジタル経済圏みたいなものを作っているっていうのが現状だと知っていただけたかなと思ってます。で、アフリカのスタートアップがですね、まさに今急成長しながらそんなインフラ、人の生活を支えるような基盤を作っていると、そこに僕らとしてはですね、やっぱり日本からテクノロジーだったりとかアセットだったりとか、いろんな日本ってまだまだたくさんすごく価値があるものを持っているので、うまく彼らとですねそれを組み合わさせて一緒に未来を作っていきたいなというふうに思ってます。で、やっぱり僕らの日本の経済ってどうしてもこれからシュリンクしてしまうっていうのは現実かなと思ってます。で、その上でやっぱり日本から世界に出てって事業を作りに行くってチャレンジは絶対必要不可欠だと思ってます。で、それは僕みたいなベンチャーキャピタルの人間もそうですし、スタートアップとして自ら日本人が行くっていうパターンもありますし、大企業の中からイントレプレーナーになるような人が実際に事業を作っていくっていうこともあると思います。どの人も全て起業家かなと僕は思ってますし、それこそアメリカだったりとかヨーロッパ、いわゆる先進国の市場で事業を作っていくっていうのもありだと思います。で、一方その新興市場で事業を作っていくっていうのも一つの選択肢で、かつ今後人口も経済も伸びていく、そういった市場で新しい価値を作っていくっていうのはすごく僕としては日本がチャレンジしていくまだまだ余力があるんじゃないかなというふうに思っています。なので、その中でですね、一緒にもう一回日本経済が成長するためのそんな原動力となるようなそんなチャレンジをしたいなというふうに思ってます。で、まさにそれがですね、今後たくさん高齢化とかいろんな日本の経済の課題ってまだまだ抱えてると思うんですけど、やっぱり僕も例えば将来的に子供ができた時、自分の子供とかその孫だったりとか、そんな100年先にとってもやっぱり誇れるようなチャレンジをしたいなというふうに思ってます。アフリカのスタートアップが僕すごく好きなポイントがですね、やっぱり100年とか本当にロングタームで物事を考えていて、でそれも今彼らの生活の日々生活しているところにもう圧倒的に理不尽な課題があって、でそれを自分の孫の世代までやっぱり残したくないから、もう誰かがやらないんだったら自分が解決するって言ってアメリカとかからわざわざ帰ってきて起業する、アフリカの人たちがいるわけなんですよ。で、そういった彼らのすごくロングタームでの熱い思いもあり、で僕らとしてもやっぱり日本の経済をもう一回盛り上げていかなきゃいけない、そんなチャレンジをしなきゃいけないっていうのが僕らの義務かなと思ってます。なので、そんな日本の未来に向けて一緒にチャレンジできる仲間を僕も集められると嬉しいなというふうに思ってます。はい。で、
実際ですね、アフリカの中でも、いろんな僕らとしてテーマを持ってます。やっぱり各経済産業を作ってそれを伸ばしていくっていうのが一つ大きなテーマになっているので、日々人が生活したり企業の経済活動で必要不可欠となるいわゆる金融の部分で、実際に物が流通する仕組みですね、本当に必要なものが必要な場所に行き渡るような仕組みを作るとこで、実際その物人が物理的に移動する、そんなインフラを作る、こんなところを次の僕らのチャレンジとするようなテーマにしたいなというふうに思っておりますと。でまさにアンカバードファンドというのもですね、いわゆるカバーされてないまだまだ未開拓な世界を一緒に開拓する、そんな仲間を増やしたくて作ったファンドになってますので、まだアフリカも含めて世界日本チャレンジしがいある場所たくさんあるかなと思っているので、そんな仲間になっていただける方をと一緒にこれから皆さんと頑張っていけたら嬉しいなと思っております。ということで今日は僕の最後の挨拶となります。今日はお越しいただいてありがとうございました。最後にちょっとお願いで記念撮影とかさせてもらえると嬉しいなと思ってるんで、もしよかったらちょっと皆さん壇上の方に出てきていただいて、ちょっと一緒に写真とか撮らせていただけたらなと思ってます。すみません、ちょっと腰が重いところ申し訳ないですけど、ぜひお願いします。ジョンさん、ジョンさん写真撮ります？ジョンさん前に来てください。よかったらどうぞどうぞ皆さん前にお願いします。